邪魔します。大変です。足の冬場が本当にすごい。こんなになんということだ。ひばりちゃんが小さく見える大量の漫画。こうやって見るとすっげえあるな。ウォークインできないクローゼットを頑張って集めましたね。ここまで行くともはやちょっと集めるの快感になってますね。明らかにいらない食婦の。やばい、これボロボロなってる。大事な結婚指輪がどえらい奥から。そんなことある？ 2010 年です。僕15歳とかですよ。欲しいのお母さんだけっていう。逆にお気に入りすぎて履いてないみたいな。なんと7万2000円で売れてます。すごい、また大変なことになってます。大丈夫ですか？物の多さにため息が。ネットで買っちゃったんです。実物揃えた色味が微妙だったっていうのは、これ本当にネット通販あるあるで。どれが好き？全部のつらして。てるさんです。42歳です。3LDK で5人家族で過ごしております。片付けしてきたんですけど全然片付かなくて、長男が寮に入るかもしれないって思うと2年とちょっとしかない、もうちょっと綺麗な空間で5人の生活を楽しみたいなっていう。3日間片付け頑張りましょう。なんでこんなあるだろうなってめっちゃ不思議。家が散らかってる理由って後回しなんですよね。1個買ったら1個減らすってことやっとけばここまでたまらないはずなんですよ。これどう？好きじゃない。今まで着てた服たちだからね、感謝をしながら手放していってます。3日目、おはようございます。古い iPhone がいっぱい。めちゃくちゃもったいないです。買い替えのタイミングで売っとけば、数枚は返ってきた。僕と同姓同名、渋谷直人さんの名刺がある。大量の空箱祭り。もったいない。こんな貴重なスペースを手放しの儀式を行います。容量良くなってきましたね。確実にこの3日間で片付け上手になってますよ。椅子も捨てちゃいましょう。俺も捨てます。このデスクも分解します。という感じでこれ手放します。いいね。長男力持ち。なんということでしょこれ全部ゴミ？う。ゴミです。すごい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 。眩しい。眩しいっすね。本当にモデルルームみたい。本来こんなに美しい空間だったんですよ。こうやってお子さんと遊べる空間もできました。3日間にわたる物減らしコーチングお疲れ様でした。お疲れ様でした。最高ここ。ということで今日も物を減らしていくんですけども、今回お邪魔するのはてるさん42歳の男性で 4LDK の5人家族のご自宅になります。ということで早速応募動機を読んでいきます。もともとの白を基調とした家をまっさらに戻したいという思いは以前からありましたが動けておらず、嫁から渋さんの情報を聞き自ら動画を拝見しモチベーションが高まった。さらに女性の依頼が多いということで男性からのご意見依頼も珍しいという観点から渋さんにさらに一つ男性からのご依頼を受けていただければと思いました。仕事上デザインクリエイティブ関連をしており、本来整理しないといけないはずの身の回りが整理されておらず、さらに独立を考えている中で目の前の無意識に来る視覚的情報が多いのも感じており、事業を考えていく上でも足かせになっていると動画から感じました。いろいろな観点から白をデザインしていくことを第二のクリエイターとしていくことを考えております。まずはそのクリエーションをお願いできればと思いますという非常に男性らしいシンプルな応募動機。実は僕のこの物減らしコーチングという企画も9割以上が実は女性からの応募で、男性も出てるんですけど大体女性の方から応募があって、それでね家族で片付けるみたいなことはあるんですけども、そう実はですね男性からの応募は珍しいということと、やっぱなんか応募メッセージもねシンプルというところで早速ですねてるさんのお家に飛び込んで背中を押していきたいと思うんですけども、動画本編に移る前にお知らせです。概要欄のミニマリスト支部の公式 LINE がリニューアルしました。もっと物を減らしたいということはぜひ登録してくださいということで、無料の登録で13個のプレゼントがあります。YouTube 未公開視聴者お片付け動画5本、コーチングで減らし終えた人との対談動画50本、手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト思考が深まる渋の言葉50選、物別35種類捨て方ガイドブック、全10色スマホが片付く壁紙アプリアイコン画像400個セット、 AI の支部に相談できる AI ミニマリスト支部など、特典の配布は予告なく終了することがあります。というか過去にも何回も停止してきたので受け取り本当にお早めにということで、動画本編にどうぞ。こんにちは。はじめまして。ミニマリスト支部です。おはようございます。田畑と申します。田畑さん、よろしくお願いします。ということで、この度は YouTube の方を申し込んでいただいてありがとうございます。いただいたお部屋の写真とか、書き込みもチェックさせていただいてまして、ちょっと改めてなんで申し込もうと思ったのかな、ちょっと動機をですね、教えていただきたいです。もともと、うちの嫁さんが渋さんの YouTube 見てて、僕はちょっと片耳立てながら見てた中なんですけども、今年、来年をめどに会社作ったり事業を考えたりとか、そういったところをしてる中で、なかな
なかこう頭が整理されてないなっていうところはまず感じてまして、家にいる環境、リモートで仕事やってるってのもあるので、そういったところが第一っていうところと、あと子供も3人いて、2人はこうバスケをやってるんですけども、バスケをできる環境をやっぱりしっかり作ってあげたいなっていうので、それこそ素敵な書斎があったので、元の建築がすごいおしゃれなのに、本とかこう積み上がってるのすごいもったいないなと思ったので、そういう意味ではちょっと本来の姿を取り戻してもらいたいので。ここが悲しい状態なんですけど、パントリーで、で、ここもウォークできない状態です。で、ここが僕がもともと書斎のつもりで作った、廊下兼書斎みたいな形で。ではお時間いただきありがとうございました。失礼します。お邪魔します。お待ちしてました。はい、ということで、今回お邪魔しますのは、てるさんのご自宅でございます。はじめまして。はじめまして。渋さんに会いたかったです。こちらこそ、今日いろんな意味で楽しみにしてたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、早速片付け前のルームツアーをさせていただこうと思いまして、ここが玄関になります。はい。そして玄関のすぐそちらにですね、早速物がいっぱい詰まっているので、ちょっと簡単な紹介をお願いします。パントリーですね。はい本当はこう食料とか綺麗に並ぶ想定でいたんですけど、子供のものも増えてきたり、なかなか収拾つかない状態が数年続いてまして、整理してるつもりでも整理されていませんでした。はい。もう本当に靴もいっぱいはみ出ていてですね、そのまま中失礼します。大変です。足の冬場が本当にないということで玄関のすぐ横に、素敵なパントリーがあるんですけども、メタルラックとかで高さをつけて上から下までびっちりで、ここには灯油だったりお米のストックしかり、ここには靴が置いてあったりっていうので、靴箱兼パントリーですがぐちゃぐちゃになってるっていう状態ですね。あとはここにはね、資源ゴミが置いてあったりとか、そしてこっちにも扉がありますね。じゃ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 ん。お、ということでここからなんとキッチンがお出迎えこういうのがね日常的ということで、ただ今パントリーって話があったので、そのままキッチンつながってる感じですね。マイホームですごく使いやすい動線になってるのにちょっともったいないですね。そうですね。はい。じゃあここから失礼させていただきますという感じで、キッチンはこのように冷蔵庫、電子レンジ、そしてゴミ箱などお酒もあったり、神棚もあってっていうので、鍋が確かにここに使ったまま置いてありますね。そして551の豚まんのミニチュア紙袋、これ美味しいですよね、551の豚まん。もう551はもう僕はもう地元が神戸の方なんで、もうしょっちゅう食べてます。すごい、こんなミニチュアの紙袋があるんですね。そうなんです。いろんなご自宅で紙袋を捨ててきたんですけど、このミニチュア初めて見ました好きだったら飾ってもらってもいいんですけど、飾り以外もいろいろ日用品がごちゃごちゃしちゃってるという状況でして、でこっちにはですね、雑多に、コーヒー豆だったり水筒だったり食べ物も置いてあって、あとそのまんま下にはですね、食器だったりガスボンベ、ここもね水筒があったり、整理されてるようでどちらかっちゃってますね。今お母さんもいらっしゃいますがね、やっぱり忙しくなるとね、置きっぱなしになっちゃったりしますよね。はい。でキッチンは主に主人の方が使ってて、ああ、なるほど。料そう理を僕は基本作りをおお。作っておりまして。洗い物をメインでこっち作るメインなので、そういうできてるようでできてない。できてない感じですね。はい。なるほど。じゃあここは結構旦那さんが使ってることが多くて、今こういう風に。そうですね。男らしい感じになってます。それこそ料理が好きなのであれば、なおさら片付いて使いやすくしたいとはい思いますし、今回ご依頼いただいたのは旦那さんのてるさんから申し込みフォーム記入いただきまして、旦那さんがちょっと率先して片付けやりたいという。はい、そうですね。はい。そしてやーだっていうのでお子さんもいらっしゃいます。号泣してます。こちらの子、お名前はひばりって言います。ひばりちゃん。ちなみに今何歳でしょうか3歳ですね。？3歳のお子さんもいらっしゃいます。ということで、そのまんまこちらがリビングになります。素敵な家具もあったり、暖炉もすごくいいですね。おしゃれ。そしてもうクリスマスが近いということで、今日12月2日なのでね、しっかりちゃんと飾ってますね。でも僕本当に物が多い家庭いっぱい片付けてきてるので、ひな人形とかクリスマスツリーが物置で眠ってて、使いたいけど出せないですみたいなご家庭多いんですけど、ちゃんと出せてますね。はい。でも出せてないのもあります。そう、こちら買ってると出すのも億劫ですもんね。というので、素敵なツリーだったり家具もあるからこそですね、片付いてないのがもったいないなということで、あっちにお子さんの部屋があるかな、これ。ここがリビングですね。なんかこっちはキッチン。ダイニング
ニング。まあ、リビングとしては機能してなくて、はい子供のスペースというか、バスケもやってるので、バスケでここで練習したりとか。ここで練習してます練習の時だけ押し込んでます。おー、バスケットボールがあります。ちなみに僕もバスケ部でした。あ、そうなんですね。中学高校バスケ部で両方とも1年しかやってないです合宿でめっちゃ走らされて、それで吐いてやめました。ここはなのでお子さんのおもちゃだったり、まあバスケットボールもあったり、まあリビングだけど基本お子さんが使うスペースになってるのかな。はい。まあ、あそこにはですね、ちょっと雰囲気だけ、バスケットの写真とかもあったりして、あとシューズだったり、おもちゃなどがあるという状況と、あとこっちを見ると、お子さんの服がかかっていたりしますね。で、こちらから見ると、あっちにダイニング、キッチンがつながっていて、まあ、この階段周辺ももう物で埋まっちゃってますね。まりさんの遊び場です。そうですね、ちょうどちっちゃい子の遊び場ということと、まあ、見てもらっての通り、まだ上の子が2人いらっしゃいますかね。はい。というので、まだ上の子もいらっしゃってて、学校から帰ってきたらまた会えるので、楽しみにしてます。続きまして、あっち、水回りがありますね。というので、ここが洗面所、洗濯機とかもありますね。すごいでも素敵な水回りですけども、ちょっと雑多にいろいろ生活感はありますね。ここも家族5人分の歯ブラシが。まあでもこういう風にかけてあるのはすごい使いやすくていいかなと思うんですけども、まあ、こうどうしてもてるさんの使ってる整髪剤だったり、まあここなんか無印良品の収納とか使って、まあ、極力スッキリ見せる工夫はしてあると思うんですけど、まあなんかどこか生活感はありますね。まあ剥き出し置いてあるものもあったり、あと一部収納ボックスがちぐはぐだったり特になんかこう建築がおしゃれだからこそ、ここら辺が安っぽくなっちゃうとなんか際立つってなると思うんですけど、まあでもここら辺も含めてもちろんスッキリするようにちょっとアドバイスもしていきますので。ちなみに洗濯機は今壊れてます。そう、なんか洗濯機がだいぶ古いやつだなと思って、これ式二層式なかなか見ないタイプ。気に入って使ってたんですけど、2年経たずに本当に2週間前ぐらいに壊れちゃって、結局検討して来週届きます、ドラム式が。お、ドラム式が。渋さんと同じパナソニックの。お同じやつ。僕と同じやつはもう多分新品では販売がされてないから、なんかより白くなったやつが SD ドラムシリーズみたいなのがいいですよね、多分。そうですね。ここは近々ドラム式になるそうです。はい。届いた時のカードをここに貼っておきます。じゃあそのまんまお風呂場行きます。じゃじゃじゃん。ああ、まあお風呂場は綺麗かなと思いますね。初めて綺麗って言われた。なんで綺麗かと思ったかっていうと、お子さんが3人いらっしゃるから、大体おもちゃとかがごっちゃに置いてあることが多いんですけど、そんなにお風呂場でおもちゃで遊んでないからですかね。そうですね、まあこの子ぐらいなんで。なので、ここはまあ唯一とか言ったらあれなんですけど、パッと見て綺麗だなと思いました。よかった。大体物が多いご家庭でも唯一トイレとお風呂場だけはまあ綺麗かなっていうのはちょくちょくあります。奥側、あちらのお部屋はこちらはトイレです。トイレがあるということで、はいその説が合ってるのか見に行きましょう。じゃんじゃじゃじゃん。あなんか、ちょっと、って言っちゃったもんね。そうですね、お子さんが多分見てるのかな。新幹線全駅のマップがあって、学校のスケジュールが貼ってあったり、こっちは漢字が貼ってあったり、まあトイレに座るとこんな感じなんですけども、僕からの目線はこのようになっております。なので、情報過多な感じは正直あります。まあでもね、トイレにいる時間もちりつもで長いからですね、こういうところでまあ漢字の勉強できたりするといいとは思うんですけど、こういうのって貼ってるとあるのが当たり前で見なくなりますよね。どうですか？どうですか？私は見てる方なんですけど。ここは見るかな。まあ、ただなんか、これ本当に全部見れてるのかなっていうので怪しいので、あもう少し厳選してもいいかなと思います。あとは、お子さんのトイレだったり、トイレットペーパーのストックがここに積んであるという状況になってます。で、そのまんまトイレを出て右ですね。こっちの方が問題かなというので、階段下の収納かな？季節物の扇風機だったり、浮き輪などなど。あ、こっちにトイレットペーパーがあるのか。すごいストックの仕方してますよね。ひばりがあー遊ぶ場所になってて。で、お子さんは何でも遊びますからね。なのでお子さんが遊んだ形跡がここにありますけども、よーく見ると隙間におもちゃが入ってます。というので、ここにトイレットペーパーのストックがあったり、カバンなどもあるという状況になってます。そのまんま階段登って2階に行きます。ということで階段登って、まず左の道に行くと、早速もう通路に物が積まれてあって、ちょっと通りづらいですね。こっちは綺麗ですけど。というので、ここがですね、じゃじゃん。ここはなんだ？倉庫。そうですね。そう。物置になってますね、この部屋がない。
本来は子供部屋として作ってるんですけども、まだ使ってないので、使ってないものを放り込んでる場所です。触っても変わらないから大丈夫です。確かに。多分、せめて少しでもずらして、綺麗に見せようっていう、意識の高さを感じられますが、僕からすると、ただの悪あがきなので、蓋付きは物を移動させることじゃなくて、減らさないと綺麗にならないということで。ということで、ここはなので、未来の子供部屋ということで、まだ使われてないので、物が溜まっちゃっています。ということは、まだお子さんが2人いらっしゃるので、他にも子供部屋があるのかな？子供部屋として使うつもりの部屋があります。お、了解です。未来の子供部屋が物で埋まってるという状況で、他にもあるそうなので、行きましょう。という感じで、続きまして行くのが、もう一個の通路ですね。そしてもう目の前に扉があります。じゃじゃじゃできない。ウォークインできないクローゼット。すごい、もう上から下までギュギュギュッと物が詰まっていて。ちなみにこれは、玄関のパントリーにもあったメタルラックですね。もうとりあえず困ったらメタルラック置いて、高さ作って積んどくかっていう、一番最悪のその物が増える悪循環入っちゃってますね、これ。しかも申し訳ないんですけど、メタルラックも結構そんなにうまく配置されてるわけではなく、ここはすっごい使いづらくなっちゃってて、しかもあれですね、これフォロワーズボックスって、ドリップの堀口さん、平岡さんのところのボックスですよね。僕もコラボさせていただいた、YouTuber さんというか、どっちかというと、ものづくりされてるクリエイターさんなんですけど、同じドリップっていう会社が作ってるハンガー、ワンガーっていうのを僕も使ってて、そこの収納ボックスですね。素敵な収納ボックスなんですけど、僕はこれをもう片捨て減らしますので。という感じで、ここにいっぱい物が、もう服から寝具、シーツなどなど雑多におもちゃもいっぱい積んでありますし、ここあれですかね、未来の子供服に当たるものも。そうなんです。まず一番下に3歳のひばりちゃんと、10歳小4の、お兄ちゃん。と13歳の中1の男の子。男の子。そうですね。なので男の子2人と女の子っていうので、女の子は多分上がいないから、お下がりをたっぷりいただいて、それをストックしています。子供服ってね、すぐサイズアウトするし、何気に値段も高いしですよね。なのでここに未来の子供服たちが溜まっちゃっております。で、そのまんまこちらから右ですね。おー、すごい。もうなんか、すごい古いアップルの懐かしいこれ。まだ厚みがありますね、iMac に。あります。本当だ。すごい。なんかこれはこれでレトロなプレミアだ。初めて見ました僕、このパッケージ。多分1990年代とかですよね。近いですね。渋さんも生まれてないかもしれない。僕95年生まれなので、僕がまだひばりちゃんと同じ年ぐらいの赤ちゃんだった時の外箱。だって iBook ですからね。MacBook じゃないですから。すごい。ちなみにこれは中に入ってます？入ってます。じゃあ空箱ではないと。処分しようと思って整理してて。じゃあ捨てる覚悟は決まってるが、処分がめんどくさくて残ってる。はい。という感じ、早速もう通路が外箱でちょっと塞がれちゃってますが、そしてここからが、じゃ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 ん。おー、大量の漫画、ワンピース。ワンピース関数が多いからですね。もう110何巻ありますよ、多分。大量に漫画があります。そして漫画だけにとどまらず、いろいろこれは、なんだ？モノレールの模型の作りかけ。ですよね。そう、モノレールの趣味もあるなと思ったのと、長男が電車好きなので。あー、なるほど。長男のおもちゃに当たるものかながあったり、こっちにもですね、いっぱいあります。でもここすごい素敵な空間で、よく見るとこっちからですね、吹き抜けで、なんとキッチン、ダイニングも見えるということで、それこそここにまた iMac があったりしますけども、本来ここって書斎ですかね？おっしゃる通りです。もともと僕はここでも仕事をしてました。してました。かっこいいですね。はい。子供が大きくなって通路として邪魔になってきて、ここで仕事は邪魔になったっていうことで追い出されてる。コロナの時に2人でここでデスクトップで仕事して並んでる時期があって、で、ちょっと私は隣が嫌だなと思って映ったりして、ここで喋られると全部家全体に声が響いちゃうので、それも嫌なので今そっちの奥に行ってもらってます。了解です。じゃあそのままあっちの奥に行きましょう。まずここもまた部屋がね、ちょっと2つに分かれてますが、じゃあそのまんま左側ですね。ここが、なるほど。ここになんか最新の薄くなった iMac が出てきて時代を感じますけども、ここが現在の書斎ですね。
というので、そっか、iMac2 台体制だからキーボードが2つ、デュアルディスプレイで繋がってるとかではなく、それぞれ使ってるので、マウスとキーボードが2つあるという状況ですね。ちなみにすごい、iMac2 つ体制ですけど、なんかどのようなお仕事を？グラフィックだったり、ウェブだったり、動画だったり、そのクリエイティブ関連の仕事をしてます。そうですね。なので、クリエイターですね。はい。そういうこともあって、パソコン2台体制でお仕事されてるということで、だからこそもったいないですよね。お家が散らかってる状態が。そうなんです。クリエイターだからこそ散らかるっていう側面もあると思うんですよ。よくある、有名な学者とか研究者の部屋が散らかってるみたいな話って、あれは、物が散らかってることによって思考が分散されるんで、逆に分散されることによってアイデアが思いついたりするから、意外と天才クリエイターとかに散らかってるみたいな話もある一方で、散らかってると今度思考の整理ができなくなるから、ちゃんと片付けるときには片付けないと、思考が今度ぐちゃぐちゃになりすぎてっていうのもあるので、お申し込みいただいたっていうところもありますしね。そうですね。やっぱり視覚的情報が多いと、どうしても頭の整理ができない。整理もできないし、物がごちゃごちゃで集中力持ってかれて、生産性も落ちる、集中力も落ちるっていうところもあるので、だからこそクリエイターのテルさんには片付け終えてほしいですし、こっちにも物がいっぱい。なので、こういった感じで奥の方も今物が、せっかくスペースがあるけど、もう物置でも中途半端に隙間はあるみたいな状況になってて、これちょっとちゃんと片付けて使えるようにしたいですね。はい、したいですね。で、息子の N ゲージが、N ゲージっていうのはさっきの鉄道とかのこういう模型というかレールですよね。そういったものが置いてあったりすると。あとここは何でしょうか、ちなみに。これも N ゲージの、手作りでジオラマを作る、駅を作ろうとしていたところでした。ここすごいですね。でも自分でこうやって木の板買ったりして、すごいクリエイティブなお子さんになってますが、こっちもなんと Amazon の段ボールが、ここのマークだけでわかりますもんね、Amazon って。しかもちょうど今動画撮影してる日がAmazon ブラックフライデーやったりね。なんか買いました？買ってないです。おー、よかった。買ってはないが、過去に買った Amazon 段ボールが積み上げられてます。ちなみにここ何が入ってたか覚えてます？おじいちゃんが作ったジオラマが実は。はい。すごいリアルにちゃんと木とかが再現されてるが、もうこぼれ落ちちゃってますね、葉っぱが。じゃあ Amazon 購入品が入ってるわけではないっていうので、鉄道系のアイテムがいっぱいお家にあるなっていう印象ですね。なのでここも未来の子供部屋にしたいとかあります？そのつもりで、考えてます。なるほど。なのでここは片付けて未来の子供部屋にしていきましょう。そしてそのまんま、こっちですね。こっちにもお部屋がありまして、クローゼットがあって、やばい、またフォロワーズボックスがもうぴったしシンデレラフィットで詰まってます。そしてこっちには服が上と下でかかってて、謎の棒はあるけど、これは天井の。はい。なるほど。あれは、こっちですね。天井の窓の、開けるための棒ですね。そして、ここには、大崎、品川、田町、浜松町、新橋っていうので、ここのラインが好きなんですか？息子が山手線乗った直後に作ったやつ。なるほど。思い出で作ったやつ。思い出で、そして交通広告 .com 広告が貼られてますね、ここに。電車のドアにモニターあるじゃないですか。行き先とか。はい。あれを紙で再現してるっていう。かわいい。そうですね、電車の上の広告をここで作ってるっていう。もう将来は鉄オタですね。いや、バスケット選手らしいです。そうですね。バスケットと鉄道も好き。もうほんとその2つですね。うちの長男は。長男はもうバスケと鉄道が好き。そして何気なく、今僕の目の前にはですね、これ競馬じゃないですか？これはお仕事で矢作厩舎というレジェンドの人の仕事をした時にいただいたカレンダーです。これはお仕事でのいただき物。よかった。なんかお父さんが実は競馬大好きで、競馬関連のグッズもいっぱいあるのかなとか。違う。やってきたことはないですね。なるほど。うちはお父さんが競馬好きだったんで、もういつもテレビで競馬流れてて、お金をね、ドブに流してたんで、いつもちょっと安心しました。ラビスタぐらいですね。ですね。玉の娯楽としてやっていただいて。あと気になってるのが、ここにすごい懐かしのレトロゲームがあったりして、ですね。レトロゲーム好きですか？うちゲーム機ね、スイッチとか持ってなくて、そもそもテレビゲームやるならファミコンからやれよっていうことで、ファミコンを最初買ったってことで。すごい。逆にレトロなものから。原点からこう、遡って。ちょっと最新のゲーム買う気もないですよね。ないっす。別にね、バスケとね、鉄道が好きだったらね。一応たまに使ってるのかな。いや、もうほぼ使ってないですね。そして他にも Wii のリモコンがあったり、さっきあっちにね、外箱あったの僕は見逃せなかったんですけど、ちょいちょい古いゲーム機もあったりします。そのまんま、こっ
ちですね。じゃじゃん。寝室マットレスが綺麗に。ここだけミニマリスト感というか、綺麗にちゃんと畳んでありますね。なので寝室はここで、寝るときにマットレスを置いてっていうので。そうですね。はい。なので、ベッドとかは使わずにもう畳んで収納してっていう。すごいスッキリ。ここはなので寝室として作ったスペースということで、よかった。ここはそんなに物がない。最低限ちょっと使うものはありますけど。ということで、全部屋見させていただきまして、片付け前のルームツアーはこれで終了です。はい。ということで、今から片付けを進めていくんですけども、その前に自己紹介となぜ申し込んだのか、今抱えているお悩みと物を減らしてどんな生活をしたいのかお伺いしたいと思います。ということで、まず、てるさんの自己紹介をお願いします。てるさんです。年齢は42歳です。職業はクリエイターをやっております。主にグラフィックデザイン、ウェブデザイン、動画だったり、あとブランディングだったり、そういったことをさせていただいております。家の間取りは 3LDK で5人家族で今過ごしております。ありがとうございます。続きまして、お母様ご年齢だけお伺いしてよろしいでしょうか。43歳です。なので、お二人とも40代の夫婦ということで、改めてお子さんが上から13歳、10歳で、この子が3歳です。という感じの5人暮らしとなっております。じゃあ続きまして、なぜ申し込んだのか、今抱えている悩みを教えてください。もともと嫁さんが渋さんの動画をずっと見てて、興味を持ってたんですけども、年齢も40に差し掛かってきて、仕事もちょっといろいろチャレンジしていきたいなっていう中で、やはり今の部屋の状態だと視覚的情報も多く、やっぱ頭の中が整理できる。だったらもう見るだけじゃなくて、やってみなきゃいけないかなと思って、今回応募させていただいたら、まさかお声掛けいただくとは思ってなくて、今この場に座っております。すごくもうちゃんと申し込んでいた理由が、仕事にも集中していきたいというところと、思考の整理のためにも片付けたいというところで、結構僕の片付け企画って、それこそこういう子沢山でご家族の人数が多いと、それこそやっぱりね、お子さんが物散らかしたりとかもあるから、シンプルに部屋をきれいに片付けたいっていうご要望が多いんですけど、それだけではなくて、てるさんの場合は特にご自身がクリエイターで、仕事にも集中しなきゃっていうところから申し込んでいただいているところにちょっと熱量を感じて、しかもこのマイホームも本来物が少なければすっごい洗練されたシンプルな空間のはずなのに、それが活かせてないっていうので、もったいないなと思って、本当に竣工時の真っ白くて綺麗な状態にもう一回戻したいなと。しかもこれって多分もともとそういう僕の部屋とかシンプルな空間に憧れて申し込んでくれたっていうくらい、根本のところはそういうシンプルなデザインが好きとかね。そうですね。やっぱり自分の仕事の表現する部分でもやっぱシンプルなデザイン結構表現してることは多いので、それがなぜ家で出てきてないんだっていう話が。これちょっとてるさんの仕事の一部なんですけど、こんな風にすごいシンプルなデザインで作品作りされてるのに、片付けに応用できてないっていうところで。でも僕まさに片付けってデザインそのものだと思うんですよ。そうですね。僕実は2冊目の本手放す練習っていう本を書いてて、一番最初の目次のところにデザインとは飾ることではなく削ることであるっていうことを書いてるんですね。本の目次って一番伝えたいことを作者詰めるんで、それを目次に書いたくらい片付けはデザインであるってことを書いたんですよ。で、デザインって言葉の語源って D の部分は削る、でサインを示すっていう意味で、削って示すっていうようなところが言葉の語源としてあったりするから、ホームページとかだったらボタンの数が多すぎるとどこを押していいかわからなくなっちゃったりとか、飾りすぎると視点が分散しちゃうから迷子になっちゃいますよね。そうですね。そうとか、例えばもっと言うとアップル製品とかはね、すごくよくシンプルミニマルデザインだって言われますけども、当初今までガラケー時代っていうのは物理ボタンがいっぱいあって、操作も分かりづらいというところから、もうホームボタン1個で直感的な操作ができて、機械に詳しくない人でも簡単に操作できるみたいな、これがデザインの語源である、削って示すっていうところ、っていう意味でも僕は片付けはデザインの要素があると思ってるし、僕がこの片付け企画できてるのって物を減らしてかつ何を残すかっていうところを結構デザインの要素あるなと思って楽しく続けられてるんですけど、すごくデザイン思考がある方だからこそお家も綺麗に片付けてほしいなと。なので今後それこそお子さんも大きくなってきて子供部屋が必要になったりとか、仕事をねまたちょっとより一歩上のステージに行くためにもちょっと片付け終えてほしいなと思います。
ということで、またお母さんに持ってきていただいたんですけど、ちょっとお子さんがね、やんちゃしながらになると思いますけど、ちょっとお母さん側からも片付けに対する思いとか聞いたらいいなと思って。この子を産んで仕事を辞めて片付けられるかなって思いながら、渋さんの動画見ながら片付けをしてきたんですけど、全然片付かなくて、あと長男がバスケで高校進学はもしかしたら寮に入るかもしれないって思うと、残り過ごすのが2年とちょっとしかないなと思ったので、確かに短い意外と。はい、なのでもうちょっと綺麗な空間で5人の生活を楽しみたいなっていう思ってます。そうですね。残された時間がそう多くないので、片付けも頑張りましょう。はい。もうね、ひばりちゃんがすごい急にね、カメラ回って、もう元気になってるよ。そのエネルギーをね、ぜひ片付けにも使ってほしいところですけど。ということで、ひばりちゃんがやんちゃしておりますが、家族の思いは消えなので、3日間片付け頑張りましょう。じゃあ、頑張ります。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに、概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。ということで、まずは服からですね。お伺いしたところ、まだお母さんの方が服がやや多いかなっていうところと、もともと僕の動画をね、見てくださってて、ということもあって、僕の動画見てくださって片付けてると思うんですが、片付けてきたつもりなんですけど。で、こちらがクローゼットになりまして、こちらと夫婦2人はどのように仕分けされてありますか？左右でこんな感じで分けてます。こっちが主人で、こっち私側です。まず僕、服から減らし始めるのがおすすめの理由としては、もう服って減らした翌朝からコーディネート選びが楽になって変化を感じやすいっていうのと、クローゼットって大体寝室とかリビングに直結してることが多いので、クローゼットが片付くと、季節物の家電をクローゼットに入れ込めたりとかして、クローゼットが片付くとそのまま芋づる式で部屋も綺麗になってくるっていうので、まずクローゼットから減らすのを皆さんにお勧めしてます。ちなみに他の部屋とかにお母さんの服ないですか？ないと思います。ならバッチリです。結構ですね、服多い方は特に実はクローゼットに全部収まってなくて、あっちかっちに塗り散らかしてあるみたいなものとかあったりするんですけど、今回お母さんはもう全部ここにあるということで。なので一旦まずですね、すべての服全部出したいので、上の服出しちゃいます。これなんか入ってない。本当だ。これなんと空箱です。しょっぱなからスペースの無駄遣いだ。これもだいぶ軽い。ここがお母様の箱だったんですけども、ここは水着だったり、雑多に季節の服が入ってたり、何が入ってるか思い出せませんでしたね。だいぶここ怪しいと思います。で、あとここにお母さんの服かかってるので、一旦全部カウントしましょうか。数えてみたら、ここに28着と着てるもの合わせたり、下にあるもの入れても30ちょっとかな。だと思うので、意外と少ないです。多分本当僕の動画を見てるし、夫婦2人の服がここに全部収まってる分には少ない方だと思います。決してそんな広いクローゼットではないので、たださっき見てもらったの通り、箱の中に何が入ってるか思い出せないみたいなものもあるので、まだ絞れると思うので、もう一着一着手に取りながら、少しでもいるかどうかで迷ったら教えてください。もう僕の片付け動画ではもうとにかく迷ったら捨てるっていうのを徹底してもらってます。理由としては、持ってるスマホ捨てようとは思わないと思うんですよね。ないと困りますよね。とか、どうだろう。今着てる服ってお気に入りですか？っていう風に今日も撮影の日に着てる服なので、結構とっておきの服だと思うんですよね。っていう風に人間っているものに対しては迷わないんですよ。逆に少しでも迷うってことはしばらく使ってないとか、なくても困らないとか、デザインが好きじゃないとか、っていう風にその違和感がいらないことの答えになってるので、迷ったら減らすっていうので、早速、じゃあ一着一着ちょっと手に取りながら僕に少しでも迷ったら教えてください。正直言うと、一応僕もいろんなご家庭行って、最低60着以下にしてくださいと言ってるんですよね。60着が一旦の合格ライン。一般的な賃貸の、よくはこういうクローゼットの横幅に全て吊るそうと思ったら大体60以内にしないと収まらない。60以上あると大体衣装ケースが必要になったりとか、結構管理も大変になってくるので、まず片付け始めた人はまず女性であれば、60着以下だったら一旦合格みたいな。で、そこから40着以下だと、結構少ない。クローゼットもスカスカになってきて、服もすぐ選べるし管理も楽。で、20着になるともうかなりストイックっていうような評価をしてるんですけど、女性に対しては。なので30なので、結構少ないです。そういうこと。
ただまあ今みたいに多分迷う服とかいらない服もあると思うので減らしていこうとは思ってるんですけども、はい早速1着目このグレーの服、こちらはいかがでしょうか。これはちなみにこれはちょっと、はい早速一発目からなんかうん迷うような、迷う。まずね迷うってことは、まあ、僕からすると、まあ、ちょっと手放してもいいんじゃないかなとは思うんですけど、これなんで迷いますか。襟元の薄汚れが取れなくて。で、まあ、パジャマで使ってるみたいなんですけど、最初は多分おしゃれ着で使ってましたそう、ね。最初おしゃれ着だと思って。おしゃれ着で使ってて言わせてでききてて、パジャマ行きになってっていう、そう結構ですね、これ形で進めていくとみんないらなくなった服をじゃあパジャマにしますとか部屋着にしますっていう風に違う使い道を考えるんですけど、これから先減らしていく中でもし捨てようと思った時にやっぱパジャマにしますとっていう風に違い使い道考え始めたらアウトと思ってください。まあパジャマであればやっぱ専用のもの買った方が僕はおすすめです。やっぱり着心地がいいものとかちゃんとあったりするし、っていう意味でもまあこれそうですね、結構ネックよれてきてパジャマ扱いしだけども、あとサイズがちょっと大きすぎて合ってないかなっていうので。じゃあこれは手放していきましょう。はい。これもパジャマで迷ってるそうなんですが、なんでこれ迷いました。色がいまいちだったので、これも多分最初はでもおしゃれ着で買ったのかな。そうのつもりでネットで買っちゃったんです。でも持ってた色とちょっと違かったのでパジャマとして着てましで、た。なるほど、ネットで買ってイメージと違ってパジャマとして使ってたけどっていうので、はいまあだから要は2軍のものをそのままパジャマに回してるって感じになってますよね今。で特に良くないのはやっぱり僕服に関しては極力通販はもうおすすめしないです。やっぱ僕もいろいろ形できてみんな捨てる時にこぞっていうのはやっぱ通販で買いましたっていう。そうやっぱり通販でそもそも試着もしてないからサイズが思ったものと違うとか、まさに画像だと発色よく見えるのに実物届いた色味が微妙だったっていうのはこれ本当にネット通販あるあるで、まあ、そういう意味でも極力やっぱり無駄な買い物したくないとか服減らしたいっていう人は絶対実店舗に行って試着するのがおすすめです。というのでじゃあこれはもう大丈夫ですね。はい。続きまして、これもオンラインショップで買っちゃったユニークこれも通販で買って迷いました今。着てますの。まだ1回しか着てないんですけど、買ったばっかりで。渋さん僕着たいなと思って。黒の僕に憧れて黒のこれはまあ今ちょっとシーズン外ですけど来年も着たいですか。もう今シーズン着たいと思ってて。じゃあこれは今から着るのに残す。ちょっと2つ、まあ、入園式とかで着る予定の服が2つ。おばあちゃんの着てたものを着てたりしてたんですけど、合わせようかなと思って取っといてて、このノーカラーのジャケットに、まあ、このおばあ様からいただいたブラウスを合わせられるかもなと思って撮ってて、はいまあどうしようか、一般ちょっと重ねてみましょうか。うんっていう風に迷ったらこういう風に重ねたり試着して、まあ見た感じはまあどっちもいけそうではありますが、取っといてもいいですかね。あ、いいですよ全然全然他は少ないので、まあ、それよりはもっと下の服とか減らした方がいいかなと思って、まあ一旦じゃあこれ取っときましょうか。ちょっと着てないかまあ、着てないかもっていうキーワードが出たので、これは冬のコートですね。まあ、ピーコートかなこれ。もう今からのシーズンですけど、ちょうど。これは着てない。最後に着たのいつか思い出せますか。去年、去年は着たけど、どうですかね。まあでもちょうどもう今着れますもん、全然。けど着てないってことで、今から着たいですか。出番なさそうな気がします。ということで多分これは残しといても多分着ないと思うんで、手放すのがおすすめなんですが、これなんで着ないかなと思いました。単品では色が好きなんですけど、合わせにくかった。合わせにくかったっていうキーワードが出たと思うんですけど、服はまさにトータルコーディネートで考えるの大事で、単品で可愛くても自分が持ってる服と着回しづらいとかだったら絶対着なくなるし、で今一斉に服を見てる理由でもあるんですけど、もう服はとにかくちゃんと着回し考えながら片付けないと絶対失敗しますし、まあ、今みたいにちゃんとやっぱ理由深掘ってみると他の服と合わせづらいっていうので、これなので多分もう取っといても着ないので手放していいと思います。これ20年前ぐらいに自分で作ったやつなんですすごい自分で作ったんですよこれ。すごい。最後にちょっと着たなるほど、そういうのもあってちょっとそういうのもあってなんか思い出もあったって思い出もあったけど、渋さんが来てくれたからそうですね、今が人生で一番手放せるタイミングだと思ってください。そうこういう風にカメラ回しながら片付ける機会ってね、ないと思うので。おー、素敵な。じゃあ、学生時代服飾とかも服飾の学校に行ってましたが、すごい素敵な自作だから、まあでもそうですね、もうこれ絶対カットせずに使うんで、まだこれちゃんと動画で思い出としても残ってるので、だからこれは結構だから思い出もあってちょっと捨てづらかったってところですよね。そうですね。ちなみに今使ってる冬のアウターとかどちらになりますか。あれかな。はい、これですね。今使ってるのが同じようなピーコートですね。結構こういう襟のついたピーコートが好きっていうのがはい。わかりますね。今使ってるのがこっちなので、もうこっちは手放すというこ
元からね、30着ぐらいで少ないですけど、もうすでに4着減らせてるので、だいぶ出てます。4着減らすだけでもだいぶね、スカスカになってくるというか、探しやすいですよね。って感じで上は見終わりまして、続いて下の段ですね。これがいらないかっていう感じで今手放すデニムが2つあって迷ってて、こんな形の、ストレートのデニムとこっちが太めかな、こっちワイドの太め、同じ色味なんですけども、これ見てどっち着たいと思いました？太めの方がいいかな。今子育てもされてるからこう動きやすい太めの方がいいっていうのもあると思うし、トレンド感的にも太めの方が今時な感じではあるので、こっち残しましょうか。はい。こっちの細めのストレートのパンツは手放すっていうので。で、吊るしてある服は全部見終わって、これですね。こちら見ましょう。この記憶がなかったボックス。着なさそうですね。おばあちゃんシリーズ。おばあちゃんシリーズ。確かに時代感はありますね。僕から見てもこれ明らかにサイズ合ってないだろうなっていう。ただおばあちゃんからもらった思い出っていうのでちょっとね、残してたとは。そうなんですよね。ここ思い出のものに当たるので、どうしてもちょっと捨てづらいものがあった時にはこう写真撮って手放すのをお勧めしてるんですけど、はい絶対撮っておきたいっていうんだったらもちろん思い出のものだから全てするとは言わないんですけど、もしなんかもう迷うくらいのものだったら写真撮って手放すとかすると、最悪物として形はなくても思い出そのものは残せるので、思い出のもの手放しづらい人はぜひ写真撮るとか、あと今後多分アルバムとかそういったものも出てくると思うんですけど、はいアルバムとかになってくると今度一枚一枚写真撮ってると大変だから、もう動画で残すとかお勧めします。動画をつけてそのまんまパラパラめくったりするとすぐ記録に残せるので。という形で思い出の服なので、こちらは写真に撮って手放していきます。続きまして他ありますでしょうか？これも入ってない。この箱ほぼいらないはずなんですよね。上に追いやってるだけっていうので、クローゼットにかけるほどのものでもないしみたいな感じだと思うんですよね。まだね、スペースがあるのに置いてあるってことだから、さっきみたいな思い出のものとして撮ってて、着てはないとか、着るほどの服じゃないみたいなものがあるのかなと思うんですけど、こちらは、もう入ってない。もう履いてないデニムですね。はい。これはじゃあもう手放してやつ。はい。これなんか残してた理由とかあります？なんか。まあ、別に着てないし、別に捨てる理由もないから取っとくかみたいな。そうです。基本人間って特に強く意識しない限り現状維持を選ぶんで、着ないなと思っても捨てようっていう確固たる意思がないと、基本的にじゃあ残しとこう。特にマイホームだからそれなりに広いから置けちゃうからですね。というのもあって残してたと思うんですけど。ここから先はもう迷ったら生活変えるぞっていう強い意志持っていただいて、もう現状維持ではなく捨てるっていう方向になっていただいて。逆にここにいるのあります？もう逆になしこれ多分今のところ全部捨てることになりそうなんですけど、本当ですね。このストッキングだけあれば大丈夫。じゃあもう他は全部いらないですね。いらないですね。はい。という感じでここほぼいらなかったです。でもこういう場合はまさにもう捨てるものを選ぶんじゃなくて、残すものだけ決めて他捨てるってやった方が早いですね。明らかにいらないゾーンだったんで、早速フォロワーズボックスが1個減った。僕もいなくなっちゃうんだ。箱も捨てます。へ特にこれ、もちろん全ての収納箱を捨てるわけじゃないんですけど、中身が見えない収納なんで、すっきりはします。でそれこそね、ドリップの2人は本当にデザインセンスがいいから、すごい素敵なおしゃれな箱を、ここにね、番号を書いて割り振ったり、名前を付けてっていうのですごい、整理収納を徹底的にやりたいっていう人にはこれすごくいい箱だと思うんですよね。中身も見えないからすっきりするしっていうので。ただ、今回はもう極力物減らしてすっきりさせたいっていうのと、やっぱ意識しないとすぐ、あんまり整理収納は得意ではないし、したくないですよね。ってことであれば、おすすめの収納は、中身が見える透明の箱だったりとか、中身見えちゃうからごちゃごちゃするのが嫌って人は半透明のものとか使ってあげると、中身は見えつつちょっと生活感を隠せたりするので、なので物が増えがちな人とか、整理収納苦手って人は、極力物減らしてそもそも収納を使わないのが一番。でその上で必要な場合は、半透明か透明の箱を使うっていうのがおすすめで、これはまだちゃんと管理できてるのでいいんですけど、上から見えるし、極力こういう中身が見えない箱使っちゃうと、物が溜まりがちになりますね。じゃあこれは減らしちゃいます。はい。フェローズ。フェローズか。フェローズボックスだ。ちょいちょい間違ったと思うんですけど、フェローズください。というので、今もここの中チェックしてもらって意外といらないものがあったりしたので、あと、これだけ靴下だけこの箱に入れてあったりするので、全部これに統一しちゃっていいかなと。多分減らせば入る。そうですよね。という感じで、ここ減らして必要なものを詰めたらもうこれ空になりました。これも開きました。おー、すごい。これも空になりました。はい。しかもちゃんとファイルボックス、シールが貼ってありますね。もう全部貼りっぱなしですね。
どん剥がしてもいいかなと思います。特にこだわりなければ。はいすぐこんな剥がれるんですか？簡単に剥がれます。あ本当だ。シールの後残りしそうみたいなそうので。そうそうそう。無印のはそうなんですよ。こんな綺麗にしっかりしたテープなんで。それこそね、お父さんのてるさんとかは視覚情報にごちゃごちゃするっていう話があったんで、何気ないことですけど、こういうのはどんどん剥がして、極力スッキリ。せっかく無印の美しい箱なのでですね。という感じで、じゃあ1個減らして、この3つで答えました。という感じでお母さんのクローゼット全部見終わりました。すごい手にいっぱいの不要品たち。こんだけパッと見少ないと思えるクローゼットでもこんだけね、いらないものが出てきましたし、あれを減らした分ですね、こんだけの空箱ができました。すごいですよ。1、2、3、4つ。めっちゃスカスカになってます。はい、というので、お母さんの服が早速減らし終わりました。もうすぐ終わりましたね。あっという間。あ本当だよかったです。素晴らしい。なんかこう減らしてみての反省点とかありました？あやっぱりなんとなくのものは結局使ってなかったかな。まあ、元から30着程度だったんで少なくはあったんですけども、まさになんとなく取ってるっていうものだったり、まあ、残してる服に関しても、お子さんがいたりして、もう汚れちゃう前提だから、もうちょっといい意味で服にあんまりこだわらなくなっちゃってるっていうところで。でもそうですね、なんかこう逆に残した服たちの共通点とかありました？そうですね動きやすくてパンツであ、そうですね、パンツスタイルが好きでとか、動きやすくてとか、っていうのがまあ、今お母さんが大事にしてる価値観ってことですね。はいまあ、減らしたものは結構こうなんとなくで取ってるものとかおばあちゃんからもらったもので着てはないけどもらって捨てづらいみたいなものがあったと思うんですけど、さっきの話と重なるんですけど、まあ、人間現状以上選ぶからですね、特段別にまだ置けるしっていうのでなんとなく取ってたものがあったと思うんですけど、でも減らすとですね、保管スペース無駄に使ってもすごいもったいないですよね。はいなのでちょっと明日からね、服選びがすごく楽になると思うので、また明日も変化聞かせてください。はいということでお疲れ様です。はいありがとうございます。というので、お父さんの出番です。終終わったの？わりましたよ。もうすぐ終わりました。嘘。一応二人に話聞いて、まあ、お母さんの方が服が多いからっていうので、先にお母さんから始めたんですけど、もともと30着程度だったんで、ああ、そういうことか。うん多いと言っても。まあでもそんな方でも結構意外と減らせるものあったので、お母さん、こんだけ減らせてます。おお、懐かしがこれ、とうとう処分するのだ。おばあちゃんからの。もうてるさんもご存知だったんですね。はい。で思い出のものも写真撮って手渡したりして、クローゼットもすごくスッキリしました。おお、すっきりしたね。わかりますよね。うん。特に上がありません。開きましたね。特にこれ皆さんクローゼットを片付けるときに意識してほしいことで、上に置かないのをとにかく徹底するときすごい綺麗に見えます。ファッションとかでもよく腕時計とかネックレス、ピアスとかアクセサリーにお金使いみたいな話聞きません？あ、聞きますね。まあそういう極端な話、別にトップスとかユニクロとか安物使っててもいいから、先端の部分にはお金かけろ、こだわれって話よくあると思うんですけど、まさに人間ってその先端の部分に視覚がいくので、クローゼットにおける先端っていうのが、この上の部分なんですよね。なるほど。だから上の収納ボックスがなくなるだけでも、すごいこうスッキリして見えるっていう。続きまして、旦那さんの服行くんですが、旦那さんの服が入ってるらしい収納ボックスがまだ残ってるので、これを減らしていこうと思います。じゃあ、次はひばちゃん、お母ちゃんとこ行っといで。よーい、ドン。というので、お母さんにバトンタッチで。ということで続きまして、はいお父さん、てるさんの番で、もうどのように減らすかなんですけども、もうとにかく迷ったら捨てです。はい。もう僕の動画いっぱい見てくださってると思うので、はい頭には入ってると思いますが、はい。早速。あるんだけどあ、まだあります？実はあるみたい。ここだけじゃなかったみたいです。いきます。あ、この部屋にもなんと隠し持ってた。絞ってた忘れてましたもしかするとお母さんの服も途中出てくるかも。出てくるかもというので、片付け前はとにかく家中にある服全部固めます。なるほど。ということで、まだまだ服ありましたので、一箇所に固めます。ということで、こちらにある服を全出しします。これ私だ私のも出てきました。あ、出てきました。お母さんのも出てきました。お母さん2つ出てきたよ。お、で、ちなみに、あそこまで片付けて、これの存在が思い出せてないという時点で、僕からするとこれはいらないものです。実際これ見てほしいと思いました。もうこれ大丈夫です。もう大丈夫ですって感じで、この箱も含めて、一旦全部空にしました。こうやって見ると多いね。お、ということで、意外とこうやって見ると多いねっていうので、服を今、季節ごと、機能ごとに分類しました。これがボトムス、夏物、冬物、春秋っていう感じで。ちょうどですね、今、冬に差し掛かって、今年の夏とか春秋に着なかった服を見ていこうかなと思うので、じゃあ夏いっちゃいましょうか。はい。こちらは、来てました。
来てました。はい。ただ、いるかいらないかは微妙なんです。微妙と思ったら手放したやつだと思うんですけど、これなんで微妙と思いました？まずヨレヨレになったっていうのは、これはちなみに仕事で作った T シャツなんですけど、なるほど。その気になればまた買えるので。大丈夫です。ちょっと話それますけど、アーティスト活動してる人とかが物販 T シャツ手放すときに結構みんな迷うんですけど、そういうのを手放したからってそのキャラクターだったりアーティスト、ここで言うと、そのブランドっていうのかな、が嫌いになったとかそういうわけではないですからね。じゃないです。むしろ育ててほしいと思ってるので。それとでも自分がそのものとして持つかっていうのは違う話なので、これは大丈夫ですね。はい。お子さんはどこでも遊びますね。これをアスレチックのように。なので、ひばりちゃんのわんぱくも楽しみながら、一緒に片付けてもらいつつ、こちらはこれも実は仕事で作った T シャツで、サケンロール。これは知ってますか？これは捨てません。じゃあこれは残しで。はい。なので逆に言うと、てるさんの持ち物っていうのは、ちょっと仕事関連で増えたものも多いっていうのが実情でありますね。例えば、よくテレビマンの人とかも結構そういうスポンサーからもらったとか、なんか仕事関係でもらったみたいな結構多かったりするので、結構それに近いのかな。そうですね。はい。あと、そして全体的に、特徴としてやっぱ、裏返して干してますね。お母さんもそうだったと思うんですけど、裏返した方が乾くから。色あせないかなっていう。表にしとくと色あせないからっていうところで、これは本人のこだわりだと思うんですけど、これ仮にやるとしても、クローゼットにかけるときにはもう表にしといた方がいいですね。パッと見どんな服か分かりづらいっていうのもそうだし、裏返した状態が服に吊るしてあるのってシンプルに美しくはないですよね。美しくないですね。なので、今後は、別に表にして干してもそこまで極端に変わらないかなとは思います。どうなんだろう、裏返すと色あせしづらくなるっていうのは、そこまで効果があるのか。そうなんですよ。このね、裏返しってそれこそ、多分これ洗濯するときもちょっとめんどくさいですよね。家族みんな、私以外全部裏返して脱ぐんですね。洗濯カゴに入ってる状態が。なるほど、なるほど。はい。それを表に返すのがめんどくさくなっちゃって。じゃあさっきの建前というか、色あせないようにって言ったけど、実際は家族のみんなが裏返して干してるからこうなってる。だから家族がズボラだったって。今後はできたらちゃんと裏返さずに表でやる方が絶対着やすいし、吊るしてて美しいのでお願いします。こちらも普通の黒い T シャツですけど。はい。これはいらないですね。穴開いてますし。穴開いてる。これ穴が開いちゃってます。穴が開いてるの分かっても取ってるっていうのは、これなんで捨てなかったんですか？家着として普通にずっと着てたっていうだけです。なるほど、なるほど。でももうこれ以外にも部屋にありますよね。そう、もうあると思います。はい。これ穴開いてるのは着たくないと思うんで、美しくないと思うので、これも手放します。というので、残したものが T シャツ3枚とタンクトップが4枚。で考えるべきは洗濯の頻度ですね。洗濯はどれくらいの頻度で回せてます？毎日だと思います。極論言うと、2枚でも回るんですよね。毎日やってるけど。でも、余裕持って、3あれば足りるかなと。タンクトップが4枚あります。なんで、ここは1枚絞ってもいいかなっていう感じそうですね。それで言うと、これがいらないです、ね。これが。で、この3つあれば十分ですね。はい。じゃあいいでしょう。夏服はこんだけ。いいですね。肌着入れて、6なんで、だいぶ少ないかな。T シャツ4枚減らしてますね。じゃあ続きまして、春秋のもの。こちらは。いい値段で買ったんですけど、結局ちょっと自分にあんまり合ってなくて、あんまり着てない。そうですね。ちょっとこう、まさにって迷ってるもので、かつ、値段が高くて捨てづらいっていうね。これはすごい気持ちとしてはわかるんですけど、でも本当に着てないっていうのがもう答えですね。これちなみに買ったのはいつ頃ですか？2年前ぐらいですかね。2年前で、ちなみにここが開いてるんですけど、これそういうデザインだそうです。これは全部染め物なんですよね。全部結構ハンドメイドで。そうです。素敵なデザインだと思うんですけど、こういう時に考えるべきは、同じお金払ってでも買い直したいかってことですね。これいくらぐらいしたと覚えてます？ 2万ぐらいしたと思います。おー、結構する。2万円。でもこれ仮に同じ値段でこれ買い戻したいですか、今？いや、同じものは多分買わないかもしれないですね。そうですね。2万出して買いたいとは今はないですね。そうですね。と思ったら手放した方がいいです。うん。これがもしまたボロボロになってて、でもこれまた2万円出してでもまた同じの買いたいと思ったら残していいんですけど、そう思えないと思ったら手放してほしいです。今の好みに合ってないとかね、あると思うので、これはじゃあ手放しですね。これは着てたんですけど、もう着てないですね。最後に来たのはいつか覚えてますか？覚えてないです。1年は全然着てないですね。着てないですね。それこそもう今ちょうど冬で、春秋杉まさきが着てないですもんね。うん。それ何が理由で着なくなりましたこれ？合う服がなかったんですよね。さっきもお母様が単品で見ると好きなんだけど、合う服がなくて着てないっていうのを知ったんだけど、それに近いですか？はい。であればこれは手放しで。はい。続きまして、こちらのパーカーはいかがでしょうか？これは今もう絶賛着てますので。着てますね。はい。こちらもグレーのパーカー。これも着てます。なので、今、連続でグレーのパーカー残したし、今もグレーのパーカーです実はもんね。そうなんです。なので、てるさんはグレーのパーカーが好きっていうのも、結
傾向としてありますね。で、こちら、ニット。ほとんど今着てないですね。そうですね、なんか、唯一のニットなのかな。そうですね。結構カジュアルなパーカーとか好きそうだなっていうイメージあったので、僕もこれ見た瞬間、なんか着てなさそうだなと思ったんですけど、なんで着なくなりましたか？単純にちょっと冬首元がやっぱパーカーとかである方があったかくて、もうそれで着なくなったかな。なるほど。そこの言語がすごく大事で、まあ別に嫌いとかでもないんだけど、そのパーカーの首元があると暖かいとか落ち着くとかっていうのは、まあ意外とテルさんが大事にしてることの一つなんで、まあニットってなんか暖かいイメージあるじゃないですか。はい、あります。でも、テルさんにとっては意外と首元が開いてることの方が寒く感じたりとかされるから、まあフード付きのパーカーある方がよく着るっていう。はい。まあなので、ここで考えるべきで言うと、まあ服に限らず持ち物を選ぶときに僕、機能美のバランス取ってくださいって言うんですよ。うん。おしゃれで美しいんだけど、首元が寒いとか、シワになりやすくて洗濯がめんどくさいとか。で、どんだけ美しい服も洗濯が面倒だったり管理が手間になると着なくなりますみんな。逆にみんな一軍になるような服っていうのは、美しくてかつ機能性がいい。デザインも好きで洗濯しやすい。防寒性があってとか、軽くてとか。っていう風に、機能と美、どっちかに偏ってるものっていうのは絶対着なくなります。で、逆に軽くてシワになりづらくてとか、機能性はいいんだけどダサいとかっていうのも着なくなります。っていう意味で言うと、これは多分デザインはまあ当時別に好きで買ったと思うんだけど、首元が寒いっていう機能面で欠けてるから手放すことになってるんですね。商品パッケージとか作るときとかって、やっぱおしゃれにしようと思ったら文字とかをね、細くちっちゃくとかした方がスマートになるけど、今度視認性が悪くなったりするから、店頭で目立ちづらいとか、どんな商品か分かりづらいとかね。で、そこのバランスを取っていくのが多分デザイナーさんのお仕事だと思うんですけど、まあ、服にも同じようなことが言えます。というので、じゃあこちらは手放して。じゃあ続きましては、コーデュロイのジャケットですね。こちらはこれはもう着てないですね。着てない。最後に着たのはもうコロナ前かもしれない。ああ、じゃあもう4、5年着てないことになりますね。これなんで着なくなりました？まあ、もスタイル的にちょっとこう合わないというか。まあ体型に合わなくなってきちゃった。そうですね。残す服考えるときに考えるというのは、まあ迷ったらまずは色、素材感、サイズ、あとシルエットとかですね。このあたりで考えると分かりやすいです。色はどうですか？色は好きなんです。素材感、コード類はどうですか？あったかくてよかった。機能性どうですか？シワになりやすい、軽いとか。そもそもジャケットっていうのが肩こる。そこがまず一つ着けない理由の一つだと思います。まあなのでこう、生地が重いとか、ジャケットでちょっとタイトなシルエットになってると肩こりやすいから着なくなるっていうのも、まあ分かることですね。しかもちょうどやっぱもう4、5年経つとやっぱ人間の趣味思考も変わってきます。ライフスタイルも変わってくるし、まあ当時はもしかするとかっちりめの服が必要だったかもしれないけど、まあ今は在宅が増えて、例えばあんまり営業とかかっちりした場所行かないからもうパーカーとかで良くなったとか。やっぱ4、5年経つとそういう風にまあライフスタイルや趣味思考も変わってくるので、やっぱ定期的に物減らすっていうのが大事ですね。じゃあこれは手放していきます。はい。そうっていうので、物減らすのって最高の取捨選択の訓練です。こういう風に物減らして片付けて、一個一個自分のこう残した者たちに価値基準持たせられると、多分仕事とかにも生きてくる。そうですよね。続きまして、こちらダウンジャケット。これはもう愛用しておりますので、あったかいし、今その肩こるっていう部分ではもうかなり重いんですけど、やっぱ1月2月の一番寒い時に一番機能的なので、これはもう愛用してますね。いいですね。というふうにもうこれとか見た瞬間にもういりますってこう即答したと思うんですけど、まあそういったものを残すですね、今後。まあ今後服買う時とかはこれくらい熱量を持って、めっちゃあったかいからとか、語れるものを残していきたいですね。という感じで、吊るした服は全部見終わって、最後、上に積んであったボックスですね。もうこれは正直言うと、上に置いてある時点で使用頻度低いだろうなとは思うので、怪しいとこなんですけど、ちょっとこちらも一旦全部出しましょう。ここにはマフラーだったり、靴下だったり、未使用のヒートテック。これもユニクロのタグがありますけど、これ未使用の下着ですね。これが箱の中身全部ですね。ということで、こちらはいかがでしょうか？パッと見たときに、逆にここから必要だと思ったものだけ教えてください。はい、これとこれです。あとまあ新品ですよね。だから逆に言うと、これがあるからこれはいらないってなる。そうですね。まあ着るとしたらもう新品やし使った方がいいと思うし、もうここに関してはもう明らかにいらないものが多そうだなと思ったので、いるものだけ残してもらいました。いらないものが多い時っていうのは、捨てるものを選ぶんじゃなくて、今みたいにいるものだけ残す。で、それ以外は捨てるってことをやった方が早いですね。やっぱり片付けって何を捨てるかじゃなくて何を残すかなんですよ。っていう観点で言うと、まあ最初はちょっとあそこら辺は吊るしてある服だったから、まあ一着一着確認して、いるいらないってやってたんですけど、できるだけも早く終わらせるためにも、いらないものを探すんじゃなくて、逆に必要なものだけ残して、あと捨てるっていうその思考の方に切り替えてもらった方が絶対いいです。ここも手放しちゃっていいです。
ね。はい。マフラーとかもそうですね。てるさんってパーカー好きだから、基本フードついてるから使わないですよね。そうそう。っていうのがやっぱね、クローゼット見てもわかるんですよ。っていうものがやっぱ残ってるので、今後はなのでも、マフラーとか買わなくてもいいだろうし、はいあと一応反省点としては、新品の2つ買いましょうか。これいつ買いました？去年ですね。来年に備えて安いから買っとこうとかですか？おそらくそんな感じで買ったかもしれないですね。買った時に使うというか、ボロくなったから買うとか、なんかちょっと買うタイミングがちょっと早いかもっていうところですそうですね。っていうので今後はなのでもう極力古いものはストックせず、買ったらすぐ使っていただいて。ということでこちらも空になりました。今日これ捨てるの3つ目です。ということで見直しが終わりまして、こっちがいらなかった服、こっちがいる服っていうので、3分の1ぐらいは減りましたね。はい。いらない服がいっぱいあったので、こちら残した服をクローゼットに戻します。お、美しい。そうですね。何もない時は美しかったんです。いや、でもここに残した服たちが少数生で飾ってあるのすごい美しいと思いますよ。何よりも、もうお母様があそこまで綺麗に減らしてくださってるので、あとはお父さんが綺麗にするだけ。はい、ということで全ての服を戻しました。すごい。上の箱もゼロになりましたし、全ての服がここに吊るしてあります。すごいスッキリ、スカスカです。数えてみましょうか。何着あるか、ちょっと全部数えていただきます。1、2、3、15。上が15。下は1、2、3、4、5。と、6、7。ということで、てるさんの服は22着ということで、おー、少ない。だいぶ減りましたね。減りましたね。元の服、ちょっと後で数えますけど、おそらく10着以上は捨てますもんね。お母さんも減らした結果25になったんですけど、2人とももう夫婦でそれぞれ20着ちょっとずつっていうので、合わせても50ないぐらいなんそうで、ですね。だいぶ少ない、すっきり。素晴らしい。これはもう見てても美しいクローゼットになりましたね。明日からもう服選び迷わなくなると思います。そうですね。いやー、めっちゃいいじゃないですか。でももしかしたらもっと減らしてもいいかもしれないですって思っちゃう。思い始めました。思っちゃうぐらい。そのさっき渋さんがおっしゃってたように、本当にこれを着たいとか、これ欲しいっていうものを買えば、もっと減らせそうな感じがしますね。そうですね。一旦まずはいらない服を減らすってところを始めましたけど、うん今後また服がね、こう劣化したりとか、買い替えていくときに、おすすめは今後ワンインワンアウトっていうので、1個買ったら1個手放すっていうのを徹底してもらいたいし、もっと減らしたい人は、2個手放してまでそれ欲しいかみたいな。考えてもらって、で、今後もう数少ないから、量より質で、質重視の買い物も全然してもらって、すると、さっきみたいにもう、質のいいものが少数あるっていうような状態するともっと減らせると思います。いや、それを目指したいですね。おー、いいですね。勉強になりました、すごい。なんか楽しいって言ってもらえた。そう、すごい楽しかったです。僕の片付け企画って、結構みんな涙しながら減らしたりとか、減らしづらい、しんどいみたいな、でも乗り越えなきゃみたいな、結構自分との戦いっていう感じの片付けが多いんですけど、てるさん結構楽しみながらやってるなっていうのが。自分の頭がクリアになるから、すごい、どんどん楽しくなってきましたね。いいですね。そうそう。やればやるほどどんどん楽しくなってきます。もう早速変化感じてると思うので。そうそう、もう本当形に見えると余計に楽しくなるし、もっとやりたくなってきますね。素晴らしい。僕、片付けで短期集中で一気にやろうっていうのを言ってて、で逆に1日1捨てみたいなちょこちょこやらない方がいいって言ってて、その理由がこれで、まさに一気に片付けると変化感じて楽しくなる。多分今までこんなにクローゼット全部出して片付けたことないと思う。ないっすね。なんかちょこちょこした片付けはあったと思うんですけど、それにあんな形で一個一個テーラードジャケットの一つ手放すにもあそこまで理由考えたことなかったと思うんで。いや、ほんとそうですね。どっちかっていうと買う方が先行してる感じありましたよね。ということで、クローゼットは完璧です。はい。ありがとうございます。ということで、ご夫婦の服は減らし終わったので、続きましてやるのが、カバン、靴の順で見ていきます。ということで続きまして、カバンです。で、もう今、いる服は分かってるので、カバンもですね、やっぱりトータルコーディネートで着回しも考えつつですし、多分ね、旅行用、仕事用とかいろいろあると思うんで、そうですね、ここから迷ったやつあったら教えてください、2人とも。これは、ちなみにさっきこれあれですね、書斎の物置き場にあったやつですね。はい。もうこれは新聞使ってない。買ってはいるんですけど、はいもうリュックにしたくなってきているので、使い勝手としてはちょっと弱くなってきたので、迷ってるところでした。そうですね、しかも使い勝手がってことで言うと、これ重いですよね。重いです。本革でいいカバンなんですが、結構ずっしり重量感あって。なんでこれいかがでしょうか？もう大丈夫です。大丈夫ですし、はいなんか今お母さんが靴に関しても革は手入れしない。手入れしない。結構ズボラなタイプですね、服に関しては。イエス。そこまでまめになんかケアしながらとか、一着一着丁寧に着るタイプではないですもんね。そうなんです。
デザートとかってこうオイル塗ったりクリーム塗ったりとかね。しないですしないでね。すね。そうですね。なので今後はまあ本側のものはあんまり買わないようにっていうのが反省点としてある。うわ他迷った服ありますか、それぞれ。私これとこれはお母さん。あ、お母さんお母さんからいただいたポーチのコーディネートがどうしていいかわからなくて、あんまり使ってない。そうですね、コーディネートがわからないって話で言うと、もう今残した服たち25着もね、頭に入ってると思うんですけど、もう着回し思いつかないです。思いつかない。と思ったら手放しときですね。はい。これはまあ一緒に使ってるのでね。これは夫婦兼用で、はい。いいですね。まあこういうふうに夫婦でシェアするとか、カップルの方とか同棲してる方はこういうふうに兼用したりすると数減らせるので、これはいい使い方ですね。これに関してはもともと嫁さんのものだったんですけど、うんうんでそれを僕が使ってたんですけど、うん使わないでって言われてこっちを買ったんですね。はい。であも結局使っていいよ。使って扱っていいんだ。お父さんはこれボディバッグが好きってことですね。はい。こういうボディバッグが使いやすくて、この2つは使ってると思うので、はいじゃあこの2つあれば大丈夫。あ、もう全然大丈お父さんはカバン2つだけっていうので、これはもうかけちゃいましょう。夫。これどうやってかけるんだ。こうか。それと、そのままネックの部分からかければいいです。あ、こういうことか。なるほど。基本はなんで今後、服もカバンも全部吊るしていただいて、で、お父さんには靴下と肌着全部これに置いてもらってます。で、今後ですね、もう少し床下スッキリさせたいと思ったら、吊るす収納っていうのがあって、こういうクローゼットの部分に吊るせる収納ケースみたいなのがあるので、それを使って浮かせてあげると、もうちょっと下が開いて掃除もしやすくなります。なるほど。一旦はこれで仮置きでいいと思います。使ってたけど、これもいいかな。これ使ってたけどってキーワードが出ましたけど、これなんでいらないと思いました？結構使い込んで。確かにちょっとくたびれてる感は正直あります。こっちよく使ってて、こっちでもいけますから普段。ってなったら、じゃあこっちはもう手放しても大丈夫ですね。という感じでお母さんに関しては、この3つのカバンがあれば大丈夫ですね。はい、というのでですね、すごいスカスカになりました。という感じで夫婦2人の服が厳選されてすっきりしたクローゼットになりました。多分3分の1以上減らしてますね。どうですか、この減らしてみての感想というか。この家建てて引っ越ししてきた時にまさにこういう状態にしたかったのを今できましたっていうそうですよね。憧れを今叶えることができました。ちなみにこのお家住んでどれくらいですか7年7年越しの悲願達成ということで。よかったです。家族みんなにっこり笑顔ということで。ということで、クローゼットは完璧に片付け終わりましたので、続きまして、セットで靴も見ていきます。ということで、一旦玄関に入る前に休憩ということで、お子さんたちが帰ってくるというので楽しみ、お茶をいただいてます。で実はこの家って収納は実はないんですよ。確かに。さっきのクローゼットも扉なかったですからね。オープンになってて、全部見える収納になってますよね、置くだけの。よくある引き出し収納みたいなのもないですもんね。ないんですよ、実はないんです。確かに。見てもらっての通り、もう全部引き出しの収納なくて、ここぐらいかな、多分おそらく。何より特徴的なのはこっちですね。こっち、水回り。洗面所の人とかって大体扉付きの収納があって、で、水洗とかをね、隠してたりするんですけど、もうあえて全部オープンで見せてますもんね。上もそうですけど。だから本当にそういうミニマルシンプルな空間が好きっていうので。それを目指してたのに物が逆になってる物の量が。そう僕も基本的に物の数減らしてもう美しいものだけ置いてとか数少なくすれば隠さなくても綺麗っていう物って隠せば隠すほど増えるので、ただ逆に言うと物が多くて扱いきれないとこういう風にどんどん脅かしていきますね。本来目指してるところと全然逆の状態になってるので、だからミニマリストの僕に片付け依頼をしたっていうのもあると思いますし、まさにこの家を生かせるものにしてくれる人は誰だってもう渋さんしか任せてください。やっぱ片付けって基本的にはみんな最初整理収納から入るから、無印とかニトリで収納ボックス買って、で使わないものはボックスの中に隠してって、で物事に分類してみたいな。整理収納でも一時的には片付くし、パッと見はスッキリすると思うんですけど、せっかくね、こういう風にそのまま見せても綺麗っていうような建築にされてるので、隠さなくても綺麗なお家目指しましょう。そうですね。片付け方を知らないまま来てしまったから子供にも偉そうに言えないっていう。お子さんが片付けできるできないって性格以上にやっぱり家庭環境が大きいなっていうのを僕見てて思ってて、片付けって技術なんですよ。で、さっき言ったような、じゃあ服だったら1年以内に着てない服は捨てましょうとか、機能美のバランス取りましょうとか、っていう風に服から減らしてみたいな、順番があったりとかって、今日学べば誰でもできること。別にだって片付けってこと自体は身体的に言うと多分もう小学生でもできること。いるいらないを判断してゴミ袋詰めて外に出すっていう。この一連の行動ってね、小学生で
でもできることなんだけど、むしろ大人になる方ができなかったりして、高いお金を出して買ったからとか、長年大切に保管してきたからとか、人にもらったからっていう。で、子供の方が意外とサクサクしてますからね。そう、お子さんの方が興味関心の移り変わりも早いから、過去のものに対して執着、未練がなかったりとか。だから親御さんからちゃんと片付けのきっかけ作ってあげれば、お子さんはすぐ減らしてくれるんで。親御さんがやっぱり期限に片付けてるお子さんは、やっぱり片付けもやっぱ上手ですね。それを見て育ってるから、それが当たり前の環境で育つし。まあね、このお家は別に率直にお部屋っていうほどではないけど、まあでも綺麗でもないっていうのがまあ率直なとこですよね。部分ではパッと見綺麗にしてるところはあるからこそ、なんか片付けに対する危機感がちょっと今まで薄かったと思うんですよ。まあ別に、まあめっちゃ綺麗でもないけど、まあしてないからといってなんかそんな人呼べないほど荒れてるわけでもないしみたいな、この一番中途半端な状態。だからこそ多分、そう。この中途半端な状態が続くと、今はまだ片付けようと思った体力もあるし、まだ全然間に合いますけど、これがもうどんどん年取って50、60、70とか取るにつれて、やっぱり、まあ捨てるにも体力いるし、やっぱ残してきたからっていうのでね、捨てるのはどんどん億劫になってくるので、まあ今このタイミングで続けて、でまさにお子さんもどんどん大きくなってっていうこのタイミングはもう本当に今捨てる気だと思いますね。お子さんがいる家庭ほど片付けた方がいいですね。まあご飯作ったり、子育てだったり、まあ赤ちゃんだったり、ミルク作るとか、やっぱりやることが多いからこそ、片付けとか探し物に時間取られてるとストレスだし、お子さんがいて物が増えるからって諦めるんじゃなくて、増えるからこそ減らした方がいいです。あ、こんにちは。というので、お子さんが帰ってきました。はじめまして。葵くんです。ということは、上から2つ目、真ん中のところですね。ということで、帰ってきたらああいう風に。あそこはランドセルの定位置ですね。あとで未来の子供部屋は片付けますけども、それぞれ個室の部屋が今あるわけではないから、もうみんなお子さんみんなここに一旦雑多に物を置いてるっていう。そうですね。感じだし、もう本当にお子さんがいる家あるあるなんですけど、みんな大体1階で生活済ませちゃうんですよね。目が届く範囲でっていうのがあって、結局2階使ってないみたいな。で、それ前提で子供部屋も作ってたのに、みんな物置化しちゃって、結局みんな生活が1階で完結してるみたいな。っていうのがまさにあそこに全部、そうですね。2階の物置部屋がどんどんそういう感じになって作られていって。お、いいですね。キッチンの音が。ということで、ちょっとお子さんが帰ってくる前に、ささっと料理を作っていただいてます。おー、普段の料理姿。これ、バーミキュラの。ご飯はこれでいつも炊いてます。おー、すごい美味しそう。うち炊飯器はございません。ね、ないですよね。もう土鍋とこのバーミキュラでご飯炊いて。お、チャーハン。はい。めっちゃいい匂いする。やばい、食べたくなってきた。おー、てるさんはもう昔から料理好きなんですか？それともお子さんできてからとか？一人暮らしの時からご飯は作ってる方でしたね。実家いる時も自分で作ったりとかしてました。それこそ自分のおやつのために自分でチャーハン作ったりとか。おー、なんか僕の独断と偏見なんですけど、なんかデザイナーの人は結構料理好きな人多いイメージなんだよな。わかります。なんかわかりますよね。はい。なんか僕の友達もデザイナーの子で、もう自炊してるとエネルギー回復するみたいな、その感覚ありますよね、多分。あるのと、デザインの仕事してると逆に言うとめちゃくちゃ考えたり、よく言うと本当集中している時間が多いんですけど、これをやってると全てを忘れて、マインドフルになりますよね。そうなんですよ。息抜きみたいな感じでできるから、そういう時間としてもすごいなんかちょうどいいなってのは。素敵な趣味。で、単純に食ってうまいって言われたら嬉しいし。確かに。特にね、ご家族やっぱ食べてもらえると嬉しいですからね。それが何よりですね。素晴らしい。結構僕にはない感覚なんですよ、それ。僕どっちかというとめんどくさいから、なんなら別に365日ウーバーでもいいですもん、来るんだったら。美味しくて健康的なもの食えたと思う。もう全然人に作ってもらいたいみたいなタイプですもん。なるほど。はいなんでそこがもう真逆なんですよね。憧れじゃないけど、なんかこう、もうそういう生活でいきたいなと思ったのもありますけど。でも無意識にね、多分もう手が動くというか。そうなんですよね。僕は逆に一時期、なんかスパイスカレーハマって作るとか、なんか決まったメニューができるとめっちゃ作るんですけど、でも飽きてやらなくなっちゃうんですよ、そこが。あ、もう大体ならポカッとはみたいな。そういうタイプなんで、もう多分天性の料理好きというので。じゃじゃん。おー、手ぶらできる。ありがとうございます。なんかもう、片付け企画頼む方、これ買わないといけないみたいな空気。ありがとうございます。文庫本が最近出まして。ね、デザインもね。これはブックデザイナーさんが提案してくれた本なんですけど、一発目これ提出されて、あ、もうこれでいきましょうって言いました、僕。もう他の選択肢一切見ないで、もうこれですごいドンピシャだったから、思い出のある本で、ありがたいことにこれ、2018年に出た本が7年ぶりに文庫本になってっていうので、これに僕のご飯載ってるんですよね。
僕これですよ。すごくね。自炊するときほぼこれです。僕毎日サーモンとアボカド、納豆この3つは食べてます。好きなんですよね、サーモンとアボカドマジで。サーモンに関してはもうなんか一番好きな食べ物何って聞かれたらサーモンって言ってるんで、寿司行ってもサーモンばっか食ってます俺多分もう10皿全部サーモンみたいな感じです。もう本当に僕あとドレッシングとか持ってないからオリーブオイルと塩しか使わないみたいな、もうこれ定番メニューです僕の。帰ってきました。帰ってきた。はじめまして、渋です。お願いししますということで、中学1年生のかつきくんです。今日はこの後ね、バスケ行かれるっていうので、また明日から片付け頑張りましょう。はいお、というので、葵くんのチャーハンが出来上がりました。うまい。お父さんうまいって。最高のシェフですね。ということで、長男のかつきくんのところにもチャーハンが来て、どうまいっす。う？おー、もう塩味がちょうどいいです。万円の笑みですよ。最高のパパだね。ちなみになんかお子さんは結構僕の動画見てるそうで、好きな動画とかある？中3が引っ越しする動画が少ない部屋だけど、早く何もなくなるのがすっきりして気持ちいいから。おお、ありがとうございます。12分とかやってますね。バーバーって詰めて会社で引っ越すやつ。スクリーンのやつとか好きです。プロジェクターの壁に映るやつね。すごい、かなり見てくれてる。中学1年生もすぐ中2になりますけど、将来有望です。もうこんな若いうちからミニマリストの動画見てたら将来有望。ということで、バスケの時間ということで、いってらっしゃい。できます。頑張ってください。というので、今から玄関の、ここですね、パントリー兼靴箱、靴置き場とはちょっと呼び難い状態になっちゃってますけども。ということで、どういう状況になってるかというとですね、今玄関入ってすぐ先にこの靴たちが散乱していて、で、こちらのメタルラックにも靴が置いてあるという状況ですね。じゃあ、一旦これ全部出します。はい。この辺りの靴履いてます？一部履いてます。一部ですね。まだなんか、この周辺にある靴は履いてるのかなと思うんですけど、もうこの奥底にある靴とかは、だいぶ怪しいんじゃないかなっていうのは感じますね。使ってたらこの奥に行かないはず。で、下の段には奥様の靴とかがありますね。で、あとはお子さんの靴もありますね。これちょうど、そこの、ひばりちゃんのバスケを蹴ってましたね。ルール違反ですけど。多分ひばりちゃんの靴かな、これ。いや、もうこれはお兄ちゃんたちが小さい頃に入ってた。7年前にこのお家作ってるということなので、もしかすると7年前の靴とかもあるかも。そうです。ですよね。うんうん。こうやって見るとすっげえやんな。面白い。そうですよ。面白がってる場合でもないくらい面白い。っていうので、全出ししました。家族全員分の靴を出すとこんな形です。やっぱ出してみると多いなと思いますよね。多分もうパッと見て、この靴使ってないなっていうものもありましたもんね。ありますね。はい。じゃあ、今度は逆にお子さんの靴から見ていきましょうか。機嫌がいいうちにやっちゃおう。はい、ひばちゃん。ひばちゃんの靴です。揃ったよ。だよ。の意外と少ないな。1、2、3、4、5個。もちろん3歳だから結構ね、この靴好きとか嫌いもあると思うんですけど、ひばりちゃん、どの靴が好き？これめっちゃ好き。じゃあこれ残しましょう。っていう風に、ちっちゃい時はなんか好きなもの聞くとですね、いらないものよりも、好きなものは割とすぐ答えてくれるんで、いらないものっていうと結構迷うんですけど、どれが好き？どれが好き？全部の靴が好き。全部の靴が好き。逆にじゃあいらない靴ある？これ？これ。なんでいらないと思った？いる。そう、お子さんもコロコロ変わります。正直言うと、5足なんで、多くはないんですけど、でも一旦チェック終わったので、いるやつだけ戻そうかな。これがちょっとサイズアウトしてるかもっていうので、これちょっと履いてみて。自分で履いてますね。どうだ？まだ開けてるよ。でもそういう風に今後もですね、定期的にサイズ合ってるかどうかとかを確認していただいて。ということで、続きまして、お父様お母様が頑張る番ということで、お父さん行きましょうか。はい。ということで、服を減らし終わったらそのまんま、靴も見ていただきたくて、もう残した服たち、さっきね、20数着ありましたけど、それに合う靴を残していくっていうのができるので、そのまま、じゃあここも一緒ですね。少しでも迷ったり、しばらく履いてないなと思った靴があったら教えてください。最近はこれももう履いてないですね。こちらも履いてないということで、なんで履いてないですか？重いっていうのもあるのと、服に合うものがなかった。まさにこれね、めっちゃ重い。結構僕今持ってて、だいぶずっしり感あって。これもかな。両方ともちょっと重いっていうのはあるのと、両方ともスウェードの靴なんですよね。で、スウェードってシンプルでいいですけど、割とちょっと冬寄りかな。これももうそうですね、だいぶ履いてるので、いいかもしれない。あとは、レッドウィングかな。そうですね。すごいお気に入りなんですけど。そうですね、もうこれは多分動画越しでもわかるくらい割とすり減っちゃってますね。これがまさに先ほどカバンの時に言ったように、手入れを本当ちゃんとしなきゃいけないですね。そうですね、レザーの靴で。で、しかもレッドウィングで好きなんだけどってキーワード出たけど、手入れしてないですよね。
してないです。じゃあこちらも大丈夫ですね。はい、もうこれは名残惜しい感じはあるけど、おお、これちゃん買ったのいつ頃ですか？結構経ってると思います。もう20年とはいかないけど、けどもう15年以上は経ってると思います。すごい15年以上大切に取ってた靴ですけど、多分これずーっと埃かぶってる状態ですよね。はい、もういいです。手放し時、まあこれを手放すことによって玄関が綺麗にすっきり片付くと思ったら、ひばりちゃんのためにもはい。ということでこちらは手放します。他ありますか？その中で言うと、今これ全部ちゃんと入ってるやつですね。おお、5足あれば十分だと思います。これが残した靴たちなんですけども、明るい色のスニーカーと黒スニーカーもあるし、まあ、レザーのブーツもあって、という感じで、この3足手放して、この5足を残します。という感じで、残した靴は戻します。レッドウィンド超名残惜しいな。これはちなみになんか買った時の思い出とかあります？働いて、それなりにお金を稼ぐようになって、で欲しい靴ってジェットウィングだったんですよ。憧れの靴。はい、やっと買えたみたいな。しかも当時はまさにそのデニムのパンツとかもめちゃくちゃ生えてた時期なんで、ね、そう20代の頃のね、靴ですから。そういう思い出はすごいあるので、結構今ドキドキしてます。おお、もうドキドキするくらいの。いいですね。いや、でも、もういけますね。はい、行きます。大丈夫ですね。まあ多分ね、今手放す瞬間はちょっとね、こう、若干しんどい思いもあると思うんですけど、これを手放して、ここが綺麗になった瞬間に、あ、手放してよかったと思う日が、この後来ます。結果なきゃないで大丈夫だって気がなりそうな気がするんで。あ、そうですし、減らした人みんなに聞くと、もう何捨てたか覚えてないってみんないますね。しんどいのはもうこの瞬間だけです。続きまして、お母さんいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。これはちなみにどちらに置いてありました？そこのあ、そこに棚にもう箱に入れっぱなし。箱に入れっぱなしですごい綺麗なローファーですね。これほとんど履いてないかも。ほとんど入ってない。すごい綺麗、新品同様にっていうものも含めて置いてあります。ここも同じくですね、服と同じように、少しでも迷った靴だったり履いてないものがあったら教えてください。まず履いてないのがこれとこれでしょ。こちら履いてないそうですが、最後に履いたのいつでしょうか？去年の夏ぐらいまでかな。ああ、じゃあ1年半以上は履いてないですけども、こちらなんで履かなくなりました？ランニングで使ってたんですけど、夜を主に走ってたんですけど、クマが出るようになっちゃって。あ、クマが出るんですよ、今。いや、俺も気をつけなきゃ帰るとき。撮影日が12月なんですけど、ニュースでもね、クマが出没してるみたいな、物騒な。遭遇する環境なので、ランニングをやめちゃって履かなくなりました。なのでもう1年半も履いてないということで、今後も履かないですかね。じゃあこちらは手放します。続きまして、こちらもヒールですね。長男の卒業式と入学式にとりあえず急ぎで買った間に合わせのパンプス。そうですね。これ例えば直近もう履く予定も。来年の春に入園式があるので取っとこうかなと思ってたんですけど、こっちでも間に合うのかなって思ったり。そうですね。要検討な感じはしますけど、間に合わせで買ったっていう点で言うと、あんまり気に入ってはない。であればもう次の時に新調してもいいのかなと最悪手放します。はい。そうですね。履いてないっておっしゃったのはこれですね。そうですね。それいつか履きたいと思ってます。逆にお気に入りすぎて履いてないみたいな。そうですね。今合う服ないですね。なるほど。合う服がないっていうのが答えかなと思うんですけど、かといってちょっとこう結構高かったですか？高かったと思います。っていうのでちょっと捨てる勇気も出ないんで。もうおそらくこれ一回も履いてないですよね。はい。ちゃんと不織布が中に入ったりして一度も履いてないだろうなっていう。試着で終わってます。試着で終わって買ったのいつですか？今年のお正月なのでちょうど丸1年2025年は履かずに終わったっていう感じなんですけども、そうですね。これ僕の基準でいくと、手放した方がいいものの一つなんですけども、捨てる勇気はあります？ない。着てないんだったら履けばと思ったんですけど、もう合わせる服がないっていうおっしゃってたから。そうなんですね。いつか憧れのマダムみたいにおしゃれに履きたいなと思ってたんですけど、現状そんな服も持ってないし。一つこういう場合結構理由の一つは値段が高くてっていうのは捨てづらい理由の一つだと思うんですけど、僕基本的に物が多い時っていうのは売らず譲らずゴミで捨てるっていうのを皆さんにお願いはしてるんですけど、これは例えば数万円とか満単位のものだったら売ってもいいかなとは思うんですけど、一応値段だけ調べましょうか。で調べたことない時はブランド名ローファーとかでメルカリとか調べて出てくるとは思うんですけど、調べ方がわからないとか値段がわからない場合は今映してるんですけど、この Google レンズ使っていただくとこんな感じでカメラでこれをパシャって撮るとですね、こんな感じで Google 調べると値段が出るんですけど、なんと72,000円で売れてます。
これはさすがに売っていいかな。手放せない理由も分かりました。だから結構、これいくら高いものだったら売っていいです。僕の片付け動画で結構皆さんメルカリで売るからとか言って結構後回しにしてる方々が多いんですけど、そういった方たちってもうなんか、1個あたりの単価がもう数百円とか1000円くらいで、結局出品手数料の 10% と配送料考えたらほぼ利益にならないとか、利益になっても自分の手間暇考えると割に合わないとか、もっと数が多いから売り終わらないみたいなところですけど、これくらいの一点物で値段が高いんだったらもちろん売ってもらって、まあもっと言うと使わずに取っとくのね、埃かぶってもったいないし、まあおそらく定価は96,800円です。Amazon の値段なんでちょっと実際わからないですけど。多分私その時熱出ててはいでもなんか買いたかったんですよね。そうですよね。布団の中でポチってやっちゃ布団の中でポチッとう。はいネットでポチっちゃったんですね。はい3万円ぐらいは損してますけども、うん高く売れるからって喜ぶんじゃなくて、結局買って満足しちゃって使わずに3万円捨ててるってことなんで、そこは反省した方がいいと思います。結構みんな高く売れたからって言って喜ぶ人いるんですけど、特に服、まあこれはたまたま革靴だから割とリセールバリューがまあいい方ですけど、シャツとかアウターってこんなに値段返ってこないです大体。もう買った瞬間からもう元値の半額以下とか3割2割とかっていうのは、服ってまあ基本リセールバリュー良くないんで、ブランド物とか除くと元の値段考えたら損してますからねって話なんですよ。まあでもこれに関してはちょっと売るっていうのと、まあ値段調べたことによって売るって意味でその手放す覚悟はつきましたね。はいまさに人間って疲れてる時とか不安な時に物を買っちゃうんですよ。で、まさにまあ熱だったり疲れて多分財布の紐が緩んじゃって買ってるっていう。で、もっとさっきもね、通販の服を手放したと思うんですけど、これもまた通販なんですよね。そうなんです。試着しなきゃですよね。そうですね、試着したりとか、まあ、実物見に行って、っていう意味でまあいろいろ反省点はありましたが、こちらは手放します。ということで、お母さんはこの5足を残しました。こんだけあればどうでしょうか？ねまあ履けますね。そうですね。もうこの5足は間違いなくもう履いてる、残したいって言えるものなので、こんだけあれば大丈夫ですね。はいということで、この3足は手放して、残した靴がこの5足ということで、お疲れ様です。これはちゃんと売却お願いします。あ、結局それは残すことになったんだ。いや、これ売ります。売るか売ることになったんですけど、これちなみにいくらだと思いますこれ。わかんない。3000円ぐらい。これ72,000円です。高っめっちゃすごいやん。そんなものを一度も履かずに、まあでもこれ元値は96,000なんで、履かずに3万円ぐらい損してるっていう。所有欲と引き換えに3万円失ってますから。ということで靴は見終わりました。というので、お父さんとお母さんの靴、必要なものだけ戻しました。どうですか？いやもうこれ減っただけでもうすごいスッキリしますね。そうですね。もう半分近く減ってるんで、だいぶスッキリしてると思います。まあ、あとはちょっとお子さん系の靴なので、ちょっとまた明日以降ですね、お子さん帰ってきたらやるんですけども、いる靴戻すとこういう風に収まります。ということで、靴が終わりましたので、このままもう玄関一緒に片付けていきます。ここは上から順に Wi-Fi があったり、ティッシュのストックがあったり、お米だったり、使ってるのが怪しいお鍋、だしだったり、これ多分備蓄のお水ですね。一応期限はちゃんと大丈夫。26年7月。という感じで、このまま玄関パントリーやっちゃいましょう。まずこちら、これ使ってます？基本は使ってないですね。使ってないです。あんだけ料理好きのお父さんがこの上に置いてあるってことは、おそらく基本使ってないでしょはい、もう1年に1回か2回出動ぐらいですね。う。だし、まあ、この鍋はバーミキュラしかり、まあ用途被ってますよね。はい、そうですね。これ、どうでしょうか？まあ、もうなくても成立はするので大丈夫ですね。というので早速鍋がいきました。これは使ってないですね。使ってないですね。はい。お母さんにも確認中。これまたおばあちゃんシリーズ。ああなるほど。使ってなくて物置に行っちゃったっていう。はい。他にお盆はないですか？他にお盆あります。これは使いたい。じゃあもう一個のお盆を、そうしましょう。他にあるので、こっちを残してもう一個手放して。はい。一旦ちょっと中身見えるように、これも出します。そうですね。お、こっちは、どん兵衛があったりしますが、これいつのだ？やばいですよ。もう期限結構近いですよ。あと4ヶ月です。最近買ったのでな、これ。これは沖縄のジューシーです。ジューシー。これあともう期限3ヶ月です。お、っていう風に、期限近いものは、あともう分別しておきましょう。これもあと3ヶ月で消えます。まさにこういう期限が近いものとかは、どんどん捨てたり使っていくっていう風に、まあ、選別がしやすいので、まず食材から見ていくのがね。おすすめです。じゃん、これは、これは、氷？これなんだっけ。コ
コスコストコですね。カークランドっていうのでコストコ行ったらよく見るやつ。あ、期限切れてます。半年以上切らしてます。で食材はこういう箱に入れちゃダメです。中身見えなくなるんで、どんどん奥の方に行けば行くほど期限切れのものがいっぱい出てくるし、今何気なくカメラ外で2022年のができる。やばいです。22年ですよ。 3年半過ぎてますし、今食材ここに置いてるんですけど、多分キッチン片付ければこっちに置けると思いますもん私っていうので、ここもまだまだ食材が出てきます。で一旦食材はしばらくもうこういう形であえて見える化で箱から出しちゃいます。もちろんごちゃごちゃは見えるんですけども期限切らしちゃうんで。今意外と箱潰して全部固めておいただけでもだいぶ飽きましたよね。そんなめっちゃ減らしてるわけじゃないのに、こういう箱入れちゃうと意外とたくさん収納できてるようで、あんま空間うまく使えてないっていうか、という感じでここも開きました。おお、開いた開いた。どんどん出しますこれ。おお、素晴らしい。あとこっちにお米がありますね。一旦お米はよく使うと思うんで、奥にあると取り出しづらいと思うんで、これがさっき言ってたちょっと生活の動線に無駄があるんじゃないかみたいな、自分でおっしゃってたと思うんですけど、僕だったらこっち置きます。ここからだったらパッと取り出せるので、もう蓋をせずに、多分蓋振っちゃうと中身何が入ってるかわからなくなるんで、取り出しちゃいます。はい、という感じで、パントリーっぽくなった。確かにパントリーっぽくなったっていうので、今まで食材がそっちにあったり、こっちにあったり、どちらかってたんで、ここに一箇所に固めただけでも分かりやすいですよね。食料品はとにかく一箇所に固めてかつ見える化するっていうのはめっちゃ大事です。このトタンボックスなんですけど、これあれですよね、湿気がこもりづらいで有名な、はい、この無印のやつね。無印のトタンボックス、よくこれカメラマンの方とかはよくこれにカメラ入れてたりとか、湿気対策用に使われてるものが多いので、多分これ食料品入れてると思うんですけど、確かにおしゃれなんですけど見えなくて残量が把握できなくなっちゃって期限を切らすって形になるので、これもなんでこっち置いちゃいましょうか。ここは期限が近いやつを置いてもらって、しばらくはここからも期限が近いものからどんどん紹介していただきます。ペットボトルのお水を箱から出していただいてるんですけど、結構みんな備蓄でお水買って箱に入れっぱなしっていう方が結構多いんですけども、もう僕出すのがおすすめです。買ったらすぐ出すっていうことやって、で水もですね、もう時間的です。一旦どんどん見えるように置いていきます。はい、という感じでお水もすべて見える形で置いていただきました。ちなみにこれはもう防災用とか備蓄って感じですかね。そうですね。はい。おそらく家族5人分だとちょっと足りないかな。国で推奨されてるのが、最低3日ですね。で、そっから必要量に応じて、3、5、7で。逆に7以上は結構管理が、賞味期限切れの問題とか出てきて管理しづらいから、お勧めされてるのは最低3日。基本的になので飲み水とか生活用水考えると、1人3リットルの計算で、家族5人分ってなると15リットル必要なんです、1日。なので、ここに最低でも45リットルは取っとかないと、一応備蓄の水としてはちょっと心もとかないかなっていうのがあるんですけど、20リットルないぐらいかな、多分。なってくると、あとこれの2倍ぐらいちょうど欲しいかなぐらいですね。ここが埋まるくらいの水があると、一応備蓄の素材としてはいいかな。あと他に防災カバンとかで作ってたりします？作ってないですね、今は。そうですね。なので今後もし、そこら辺もちょっと片付けできて余裕ができてきたらですね、ここにお水埋まるぐらいと、下とかに防災カバンとか作れるといいかなって。で、ちなみに防災カバン持ってない理由の1位が置く場所がないんですよ。まさにそうですよね。そうですね。そう、防災カバンとか特に作るだけじゃダメで、作ってちゃんと逃げ道に置いていくっていう意味で、推奨されてるのが枕元とかこういう玄関、逃げ道に置いておくのがいいんですけど、今後はなのでここ片付けたら、この辺りにちょっと備蓄とか防災を置けるといいかな。なのでもうここは開けときましょうか、それね。はい。という感じで食材もろもろチェックが終わりました。ランタンが入ってます。これは使ってます？使ってません。使ってないんだったら手放していいからオイルランタンなんで、防災にするにも使いした。なんで基本的に下だったり上すぎるものっていうのは大体みんな使ってないです。位置が高すぎて使わないし、今度低いところっていうのは腰をかがまないといけないから自然と使わなくなるんですよ。真ん中ら辺がやっぱ一番みんな使います。という意味でもちょっとここは怪しいので出しましょう。だいぶ古いランケーブルとか。ここはなんで、工具っぽいドライバーもあれば、急にランケーブルが出てきたり、結構雑多に。要はこれ物別に整理されてないから探し物増えちゃいますよね。はい、そうですね。というのでどんどん減らしていってもらってるんですけど、ほとんど入れないですか、ここ。もういらないですね。素晴らしいけどもったいない。というので、こんなスカスカになりました。こんなスカスカだったらこっちのちっちゃい箱でいいかな。はい。これ手放しちゃいます。極力見える形でどんどんいるものは浮かんでおきます。なんかまた出てきた。これはジッポ。ファイヤースターター、バーベキュー用ですね。処分で。これ、買ったっけっていうぐらい。これの意
もらったんだ。記憶にもないみたいなものがありますけど。ということで、ここがすごいすっからかんになりました。なんか、転がす脚立がある。これは使ってますかね？使ってません。使ってません。使ってます。使ってます。便利そうっていうのでみんな残しがちなんですけども、だいぶ埃かぶってますかね、これも。これ自分で作ったんですよ。あー、DIY で。使い道が一切なかったんで。どんどん箱を空にしていきます。やばい。大量に使わないトタンボックスが大量だ、これ。輪ゴムもこんなに輪ゴム使わないですけど。輪ゴムマジでそうなんですけど、死ぬまで使い切れねえよっていうレベルのがね、こんないっぱい一応についてるから、おすすめは、もうこんだけありゃいいよねみたいなのを、直置きでどっか置いとくっていう感じですね。これはもう別に、てるさんだけじゃなくて、あるあるで、みんなこれ箱で取ってるんですけど、使い切れないんですよ、これ。ちょっとだけ売ってほしいですよね。もう30円とかでいいから、ちょっとだけ欲しいとか思っちゃうんですけど、輪ゴムはこの量でしか買えないからみんな余りがちなんですけど、これももう捨てますね。輪ゴム使ってないですよね、そんな普段。使うんすけど、もうそこにあるんですよ、また別に。なんかお弁当買ったりしたらついてきますからね。そうなんです。必要だったらそれを家になんか数本取っとけば困んないです。はい。わざわざ輪ゴム買う必要ないですね。ないですね。これも防災用の水タンクですね。タンクですね。まあこれおすすめはこういうプラスチックの容器じゃなくて袋状のタンクがあるんですよ。固める。ああいうの使ってあげるともう少し小スペースになります。最悪水欲しけりゃ、まあ別にこういうバケツとかにでも入れてもらえればいいですからね。あれ使うときって本当に避難所とかに行ってお水もらうときだと思うんですけど、これでいきます。まあこういう容器って家中にいっぱいあると思うんで。あれにこだわる必要はない非常事態なんだから。これはトイレットペーパーですね。お客さん用の。ちなみにこれはもう僕見た瞬間にちょっと置き場所悪いなと思っちゃいました、これ僕だったら階段下収納ためちゃいます、ここにあったらね遠いです。なのでもう紙系もこれ全部階段下収納置きましょう。これ結構日常的に使おうと思うんでこのティッシュとかも、まあ、ポケットティッシュはここでいいかな。玄関に置くのでおすすめのものがあってこうパントリーだから実質玄関ですよね、今の季節だったら冬場は北海道とかポケットティッシュとかエコバッグとかですね、あとはまあ人によっては日焼け止めとか、その外に行くときに使うものっていうのはこの周辺に固めておいた方がおすすめです。あとは、これは昆布茶ですね。昆布茶。すごい。ちゃんとやっぱこういう埋め付けたり、こういう自分で作るのは好きですね。はい。これは食材だからこっちかな。そしたらこっちにどうさせましょうか。あ、これが最後。ヘルメットは使ってますかね。使ってない。ないお子さんがいるからなんか自転車乗るときとか、バイク乗ってるとかでもなく、今自転車あんまり使ってないな。もう多分お子さんの頭のサイズも回ってないということなので、お願いしました。あとこれは使ってないね、これ。U 字ロック。一回も使ってないじゃん。確かにこれ、未開封。もったいな。使ってません。使ってません。ちんとり。おもちゃかもしれないですね、これ。もうこういったブラシですね、この先は。出ます。ってことは、一応この箱に入ってるやついるのってないっす。全部捨てます。やっぱこの辺りいらないものがいっぱいありましたね。ということで玄関が大変なことに、もういらないものばっかり。はい、ということで着々とゴミ袋が増えていってます。今日捨てた服たち、玄関とクローゼットから出た大量の収納ボックスたち。いやー、減らしてますね。まだもうちょっとやりますけど、どうですか？減らせてると思うし、でもまだこんなもんかって思うぐらいいっぱい捨てたくなりましたね。おー、いいですね。まだまだ初日途中ですから。まだまだ出ますよ。という感じで床が見えてきて、あと少し着実に減ってるんですけども、傘がこっちにあります。物が多いご家庭は傘の本数も多いという。生活習慣の乱れは傘置き場見ればわかります。家族の人数分以上ありますね。6本と多分他にも折りたたみ傘とかどっかありますよね。あります。こちら全部使ってますか？これは使ってます。これ使ってないですね。はい。これは使ってないかもしれないし、じゃあ、ひばちゃんの傘だけ1本。どっちも使ってます？こっちも使ってます。うん、なきゃないで。まあちょっと聞いてみます、一応。ひば、この傘どっちがいい？アンパンマン。アンパンマン。おー、やっぱりお子さんにはもうアンパンマン大人気なんでね。ということで、こっち4本がいらない傘で、いる傘はこの2本。普段使ってる折りたたみ傘、このタイミングで持ってきちゃいましょう。あー、そこに入れてあるんですね。まあ悪くはない場所なんですけど、玄関に置くのおすすめしてもさっき言った、カイロ、マスク、日焼け止め、あと折りたたみ傘とか、エコバッグとかですね。まあ、玄関で使うものの一つなので、そこに置くのは悪くはないんですけど、せっかくこのスペースが空いてきてるんで、傘と折りたたみ傘こっちにまとめちゃいましょう。こんな形で傘置き場を作ります。もう使う時にここから取り出して、帰ってきた時にここに置くっていう。すると使いやすいです。はい、というので着々と片付いてきてるんですが、ここが怪しい大量の缶の蓋。すごいこれ、頑張って集めましたね。これ4本ありますから、努力の結晶が。そしてどれだけビールを飲んでるんだっていうのがバレちゃう。それ思いました。こんだけ開けてるってことですからね。こちらはいりますでしょうか？いらないものですけど、なんか車椅子を作るときになんかこ
これを回収するところがあるって聞いて、渡せてないまま溜め込んでます。まあリサイクルの一環で収集してて、でも多分ここまで行くともはやちょっと集めるの快感になってましたね。でこれはもうちょっと回収に持ち込みをお願いします。はい。あともう一個気になったのがこれです。これは最近出たゴミですか？いや、だいぶ前のゴミです。子供が学校で図工でパチンコ、パチンコですね。それであーそうこの穴が全部釘が刺さ釘なんですよ。はい。釘を打ってそこににゴムを引っ掛けて作ったわ。あ、やりました。やりました。懐かしい。それの釘を外すのでもうやりきったって私なんかで、まあこれちょっと一生思い出もあるみたいな感じですよね。まあちょっといいなって思いながら眺めて。お子さんが作った作品って逆にお母さん側が捨てられないこと結構多くて、もうお子さんたちはいらないって言ってるんだけど、はい、いっぱいあります私そういうの。そうですね、作った作品が可愛くてっていうので撮ってると思うんですけども、まあおすすめは写真撮って手放すとかですね、これも。写真撮ります。ということでこちらも写真撮って手放します。なのでこれもちょっと捨てようと思いつつゴミ置き場に置いといて、でもちょっと可愛いからっていうので捨てられずに撮ってたものって感じです。そうですね。まあこういうのはなのでもう残す量を決めないといけないですね。お母さんの思い出のものでもあるので、形でこれは手放します。お、これ気になりました？気になりました。これだけ吊るしてあるために突っ張り棒が贅沢に使われてますけど、もうお父さんこういうのがどんどん気になってきましたよね。減らせば減らすほど。気になってきましたね。そ突っ張ってるだけの棒。それテルがやったんじゃなかう。なんと犯人私のせいにしようとしてた。してましたがそしてでもかけてるのは私ああ、そうですよね。これはお母さんの趣味だなと思ったんで。共犯だな。まあ、共犯ですね。これ手放します。ということで、どんどん床が空いて、お子さんたちの靴もここに入れる余裕が出てきました。はい、ということで、玄関が減らし終わりまして、すごい床が広がって、ひばりちゃんもホップ、ステップ、ジャンプ。ということで、玄関がどうなったのか、入り口から失礼します。じゃ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 ん、なんと、床が見える靴箱もできました。すごい。めっちゃ綺麗になりましたよ、パントリー。なんでこっちはちゃんと靴箱として玄関になりましたね。こっちがお父さんの靴、お母さんの靴、で、灯油とボールと折りたたみ傘と子供たちの靴ですね。まあ子供たちの靴まだ男の子たち一切見てないので、見てもらえると減らせるかもっていうので。ひばりちゃんも走り回ってます。そして裏から見ると、ここも食料品が一目瞭然。素晴らしい。ただし、まだここに若干物があります。ここに追い出してるものは、階段下を片付けてあっちに移動させます。ということで、今日ラスト、あっち終わって今日終わります。オッケーです。という形で、もうキッチンペーパーとかトイレットペーパーを絶対ここに置いた方が使いやすい。キッチンもすぐそこあるし、トイレもすぐそこなので、ひばちゃんが、なんと、この中に入りました。こうやって遊んでるんですね。そうですまあこちらですね、ひばちゃんの遊び場にもなってますけども、一旦全部出します。ひばちゃんのお家が出ちゃいお家出てきたよ。ゴーこれで遊んでくれたら安上がりでいいですね。もう出しながらいらないものがあったら教えてください。なんだこれ。ランドセルカバーですね。使ってますか？使ってません。処分で。めんどくさくて書けないですよね。これはエコバッグかな。使ってますこれ。使ってないです。しわくちなのでこれは処分で。っていうものがここいっぱいあるので、もうすぐ捨てれると思います。ここは大量の紙袋コーナーを使ってます。使ってないです。まあ綺麗にジャストフィット入ってますけども、捨てちゃいます。なんだこれ。これかまエコバッグですけど、これも私がデザインしたエコバッグでございます。すごいおしゃれな。まあ仕事で作ってそのまま使ってるって感じですね。扱ってますね。はい。これ何個も何個もあるんで。じゃあいいですね。はい。処分。待って、ここにも工具まだありましたね。さっき黄色い箱がありましたけど、どっちかでいいですね。でしたらこっち使ってますね。ですね。こっちの方が電動のものもあるし、まあ、これはパントリーにあったやつと交換で扇風機これは使います。使いますね。はい。でこれおすすめは、まあ2階ですね。夏場まで使わないのでね。はいこれはアラジンのストーブです。これはもう大活躍なので。ちょうど今から使います。はい、使います。これもう出しちゃいましょう。ということで、ここ、全出し終わったんですけども、床下収納ありますね。これは実は入ってないです、今。開けるとなんと、説明書もあるし、未使用ですね、これ。これは実はですね、床下収納ではなく、点検口っていうことなんです。なるほど、なるほど。よかった。でも、物が詰まってなくて、床下収納は本当にみんな、どんどんもう静雄になっていくんですよ、これは。うちの実家はインスタントラーメンとか大量に入ってたんですけども。実家もそうだ。
そうですね。袋ラーメンとかみんな入れがちなんですけども。床下収納は基本的にもう物入れない方がいいです。まあここから取り出すのもめんどくさいし、中身も見えないので、基本みんな腐らせがちっていうので、素晴らしい。ここは何も入ってなかったです。で、ここにはですね、トイレットペーパーとか、紙類のストックを置きましょうか。じゃあ、いるやつをどんどんください。あとそうだ、考えなきゃいけないのは、ひばりちゃんのトイレットペーパー段ボールハウス。あれを崩すか、崩しましょう。崩しましょうか。おもちゃを置くっていうので、まあその段ボールには愛着があるんでしょうね。まあでもなんであっちのおもちゃ箱として使ってもいいですよ。それが好きなら。大喜びしてますよ。はい。めちゃくちゃ好きやん、この箱。じゃあ、これは大切に遊んでね。というので、これ救出できました。これもう直置きしちゃいます。というので、トイレットペーパーはですね、もうトイレがすぐそこなので、一旦こっちに仮置きします。理想はもうこれでいいと思います、実際。もう紙物どんどんここに置いていきます。そうですね。まあ、この箱の中だいぶ、ちょっとなんか雑多に入ってますね。小学生の絵の具だったり。でですね、もう僕は、この3日間の片付けで、お子さんの部屋作ろうと思ってます。なので、お子さんのこういうのは2階に持ってっちゃいましょう。なるほど。ちょっと待ってください。これは、もしや、わお、また工具が。ドライバーなんですけど、どっちかって言ったら車のタイヤ用のナットだから。これ使います？これは使いやすい。これ使う場合はもう場所わかりますね。あっちの玄関に。はい。車用品は玄関の出口で多いと思うので。でもなんか物の住所も分かってきましたよね。上がってきました。そう、工具系はここ、みたいな形で。どんどん必要なものが必要な場所に置かれていって、片付いていってます。ということで階段下収納に必要なものだけを戻したら、こんだけになりまして、見てください。おー、すげえ。トイレットペーパーのストックと、おむつとかお尻拭きのストックと、あとたまに使うクーラーボックスなど、ここをちょっと3日間片付けていく中で、またちょっと収納の仕方とか、まあ置くものを見直してはいくんですけど、一旦現時点では、もう全部出して必要なものだけを戻すってことやると、こういう状態です。いや、すごい。これは、見せられなかったからね。こうお客さんが来る時にこまあ、あと細かいところで言うと、奥も行けるように真ん中開けてるんですけど、この字みたいな収納整理ラックみたいなのを置いて、奥の方に詰めてあげると、手前すっきりするかなっていうのはありますが、まあ一旦直置きだけでもこういう状態になります。素晴らしい。ということで今日1日8時間片付けまして、すごいなんと、ここがゴミ置き場になってます。というので、なんと今日1日でここまで減ってます。大量ですね。どうですかこれ。いや、すごい。こんなに捨てるものって生まれるんですね。はい。こんだけありましたよ。こんだけ減らしたら、そりゃ上も玄関も階段下収納も綺麗になりますね。うん。という感じで今日は一日一旦これで終わろうと思います。ありがとうございました。はい。という感じで今日一日終わりました。お疲れ様です。今日一日見ての感想をちょっとお伺いしたいです。まさかこんなに手放せるとは思ってなかったので、よく頑張ったなって感じがします。想像以上に減らせたっていうところと、なんか普段過ごしてて、こんなに実は物があるのかというところに改めて気づいて、しかもこれだけ捨てるものがあるっていうことは無駄なものが多かったんだなって改めて気づきました。そうですね。使わずに処分したものも多いし、まあ、使ったものに関しても、もっと使わなくなったタイミングで減らしておけばよかったですね。これはちょっと極端な例なんですけども、これなんかはね、捨てるのを後回しにし続けて残ってたものですし、ここに大量の突っ張り棒もありますけども、まあ、人間やっぱ生きていく以上物は増えます。けど、使わなくなったらその都度どんどん手放すってことをやれば、この状態になってないはずなんですよね。まあだから究極、やっぱ家が散らかってる理由って後回しなんですよね。後でやろう、後でやろう、明日やろうはバカやろうってんで、みんなどんどん後回しにして、で、今ようやくね、重い腰を上げてやってますけども、これ普段からちゃんと使わなくなったものはすぐ手放す。で、買ったらワンインワンアウトで、1個買ったら1個減らすってことやっとけば、ここまでたまらないはずなんですよ。っていうので、もう多分お二人今日見た感じ、ちゃんと時間さえ取れば、多分もう減らせる方だなと思ったので、捨てるスピードも順調。そして明日以降はお子さん2人もね、交えて、もう家族みんなで片付けますので、明日も引き続き頑張りましょう。はい、楽しみです。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。うわ、めっちゃ綺麗になった。どう？めちゃくちゃある。こんなにあったんだなって。すごいびっくりした？めっちゃびっくり。おお。上こんなのあった？全然見えなかった。見えなかったね。靴ないし、縄跳びとか袋もない。今日の出た捨てるもの。さすがにここまで減るとは思う。いや、でもすごい。で、明日はあなたたちの番だよ。頑張ります？頑張ります。はい、じゃあ意気込みお願いします。60% ぐらい減らせるといいです。渋さん的には低いんじゃねえのそれ。
80杯と僕あ、 OK。 OK。おはようございます。おはようございます。ということで、2日目です。今日はですね、お子さん2人も交えてみんなで減らしていくので、よろしくお願いします。お願いしまお願いす。します。昨日ここ玄関パントリーが綺麗になりまして、いかがでしょうか、お子さんたち2人。すっきりしすぎてゾワゾワしてる。そうだよね、物が少なすぎて落ち着かない感じあるでしょ。どう、葵くんの方は。なんかすっきりした。おー、すっきり。ということで、もうお子さんの目から見てももう変わってるということで、お二人昨日ね、頑張られましたけど、今日はみんなで頑張ります。はい、お願いします。お願いしますということで、今日はですね、こちらお子さんがいらっしゃるので、まずこちらお子さんの部屋と、あと上ですね、かつきくんがおそらく上に結構いろいろありますね、ものが。なので、お子さんのものも交えて今日片付けていきます。ということで、今日から2日目なんですけども、昨日クローゼットを減らしてみて、どうですか？早速朝起きた時に変化感じたかなと思うんですけど。じゃあまずお母さんから。お母さん今日ね、もうミニマリストスタイルというか、単純にもう、おーって感じで選びやすくて、迷いにくくて。選びやすかったっていうのと、てるさんはバッグとか上にかけるようになったんですけど、今まではね、そこら辺にあったんで、バッグを探すのですら、どこに使ってやってんだけど、場所が固定されてるっていうのが分かったので、楽になったなっていう印象は感じましたね。おー、今までね、バッグとかがもうあっちこっちこう置き去りになってとかですね、脱ぎ散らかしてるみたいなものもあったと思うんですけど、そこに集約されたので、それ管理しやすい。そうですね。素晴らしい。そしてお気に入りのパーカーもね、グレーのパーカーがもう3つぐらいあったと思うんですけど、好きなものもね、もうパッと取り出せるようになったから、すごい服選びも楽だと思うんですよね。で、まず一番最初にやりたいのが、お子さんたちの服と靴ですね。お子さんたちの服ってそういえばどちらにありますか？ウォークインとかですね。ウォークインできないクローゼットの方に。はい。了解です。じゃあまずそこにみんなで上がります。はい、ということで、ここにお子さんたちの服があるそうなので、一緒に見ていきましょう。お子さんたちの服がここにあるとのことなんですが、特にこうクローゼットっぽいものはないってことですよね。もう床置きしてあるって感じですよね、雑多に。強いて言うのはここが一応こういう風に収納ボックスで分類はされてあって、ここから取ってるっていうような感じですね。ということで、早速まずこのクローゼットの服を全部出します。ちなみにここにはですね、本がありました。これお母さんのそうですね。プレジデント。あれプレジデント俺昨日取材依頼来たな。ちょうど昨日プレジデントさんから取材依頼が来たんで来週受けるんですけど、多分この動画が出た頃には公開されてるので、概要欄からチェックお願いします。ということで、これも全部出します。おー、すっきりしてきた。そうですね。まだ出しただけですけど、もう早速変化感じますよね。これが全出ししてる理由で、みんなこの作業めんどくさいから後回しにしがちなんですけど、全部出すことによって、空の状態ができるから、物を減らすと本来こんな広かったんだっていう感覚取り戻せるんですよ。で、そこからもう無駄に戻したくなくなるんですよね。戻すくらいだったら減らそうっていう思考になってくるから、とにかく一気に全部出すのが大事です。昨日言ってた、下と上に物があるという。なんかもう違和感ありますか？気持ち悪さというか。もうありますね。昨日この一番下と上のものを置くとね、忘れているっていう。そう、昨日、ファッションとクローゼットの先端の話、上と下にあるものは目立ちますよって話したんですけど、そしてもう上と下に物が詰まっていますから、いいですね。もうでもマインド変わってきてますね。もう買ってきたような気がしてます。そう、だからもうなんか今自分のそのマインドとお部屋の現状のギャップがすごいから、減らさないと気持ち悪いっていう風になってますよなね。ってます。めっちゃなってます。すごい。たった1日でもうお父さんめちゃくちゃ激変してます。ということで、どんどん物をですね、一旦全部出すために寝室に移動してるんですけど、ひばりちゃんが今遊んでて、葵くんが見てくれてるんですけど、ヒカキン見てる。今の3歳児ってヒカキンのゲーム実況を見てるんですね。いや、時代を感じますね、もう。アンパンマンに並んでヒカキンさんが、その子供たちの好きなものに入ってるっていう。あ、そうだ。これこの後ヒカキンさん見ますよ。なんかこの後僕YouTube のイベントにちょっと呼ばれて、出るわけじゃないんですけど、ちょっとご招待いただいて、YouTube ファンフェスタってやつかな。で、なんかヒカキンさんとか、なんかいろいろ YouTuber さんが出て、なんか歌ったりする、そういうイベントがあって、なんか席の方ご用意いただいたんで見に行くんですけど、なのでちょっとまた明日感想をお話ししますね。おー。めっちゃすっきりや。やばい。広い。本来、こんなに広かったのかという。ただね、出しただけですから、まだ物はあっちに眠っております。そして、全出しした結果、じゃ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 ん、すごい！こんなに2畳の空間にね、高さつけて積んであって、コンパクトに収まってますけれど、全部出すと、これだけの収納量があったってことです。
いやもうあんなに狭い部屋の中にこんなに物あるともう渋さん家以上に部屋の中に入ってるとちょっと恐ろしいって思っちゃう。確かにあのコンパクトな空間に僕以上のものありますからね。もう呆然としてますけども、ここね、でもお子さんたちの服なので今から減らしていきます。はい。ということで、まずはですね、長男のかつきくんから服を減らしていこうかなと思うので、かつきくんの服をここに出していきます。結構もともとウォークインクローゼットにぐちゃぐちゃに置いてあったので、改めて整理。はい、ということで、かつきくんの服を全部出しました。こういう風に一着だけハンガーにかかってるものもあれば、ちゃんとカゴに収納してるものもあれば、床置きしてあるものもあったっていう状況でしたね。もうウォークインクローゼットから床置きしてある服を取るっていう生活に慣れてると思うんだけど、率直にどうあれ使いやすい？しゃがんで取って選んでが大変だから、なんかそのまま取って着れる方が楽でいい気がします。なるほど、もうパッと取れる方が楽っていうので、一応あそこに着る服はあると思うんですけど、もうすごいごちゃごちゃしてちょっと選びづらいとは思うので、せっかくなんでもう部屋片付けたら、ちょっとかつきくんの未来の子供部屋を作ろうと思ってます。はい。やったお、部屋欲しかった？欲しかったっす。そう、部屋欲しかったそうなんですがね、もういかんせん2階どこもかしこももう物だらけっていうので、なのでちゃんとこれ服仕分けしてもう専用のクローゼットとかも作ろうと思ってるんで、ありがとうございます。ありがとうございますって感謝されてますけど、いやでもそうなんですよね。お子さんがだからこう部屋欲しがってる中、やっぱこう片付けてないせいで部屋ができてないわけですから、これはもう親御さんの責任です。間違いなく。でもね、今からちゃんと片付けていけば、まだこれからちょうど中2なんでね、多分今から受験勉強とかするときにやっぱ自分の部屋があるとね、いいと思うので、それを目標に今日減らしていきます。はい。頑張ろう。ということで、早速なんですが、カゴに入ってるやつはどういった服がありますか？こっちはバスケット、学校以外で着るものがここに入ってて、普段こう家族と出かけるとか友達と遊びに行くみたいな。とかの時はこっちの服を着てます。で、こっちがバスケ。こっちがバスケです。バスケですね。なんでじゃあ3つかな。学校用、バスケット用、普段のおしゃれ着っていう風にちょっとどれがどの服かちょっと教えてほしいのと分けていきましょうか。はい。これはバスケ用のタオルなんです。おー、すごい。超特急とか準急っていうので、電車の外側にある標識だよね。京都河原町とかあるけど、京都好きなの？阪急が好きで、この阪急の種別です。ああ、なるほど。阪急線の種別。いいですね。好きなラインがあるんだね。それのバスケット用のタオルだね。っていう感じで今、仕分けをしつつですね、これも裏返っちゃってますね。家族みんな裏返す癖が。それは多分お父さんの影響なのか。これはもう小学校の時に使ってたやつ。ああ、ミニバス、小学生時代の服とかもありますね。ちなみに、これいります？なので、もう、ここら辺は多分、サイズも明らかにちっちゃいかな。ちっちゃい。というので、かつき7、絶対7なんだね。これも大丈夫？はい、大丈夫です。なので、もうミニバス時代のちっちゃいのを減らせますね。これもミニバス時代です。これ父ちゃんが値段したやつなのでもう捨てちゃう。これも、お父さんが発注した作ったやつ。はい、チームのために作ったゼッケンというブスですね。お父さんデザインなんですけども、もう写真あるから大丈夫ですね。これもまあ、はい。これも着ている。結構こういう明るめの黄色が好きなのかな。これはまあここと合わせるために。おお、もう組み合わせが決まってますね。これとこれで着てるっていう。組み合わせが決まってよく着てるものはいいです。残しててね。で、これは。これは中学校の体育着。っていう風に結構そうなんですよね。今何気なくおしゃれ着用ボックスから出てきたりしたので、多分ウォークインクローゼットの状態だとごちゃごちゃになると思うんですよね。で、多分体操服どこだっけっていう探したりしません？探してどこにあるって。これは給食当番の時のエプロンです。給食当番の時のエプロンがここから出てきたので、やっぱりなんか仕分けされてるようでされてなかったりしますね。これ特にお母さんが一番困ると思うんですよね。お母さんが朝身支度してこれ持っていきなさいとか洗った後に出す時にどこ行ったっけっていう風に結構探し物多いんじゃないですか。そうですね。うんうん、よく聞かれちゃいます。そうですね。どこ行った、どこにあるとかね。なんでこんな風にもとりあえずぐちゃっと置いてあったので、ちょっとここも減らしながらちゃんと仕分けもしていきます。こちらはこれはこの白い T シャツと合わせる。もう絶対今日一日汚れないぞっていう日に着るためのセット。じゃあもうこれお気に入りなんですね。はい、そうやっぱ黄色好きですね。そう特に普段バスケとか庭仕事的なものも多分外でやってたりするから、たつきくんにとってこう汚れる汚れないっていう基準がまずあって中でもこれは絶対汚したくないっていうこういうものを残した方がいいです。これ絶対着るっていうもの、これは大事にしてもらって、この箱から今4着ですね出ました。結構ありましたね。
いいですね。順調に減らせて、短パン3つ、長ズボン2つ、トップス4つかな。という感じで、ここにはもう10着ぐらいかな。これが全部だったら少ないですけど。という感じでもうこの箱に収まる量になったので、これでおしゃれ着は選別完了です。続きまして、こっち、バスケウェア。これはあんまり使ってないですね。肌が痒くなっちゃった。なるほど。もうこれ使ってると肌が痒くなるっていうので使ってないですよね。それはこれもお父さんがデザインした。おー、すごいでも。これもなので奥の方にありましたね。でも使ってないやつはどんどん奥に行っちゃうっていう。ということで、勝樹くんの服が見終わりました。カゴから出してるこれが全部いらなかったものたちっていうので、ミニバスしかり小学生時代のものが結構出たんですけども。どうでした？ちょっと減らしてみて。初めて服をだって手放したからちょっと不安な部分が。不安があるってことで、今までこう基本的に多分いらない服でってお母さんお父さんが減らしましたもんね。そうで多分初めて勝樹くん自身の手で片付けをやったと思うから、不安もあると思うんだけど、でもこの量から必要なもの探し出すのと、これなくなった状態で探すの、これどっちが楽だと思う？こっちですね。決まってるんで組み合わせがそうだよね。一番が楽です。そうなので、今不安な気持ちもすごくわかるんだけど、こういう風に減らすと、探し物もなくなるし、多分お母さんに聞かなくてよくなるので、ぜひちょっとしばらく慣れないと思うけど、この量で生活してみて、また感想をお聞かせください。はい。続きまして、葵くんの服いきます。ここに全部出し終わりまして、よし、じゃあまずちょっとおしゃれ着から見ていきます。というので、同じく箱に入ってますね。なので、もうこの箱に入りきらない分が床を着されてやったっていう感じですね。で、ここも同じく、もう少しでも迷ったら教えてください。じゃあ、こちらどうでしょうか？いるね。これよく着てる。あったかい。こちらはいます。これちなみにお兄ちゃんの勝樹くんと同じパンツですね。こちらはそれはいらないかそうね、今迷ったもんね。今の感覚めっちゃ大事にしてほしくて、この2つは割と見た瞬間にもういるって言ったじゃん。こっちやっぱ見た瞬間ちょっと迷ったよね。そうってものはいらない可能性が高いので、ちなみにこれはなんでいらないと思いました？色もなんかちょっと目立つからね。この水色はちょっとなんか目立ちすぎてて嫌っていうので、その感覚もでも大事にしてください。なのでこれも手放します。今んとこね、全部手放したの水色系なんです。名は太陽を表すって言いますけど、なんかもしかするとそういうのもあって、青が好きでというか、買ってみたかもしれないけど、着てないということで、こちらはそれもいらない。これもいらない。色ちょっと派手だな。色が派手っていうので、やっぱ派手な色はあんまり好きじゃないみたいです。お兄ちゃんと逆だね。確かにね、お兄ちゃんは黄色とか明るい色すごい好きでしたけど、葵くんはこういうちょっとベージュとか、この黄色も割とちょっとこうサイド低めの落ち着いた黄色だったりしますし、シンプルな色が好きっぽいですね。この辺り一帯がお下がりのおしゃれ着っていうので、大量に短パンがいっぱいあって、もう見た瞬間に全部いらないっていうのを言ってて、ね、多分お母さんが子供服買わなくていいようにっていうので、お下がりでもらって、多分いつか履くかもっていうのを取ってたと思うんですけど、そうなんでこれ実際普段使ってるカゴの中から溢れてたんですけど、服買うときやっぱ基本自分で選んでますか？私が買いに行くけどちゃんと写真撮ってこれとこれどっちがいいって、なのでここ残した服たちっていうのはやっぱり葵くんが選んでるからこそ残してると思うし、もう今手放した服ってねもらい物だから、葵くんが選んでないから好きじゃないっていうのはあるでしょうね。だから人からもらったものって基本的に自分で選んだものじゃないから、よほど運命的なマッチングがない限り合わないっていうので使わなくなっちゃうんで、これはお下がりとはちょっと話変わりますけど、僕はもうプレゼントに物をあげないようにしてますね。趣味思考わかんないし相手のという感じで、普段のおしゃれ着はこれで選別が終わりました。長袖が一個も細かいそう長袖これしかないっていうなのでこういう風に片付けたことによって足りないものというか、長袖はもう一着くらい買ってあげてもいいかもしれないですね。でも多分なんですけど、クローゼットで生活してるから、どんな服が入ってるかっていうとあんまり皆さん頭に入ってないですよね。そうだから今みたいななんか好きなものだけ増えていくっていう、短パンが無限にあるけど上のトップスがないみたいな、毎日洗濯してるから回ってたとは思うんですけど、なんかそういう意味ではちょっとすごい偏りがあったので、あとね、お子さんって結構気に入ったものずっと着るから、意外と大人から見るとこれ少なと思うかもしれないんですけど、意外とみんなね、そもそも学校に行ってたりすると、中学生だったら制服があったり、小学生だから私服で着てるとは思うけど、意外とね、同じのばっか着てるよね。だからね、意外とお子さんって服少ないというか、改めて兄弟の好みが分かるような気がしましたね。それは多分今までだから片付けなかったからという感じでバスケ系も見終わりまして、いるのはこれだけ。そして、いらないものが4着出てきましたね。バスケット用品もいるやつはここに全部収まりまして、どうですか、減らしてみての感想。意外と形捨てるとすっきりする。
おお、いいね。まあでもスルとスッキリしたね。素晴らしい。ということで、葵くんの服も見終わりました。葵くん自身もこんだけ減らしてるし、お下がり全部使わなかったっていうので、いっぱい出ましたね。ということで、ひばりちゃん一番のおてんば娘が来ました。ということで、かつきくんも葵くんも服減らし終わって、残されたのがこれ、一番なんか量が多い感じしますけども、これ全部ひばりちゃんの服。はい一番ちっちゃい女の子が一番服多そうということで、まあ、ここは未来の子供服的なものも、ほとんどそうですね。なんか結構お下がりでもらったものとかがあると思うんですけども、まあ、先にじゃあ今と現在進行形でひばりちゃんが着てる服を出します。まあ、女の子はどうしても服多くなりがちですが、特にね、女の子ってやっぱり服着せると可愛いからっていうので結構お母さん側がね、買ったりもらったりでまたありがたいことにご近所がみんな女の子が多くてくれるんだ。ここがじゃあ今着てる服たちで、こっちがサイズアウトした服、ここが未来の未来のっていう感じで、まあ100、110、120。意外とじゃあ、あれ、着てる服こんだけですか？じゃそうですね。あなんでだいぶいらない服も取ってたっていうのはまずありますね。でその上で100から120センチって着るのいつ頃になりますか1年後、2年後、3年後おー、まあ、1年後の服はまあまず取っといていいかなっていう。じゃあまず直近1年で着るであろう100サイズの服からちょっとどんどん出していきます。ちなみにこれどう？好きじゃないそんな気がしましたこれ。じゃあこれ大丈夫ですね。これは多分着ないと思います、おそらく。今着てる服の系統がピンクだったり、割とザ女の子なっていうので。着ない着ない？ああ、やっぱそうなんですね。なんかここがさっき保留で迷ってたやつなんですけど、あんま着てないんですね、やっぱ。なるほど。あ、やっぱりそうですね。多分そっちになるのがよく着てますもんね。あと今ひばりちゃん3歳だから幼稚園行ってますかね。来年から何か幼稚園に行くとよくあるのが日帰りとかで渡したやつのプレゼントか。でも幼稚園もありそうです。ありますよね。まあなのでちょうど年齢的にもちょっと量が必要になったり、まあ例えばよくある保育園とかだと着替えようっていうので、お子さんが着てる服とは別で2セットまた別に持っていくから、まあ結局3着ぐらい持っていかないといけない。で、それをローテーションすると、お子さんの服がまあ常に3、4セットぐらいは取っとかないといけないみたいな、あると思うんですけど。これとこれどっちがいい？ドラえもん。ドラえもんでこれない2年後だからひばりちゃん5歳の時ですね。 5歳。はい。変わってそう、まあ5歳の時は多分趣味思考結構変わってると思います。ね。まあなので、まあ未来の子供服をどこまで残すかってところで言うと、まあ一旦1年でいいんじゃないかなと思いますね。これはなんか絶対変わりそうな気がする。変わりそうだし、またもらえますよね、おそらく。いやもうもらわないようにした方がいい。もらわないでちゃんともう好きなものを買って着る服を買う方がいいね。そうですね。なのでもう残すのはちょっと直近1円分だけにします。ああ、これいいですね。手軽なひな人形セット。剥がしたりできるのね。おお、すごい。これいいですね、でもなんか。お子さんがいるご家庭行くとみんな、だいたい物置の奥の方にひな人形が置いてあって、使いたいからっていうのでみんな残すんですけど、意外とお子さんだったらもうこういうので詰まっちゃってもこれすごく便利で。で、使うもんだけこうやって取れるんで、安全ですからね、これだったら。意外とひな人形落としたり割ったり、角が立ってたり、でかいしっていうので、感じでリュックがいっぱい出てきました。どれが好き？これは取っとく。これちょっとでかすぎる気がするけど、まあ来年の保育園用と今使ってるやつ、この2つあれば大丈夫ですね。はい。これ可愛かったんですよ。お子さんが今よりちっちゃい時に着てたジンベエですね。まあこれは要はサイズアウトしてるけど、可愛くて思い出として撮ってたっていう。この辺りはもう大丈夫ですかね。はい。まあ動画にも残しておきますので。お手製です。これはお母さんお手製で作って思い出があったものですね。これは今よりちっちゃい時に使われた。多分もう赤ちゃんの時、生後1年以内ですよね。はい。の時とかに被せてたお母さんが作って思い出があると思いますが、どうされますこれ。はい。もう大丈夫です。大丈夫ですね。はいいいですか？でもね、思い出ありましたもんね。ということで、ひばちゃんの服は、これ今着てる分がこの箱、未来の子供服1年分ですね。ここも、保育園に入るまでの服がありますので、これだけあれば十分足りますね。はい。だけど、こんだけいらない服あったんですよね。そう、ウォークインできないクローゼット、床がごちゃごちゃしてましたけど、もう原因のほとんどここですね。そう、で、これもうね、3年先の服とかあったりするから、3年先になるともう6歳、小学1年生ですし、もうランドセルとか含めて、こう自分で選んで、これ欲しいっていうようなタイミングになってくるから、まあ、取っといても多分趣味思考も変わってくるしっていうので、もう大丈夫ですね。まあ、お母さんの思い出のものも一部ありましたので、頑張りましたね。おー、偉い。持ってきてくれる。
はい、ありがとう。ということで、なんと、ここに今、お子さんたちの残した服たちを全部まとめてます。3人、仲良し。このお子さんたち3人の服、全部、ここに収まりました。ひばりちゃん、これがかつきくん、あおいくん。3人分の服、全部ここにまとまって、こんだけ減らしてますから、そりゃ綺麗になるよね、というので。ちょっと感想を聞いてもいいですか？あそこの辺ギュッて収まってたから自分のものあんまないなと思ってたけど、意外とこっちいらないもの見ると結構たくさんあって、なんかすっきりして目覚めがいいっていうか。おー目覚めがいい。いいですね。それこそ、毎朝学校行くときに、やっぱり服着替えるじゃん。っていうときに、朝起きて服選ぶのめっちゃ楽になると思う。あ、そう。なんで、そうすると朝の時間もゆっくり使えるし、それこそミニマリストのね、メリットでよくこう服減らすと、毎朝のね、コーディネート短く楽になるっていうのありますけど、これ大人だけじゃなく、お子さんたちも共通なので、通学の時楽になりますよ。はい。というので、皆さん大喜び、大満足です。じゃあこれウォークインクローゼット戻します。じゃあひばちゃん持っていこう。おー、いいね。テコテクテク。すごい、ひばちゃんが片付けるようになりました。でもこれ割と冗談じゃなく、ちゃんと今後片付けて、お子さんたちの服がここっていう風に分かるようになったら、これ一目瞭然ですよね。そうすると今後ひばちゃんとかもちゃんと取りに来たり、片付けるようになる可能性ありますね、ちっちゃい子も。男の子2人ももう分かりやすいよね、これ。一目瞭然というので、ちゃんとウォークインクローゼットになりつつあります。というので、いらない服をひばちゃんが詰めてます。今まで着てた服たちだからね、感謝をしながら手放していってます。でも僕も実は小学校で授業したことあって、なんかその言われたのは、取捨選択の大事さを子供たちに教えてほしいっていうので、ご依頼いただいて、で、お子さんたちの、ランドセル中身語っていたんですけど、今ちょっと置き弁とかあるもんね。教材を学校に置いたりとかするっていうのね。だからこうちゃんと忘れ物しないようにとか、ランドセルも重いですからね。無駄に荷物詰めなくていいようにっていうので、子供たちにミニマリストの授業をしてきたんですけども、今の時代本当にそれこそスマホだったりとかで情報も溢れてるし、こういう子供服とかも最近だったらこうシーインとか安く買えるところもいっぱい出てきて、簡単に物が手に入る時代だからこそ、やっぱちゃんと片付けを教えるっていうのはすごい大事だと思うので、そういう意味でも今日はね、ご家族みんなで片付けていい機会になったんじゃないかなという感じで服が減らし終わりました。残りはですね、空箱だったり、寝具だったり、いろいろ雑多に服以外のものがまだ残ってるので、引き続き減らしていきます。じゃあまず、空箱いきましょう。これ全部ちなみに空箱です。もうこれはもう軽いです。空箱です。いりますか？偶然捨てます。ここら辺も、レゴですね。レゴの空箱というので。でもこれ、すごいスペースの無駄遣いというか、何気にかさばるんで、これ。もしかしたら売るとか。なるほどなるほど。売るからっていうので、特にね、お子さんの玩具って意外と高いんですよね。意外とアンパンマンシリーズとか需要があるからメルカリ高く取引されてたりとかで、これ別にお母さんに関わらず、もう全国のまま意外とお子さんって興味関心の移り変わりが早いからっていうので、外箱取っといて売るからっていうのを取ってたりするんですけども。もちろんなくても売れますし、少しでも高く売ろう高くこれももう手放し大丈夫です。と。はい。というので、もうここ明らかにいらないものいっぱいあるゾーンなんで、どんどんいっちゃいます。これは未開封のラッピング用紙がいっぱいあります。これダイソーですね。クリスマスが3週間後ですけど、全部使います？使わないし。これ最近買ったものでもないですね。そうクリスマスより最近買ったとかでもなく、もう何年も前から。これは処分で。でもこれもったいないです。これだって、この4つ未開封ですからね。何気ないですけど、でも400円分あるので、使うこともなく捨てられてるんで、これはちょっと反省ですね。100均とかってやっぱみんな安いからっていうので、つい買いがちなんですけど。100均やめよう。でも本当そうなんですよ。物が多い家庭は本当に100均でみんな安物買いの銭入しないめっちゃやってます。ヨガマットはヨガ最後に行ったのは、2年前。もう通ってないヨガ。チャレンジするのはいいけどね。今はね、おそらく、もうこっちですからね。スピードスター勝つと、スピード王に俺はなるっていうね。今はね、これで多分忙しいと思うので、大丈夫ですね。これ、ほぼお母ちゃんだね。このウォークインクローゼットほとんどお母さん、ちょっとお母さん頑張ってもらいます。大量の上履きが出てきまして、これあれですよね、大きくなるからっていうので、未来の上履き。どの子がいつ履きそうですか？青いが来年ぐらいかな。じゃあその一足だけ残しといて、他ちょっとボロいですよね。だいぶちょっとこう、ボロくなってきてはいて、じゃあこの綺麗な一足だけ残します。着々とこんだけの不要品が出てて、最後、これですね。お子さんの思い出の作品など、ここはね、さっきのス
スピードスターのうちはしっかりまあこれどっちかというとお母さんがちょっと思い出があって残してたものとかですよね、なんでまあここ今最後ちょっとまとめて思い出のもの見てるんですけど、まあお子さんが取っときたいってやつはもう渡してあげて、いらないやつは捨てるか写真撮って捨てるか言ってましょう。道徳ファイルとかがすごいこういうのが可愛くて撮ってたと思うんですが、これは写真撮ってですね。はい、次。あ、これはいい。いらない。それもいらない。Oh no。いらない。そう欲しいのお母さんだけっていうあと何気にねウォークインクローゼットにあったさっきのプレジデント見てください。これ子供が集中する部屋っていうので集中できない部屋でしたね今まで。そうですね。これちなみにどちらお父さんお母さんどちらが私が読んでました。勉強意欲がぐんと上がるとかまあなのでここで勉強をしたのはすごくいいと思うんですけど、これ今どうしましょうか。読みました。読まないって。とかでも全部いります好きなんだよね。なんか全部じゃないかも。でもやっぱり子供が集中する部屋っていうので綺麗なんですよね。お部屋の子はやっぱいないですね。あ、やろうとしても勉強道具が見つからない部屋を改造っていうので、やっぱり共通してるのは物が散らかってて何がどこにあるかわからないとか、カオスになってたクローゼット改造とか、今カオスでしたね今まで。そうですね。でももう大丈夫。こんだけ減らしたらもう整理整頓できますので、探し物もね、すぐパッと見つかると思うし。でまあ、かつきくんがこれだけ読みたいっていうので、じゃあこれだけ残して、他は処分で。思い出系も、ここもろもろ処分で、まあ、残したものはもうこのアルバムとこれだけですね。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ということで、ウォークインクローゼットにあったもの、減らし終わりまして、なんと、こんだけの不要品が出て、いるのこれだけ。もういるのこれだけで他全部減らしてますから、ここ全部手放します。いかがでしょうか、ここ減らし終わりましたが。ちょっとギャップがすごすぎてびっくりしてる。僕物の所有はコストって言ってるんですけども、使わないもののために保管する家賃代もかかってますから、すごい空間の無駄遣いでしたよね。はい。特に僕は結構お母さんのものが多かったっていうので、過去の懐かしい思い出のものとかいっぱいありましたもんね。いっぱいありましたね。時間かかっちゃいましただけど、いやでもこんだけ減らせたら上出来です。もうお母さんももう黙々と減らしてたんで、どんどん手放せるようになってきてますね。あ、よかった。素晴らしい。じゃあ必要なものをウォークインクローゼットに戻していきます。じゃじゃんということで全て戻しまして、広いすっからかんですよ。本来必要なものだけを置けばこんなすっきりした空間ができます。おー、ウォークインです。足踏みできます。で、こんな感じで、こっちがお子さんの服、こっちがその他って感じなんですけど、まあ、ここをお子さんのクローゼットにして服を、ハンガーないですよね。あ、今持ってます。そうですね。多分今までこういう風に畳む収納が習慣になってたと思うので、まあ上の勝樹くんの服とかはもう吊るしてあげた方が綺麗になるかなと思いますね。そうだな。まあこれでもいいんですけど、なんかラック1個減らせそうな気もします。減らせると思います。そうさっき旦那さんと話してるでしょ、こう減らしたよねって話は、でまあ、ちょっとね使いづらいし、こっちなくしちゃいましょうか。そうですね。これ手放します。初めて録音解除だ。という感じでこれ手放します。いいね、長男力持ち。気をつけてね。ひばりちゃんも手伝ってくれてます。ということでウォークインクローゼットがどれくらい広くなったのか。おお、すげえ広い。こんなに広かったんです。ということでここ手放してすごい広いです。ちゃんとまあもう少し整理はするんですけど、全然まだ置けますからね。そしてなんとこっちにはねコンセントがあったんですよ。知らなかったですよね。というので素晴らしいクローゼットになりました。じゃじゃじゃん、お父さんがご飯を作ってくれています。ちょっとランチ休憩ということで。豚汁すごいなんか丁寧に仕込んで美味しそう。さっきなんかお子さんに僕の本読んでたのか、本に1日1食って書いてるんですけど、それでお腹空かないんですかって言われて、昨日本当にチョコレート出してもらったのと、で終わった後にサウナ行ってスーパー銭湯の食堂にあったなんかサーモンのお茶漬けがあって、それを食べて、あとサーモンのお刺身2人前頼んでひたすらサーモンした。今のおにぎりも鮭だったんですよ。そう、この鮭のおにぎりを食べてました。あ、それも美味しいです。本当だ。おお、大人の鮭明太。大人の鮭明太うまそう。そうですね、ここからちょっと後半戦です。エネルギー補充していただいて後半戦頑張りましょう。てるさんから豚汁をいただきました。ありがとうございます。昨日もお子さんたちがマジでうめえってチャーハン食ってたんで、これも美味しいはず。あ、うまいです。体に染み渡る。これはお子さんたち毎日こんな健康的で美味しいご飯作ってもらって幸せですね。甘くて健康最高。もう最高って言ってますよ。ということでランチ休憩が終わったので、こちらですね、子供部屋今ちょっとねゴミ置き場になっちゃってますが、この後ゴミ処理場持ち込みます。
で、その前に、この周辺が、葵くんのバスケット用品だったり、おもちゃ、ひばりちゃんのもあるけど、一旦葵くんのものちょっとお二人で見てもらいつつ、で同時並行で、かつきくんとお父さんは上行って、鉄道系のやつ、おもちゃ一緒に見ます。でね、かつきくんがちょっと一緒に片付けの時間取るのは今日までなので、ちょっとかつきくん優先で一緒に行きましょうか。はい。ということで2階に上がってきまして、ここですね。ここにかつきくんの、鉄道のおもちゃ、レールとかがあるので、ここを見てもらいます。これかつきくんのものがほとんどかな、それとまだ一部は私のものもあるかもしれないですね。そうですね。で、かつきくん本当に電車好きで、さっきもですね、ちょっと僕この後幕張メッセに行って、ヒカキンさんのライブとかを見てくるときにちょっと電車調べてたんですけど、そしたらもうめちゃくちゃ詳しくて、幕張メッセ行くときは、武蔵野線だったらそのまま幕張行けるけど、埼京線だったら池袋行って新木場行って、そこから京葉線で幕張行く。めっちゃ詳しいんですよ。もう Google マップ聞かなくても、かつきくんに聞いたら解決するっていうくらいめっちゃ詳しくて。そういう意味でちょっと思い出がある鉄道系なんですけど、これ全部いりますか？ここの上のやつはいるけど、この中が何かこういらないやつがあるかもしれない。ほとんどいると思う。もともと僕が来る前にも、2つ以外は捨てていいよって言ってて、バスケと鉄道品以外は捨てていいけど、これは逆に残したいってですもんね。なので、多分それでもいらないものは多少あるので、見てうまくちょっと整理する方法を一緒に考えましょう。はい。ちなみに遊ぶときはどこで遊んでるこれ？ここの部屋か布団の部屋を片付けて広げてやる。なるほどなるほど。この箱が多少ちょっといらないになるかもと思ったんですけど、これ空箱なんで売ってます。これも同じのがあるから。全く同じものが2つ。神戸電鉄ですね。やっぱりなんか阪急とかそこら辺が好きなんですかね。はい。というので、何気に1個3348円。結構します。鉄道系って意外と高いですか？いや、これ高いっす。なんか意外と高いイメージありますよね。この阪急電車の、これいくらか覚えてる？わかんない。父ちゃんがね、買ってるから。これなんとですね、13000円です。僕全く鉄道詳しくないから、僕がすると、ただのプラスチックやみたいな。っていうので、もうこれ言いますね。はい。これは大丈夫です。これは大丈夫。これ何の鉄道ですか？阪急です。阪急。8300系。阪急っていうのは、大阪走ってるやつですか？神戸と大阪と京都。京都河原町とか。高級住宅街とかを走る。父ちゃん、これは使うので。そこなんです。なんか、そこなんですって。どういった話でしょうか？息子の遊べるようにジオラマをリアルな駅を作ろうと思ってて作ってたんですけど、ここで一回止まったまま何年ぐらいだ2年か3 2年年かぐらいなるほど。めちゃくちゃリアルに作ったとはいうものの、全然半端ですね、これ。半端なまま、もう2、3年の時が経ち、いつかやろうと思い続け、一向にオープンしない一向にオープンせず、この書斎の後ろに埃かぶってるという。で、そのパーツがこれなんですけど。なるほど。これがそのパーツ。これはそもそもどうしたい？俺はせっかく作ったから活用したいって思う。父ちゃんに頑張ってこれぐらいはつけてもらおうかはい、わかりました。で、これはもう頑張る。な。はい。これは頑張るね。はい。いいのね。父ちゃんも捨てようかなと思ってたけど。そしてまだまだ実はそっちにも置いてあった電車、鉄道系がまだまだ出てきます。これさっきと同じのか同じやつを何個も買うんだね、鉄道系って。これも空ですね。こういったものはどんどん捨てましょう。父ちゃん、これは何作ってるの？これがいわゆる父ちゃんがなる作ろうと思ってたやつの父ちゃんゾーンが出てきました。これすごい。堀がすごくて、喉が。これはいりますか？知らないのです。マクラーレンマクラーレンって言うんだ。F1 が好これきなので作ったの？途中までね、実はこれわお、大量のマクラーレンが出てきました。すげえな。未開封ですけど。これ売ったら売ろうと思ってた。これ高いんですか？ディアゴスティーニのやつで全部で8万でした。わお。買った時で8万。プレミアついてたらもっと高いのか。で、ここに番号が振ってあるんですけども、これ買い揃えていくと揃うよってやつ。そうですね。徐々にこう作ってまた買って作って買ってみたいなのを続けてで最終的に組み上がるはずだったものです。あれもだよね。
はい、あれがあと2箱あります。これが2箱ありますね。これ、1からありますもんね、多分。うんまあ、これ単体は1450円で、まあ、買われてないですね、いっぱい。まあ、これセットで売ると価値があるのかな。じゃじゃじゃんということで、これ、7万5000円で買われてますね。まあ、相場それくらいかな。まあ、なんでこれは売ってください。はい。これ、後ほど売る時の経過報告出してもらいます。お母さんのものと合わせたら多分もう12万くらいになりますよ。旅行行けます。いけますね。旅行2、3回行けますよ。すごい、週刊マクラーレンがすべて段ボール3箱ギチギチに。ってことはこれ全部売ったら7万円になるので、これはもう売ってください。はいお。願いします。お子さんの笑顔のために売りましょう。これいつ頃買われたものですか？ 2010年ぐらいに買ったやつですね。おー15年前。お父さん F1 が好きなんですか？はい。車好きよりは F1 好き。あ、まあ車好きですけど、F1 もよく見てるので、おお、なるほど。なんか F1 見に行ったり乗ったりしてたんですか？見には行けてないんですけど、ずっとテレビで見てる人です。おお、なるほど。そうだね。まあこれは当時の趣味で好きで集めたと思うんですけど、もうこれはまさにコレクターでしたね。はいこれ以外そういうのあります？これ以外に、そういうのはないですね。多分もう20代の頃とか若かりし頃の趣味です、そうです。仕事で忙しくなって一切無理でした。というよりは、まあ作るほどの今熱量はないですよね。まあそういうことですね。うん、そういうことです。別に本当に作りたかったら時間は作るだろうから、みんな趣味のもの、女性だったら刺繍がしたいとか、プラモデル作りたいとか、みんなやるからって言うんですけど、結局忙しいから優先順位上げずに、やる詐欺でやってないっていう。まあ結局もう今、こんだけの熱量がないってことなんですよね。何ですかこれ？これは線路のカットしてですね、実はこうレールがこうなってそれをこする。なんかイメージはついた。も電車のイベント行った時も。らったんだ。もうこれ電車好きの人がたまんないパーツなんですね。これいる？ああ、でしょ。いや、お、よっしゃ。迷ったあげく手放します。これは。これは仕事でいただいた名刺ですね。すごい、ここ大量の名刺でお仕事柄ね、いっぱい名刺もらうと思うんですけど、ちゃんとファイリングしてありますが、見てますか？見てないです。そもう誰も覚えてないかもしれないです。う。何年ぐらいありますこれ？ 3年ぐらいあればいい方なんじゃないですかね。だからそれプラス今までもらった名刺もあるので一部です本当に。でも今の時代ってなんかこう、まあお仕事にいろんな人あると思うんですけど、なんかそこからこうちゃんと仕事につながる人とかってもうその場でちょっと LINE とかお父さん世代だったら Facebook とか交換しますよね。はい。でまあ紙の名刺もらってそこからいつかまた仕事するなんてことってないから、僕ももう名刺もらったら基本捨ててます。で、はいもう何かこの人となんかありそうと思ったらその場でちゃんと連絡先交換するから。そうですね。で、みんな名刺はいつか仕事になるからって言うんですけど、名刺そのものを取っといてもお金にはなんないですからね。そうです本当に。っていうので、名刺に価値はないので、お願いします。はい。いいですね。お父さんのものも結構ありましたね。なんじゃこりゃ。あ、通帳とかですね、ここは。っていうものがもういろいろ混在してます、ここ。鉄道からマクラーレンから紙の本から通帳名刺いろいろ、そしてこんな本がファイリング、混沌のマネージメント、脱整理術。今じゃないですか。まあミニマリストもそういう整理術のそのアンチテーゼとして生まれてるものだと思うんですけど、そもそも整理しないでいいように物の数を根本から減らそうっていう考えで僕はもう整理整頓とかしたくないんで、ズボラな人ほど物を減らすといいよって言ってるんですけど、同じようなこと書いてました。はい、似たようなもんですね。はい。ね、でもこういうのをちゃんと読んで学んでるくらい、ほんとね、悩んでて、僕に申し込んでくれてるので。ずっと読んでたんですけどね。まあでもこれもちゃんと読んでますね。そうはいじゃあこれは手放せ大丈夫。はい。うわ、懐かしい。これは専門学校の時に作ってたデザインの。ひどいね、これ。ひどいデザインだってありますけど、自分が専門学校でデザイン学んでる時の過去のポートフォリオみたいなね、作った作品集みたいなのがあるんですけど、これを恥ずかしいと思えるってことは、これ成長してるって話ですから。逆に言うと、過去を恥じることがない人生って、それ成長してないってことなんで、怒るべきことですよ。恥ずかしいっていうのよかは。った。いや、僕も昔の自分の YouTube とか見ると恥ずかしいんですけど、すっごい陰キャな感じで、ネチネチ喋って、なんか聞こえづらいみたいなの。もう一番最初の動画とか見るとそんな感じなんですけど、なんか最近僕、いろんな人に内向型ですって言うと、渋さん内向型じゃないですよねとか言うんですけど、うん。もう僕診断何回やってももう完全内向型なんですけど、でもこれはどんどん YouTube で喋って訓練重ねにつれてどんどん上手くなってるから、っていう風に僕も過去の自分を見ると恥ずかしいし、うん。思えてるってことは成長してるってことです。そうですね。そうそう、だってお仕事にしてマイホーム持ってお子さん3人持って車もありますから、はい。成功してます。ここからもっと成功しなきゃね。というので、どんどん減らしていきましょう。はい。というので、着々と減らし終わって、床が空いてきた掃除機をかけてます。この Amazon の箱から、これなんだこれがさっき昨日見たやつだ。ジオラマですね。これはいるやつ。いります。
なのでちょっと後ほど、お子さんの鉄道系とかを見つつ、部屋作るんですけど、ここまでは残していいよっていうと後で決めましょうかね。無限に残しちゃうと、そうそうずっと変えちゃうし。すごい、床が開きました。じゃじゃじゃんということで、あんだけ減らしてますから、逆に残したのは全部、あとかつきくんのおもちゃ、エリアスだけ残しまして。すごい、ミニマリストみたい。手前だけミニマリストですけど、ここも多分30分ぐらいで終わりましたけど、ずーっとこの状態だったんですよね。そうですね。2、3年はこんな感じだったね。でもようやく、こんだけ広いんですよ、本来。うん。なんか、かつきくんのものがありますって言ったけど、意外とお父さんのものもね、あっためっちりして。ゃありました。なんで、あんだけおもちゃ一旦あれば大丈夫だね。という感じで、ここは終わりました。はお疲れ様です。ありがとうございます。はい、ということで僕たちも片付け終わって下で片付けていた葵くんとお母さんにも見てもらいまして、こっちがいらないやつでこっちがいるやつかなということでゲーム系を見ていただきました。ありがとうございます。意外といらないのあったね。もう遊んでないゲームとか Wii 懐かしいなこれ。リンクのボウガントレーニング懐かしのゲーム機なのでこっちは手放して残ったのはこれだけですね。あとひばりちゃんのおもちゃが多いって感じですね。ひばりちゃんは明日一緒に片付けような。大変なことになってます。昨日今日でめっちゃ減らしてますね。なんということだ。ひばりちゃんが小さく見える。というので、昨日今日2日間でこんなに減らしてます。すごい。スタンディングオベーション。ということで、今日はですね、朝9時から始めまして、5時間半やってますね。ちょっと今日はですね、僕はすいません、YouTube のイベントにちょっとご招待いただいて見に行くから、ちょっとその関係で、早めに終わらせていただいたんですけど、その分明日長めにちょっとやりますので。というので、でもそうですね、この短い時間でも今日、ウォークインクローゼットと書斎が終わりました。素晴らしい。ゴミ袋だけではなく、収納ボックスも大量に積み上がってますね。これを今からゴミ処理場に持ち込みます。ということで、車に積んでます。すごい、ファミリーカー、広いですね。あそこにあったゴミ全部積みましたね。やり終えると意外と、もっと早く捨てとけばよかったなと思いますよね。いや、思いました、すごい。もしかしたら片付けてすぐできたのかなとか思いつつも、やっぱでも渋さんに来てもらわないとわからなかったコツだなって思いましたね。きっかけは作らせていただきましたけど、やっぱ減らしたのは、ご家族の皆さん、本人たちなんで、皆さんの頑張りですよ。いや、でもこんなに自分が思い切って捨てれるとも思ってもいなかったので、これでももしかしたらまだ足りないのかなってぐらい今思うようになってきました。おー、いいですね。まだまだ減らせます。明日が本番です。明日は長時間、もう少し時間かけてやるので、果たしてどこまで減るか楽しみです。という感じで捨てに来ました。ということで、空になりました。片付けはいる、いらないを決めるだけじゃなくて、ゴミに出すまでが片付けですので、お疲れ様です。いや、ありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、今日はこんな感じで終わります。また明日3日目、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、3日目、おはようございます。おはようございます。おはようございますということで、変わらず玄関が綺麗。いいですね。玄関が広いっていうのは本当に気持ちいい。そしてですね、昨日僕が帰ってからちょっと一部宿題で、今日来るまでにちょっとひばりちゃんのおもちゃですね、元気な子なんで、多分僕がいない時の方がはかどるだろうということで。いいっすね、ひばりちゃんでも聞いたら、このアンパンマンのこれいらないんですか？はい、別の楽器があるんで、そっちのを選びました。おー、意外な。今日のひばりちゃんと一緒に片付けていただいて、これいらないと言ったそうで、素晴らしい。おー、めっちゃ綺麗になってる、ここ。すごい、めっちゃ片付けましたね、ここ。そして、ひばりちゃんは絵本を読んでます。素晴らしい。おもちゃを減らし、本を読む。すごいいい子になってる。そしてですね、お母様には、ここ宿題として、水回りですね。この洗面所のここにあったものをですね、今ちょっと片付けていただきつつ、で、僕たちはその間に、上の書斎を片付けようと思います。じゃ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 んということで、ここの書斎を今からやっていきます。書斎という名の漫画部屋って感じになってますね。そしてここの本棚はですね、もやしもんの漫画ありますね。とか、後ろにそのまんま缶ビールの空き瓶だったり、いろいろメガネやら雑多に入ってたりするし、アルバム、思い出のものだったり、素敵な家族写真。いいですね。ちなみに結婚されたのおいくつの時ですか？僕が25で、奥さんが26ですね。お二人ともお若い時に、僕はまだ30歳になっても相手もおりませんので素晴らしい。そして今日旦那さんの格好がですね、もう気合入ってますね。オーバーオールで作業する気満々。でもどうですか？もう本当に服減らしてから選びやすくなったと思いますし。ああ、もうそうですね。もう今日はこれ、今日はあれ着ようって、もう選びやすくなって。そうですね、即断即決して服を選び、もう気合バッチシです。はい。ということで早速、紙の本や書類を減らしていくんですけども、まずですね、僕
枠の裏に明らかなゴミと呼んでいる空箱たちがあります。これすべて空です。そしてもう埃かぶってしまっています。うわ、懐かしい。僕が生まれてる時には多分発売されてないであろうものたちだったり、任天堂 DS ライト。うわ、これよく遊んだな。けどそういったちょっとレトロゲームの外箱だったり、アドビのソフトの空箱だったり、こんな MacBook セットってなんだこれ。すごい。こんなのがあったんだ昔。時代を感じますが、さらにここだけではなく、あっちにもすごい iMac って書いてありますけども、もうレトロな、当時の Apple のね、箱ってこんな商品名がバンって書いたんですね。今はこういう感じで商品写真だけ載ってるって感じですけど、昔は iMac って書いてたんですね。しかも隣にもすごい Mac のデスクトップパソコンですよ。パワーマック G4 ですね。おー、すごい。もともとデザインの専門学校行ってたということで、当時使ってたものとかですか？これはもう専門の時かに親に買ってもらったやつなんですけど、もう20年前以上の。今の Apple のデスクトップパソコンってゴミ箱ですからね。黒の筒状のあれですけど、とかiMac ちっこい四角のお弁当箱、もうすごい手のひらサイズにちっこくなってますけども、そう考えると重たい。そんだけテクノロジーが進んだ証拠ですね。今は全部クラウドだったり、もうあんなソフトなんてないんですけど、ね、ましてやAI が何でもやってくれる時代だから、こういうソフトも必要ないしっていうので、よし、ということでまずはこの外箱をどんどん減らしていきます。もうこれ、明らかに使ってないと思うんですけど、こう撮ってる理由っていうのはやっぱりなんか当時の思い出だったり、このパッケージがなんかレトロで可愛いなとか、そういう理由ですか？まあそれもあるんですけど、もうパソコンが壊れてデータを初期化できない状態になってて、でそれをやるために行政に出さなきゃいけないんですけど、それをずっとめんどくさがって。そうですね。昨日もメルカリにちょっと出そうとしてた、マクラーレンしかりあれも高く売れるからっていうので、残しといて後回しにしてたものと一緒ですよね。はい。そしたらこれももう宿題で必ず、業者さんに出していただくのをやっていただきます。はい。おーすごい。昔の MacBook です。初めて見た俺。昔の MacBook 今 MacBook Air の時代ですから、こんな時代があったんですね。でもなんかやっぱね、古いけどやっぱなんか Apple 補正なのか、かっこよく見えますね。今見ても。いつ頃のすごい。だって DVD ドライブとかついてますもんね。今こんな物理ボタンないですからね。タッチパッド。iBook G4 ですから。歴史を感じます。LAN ケーブルもあるし。何このテレビ線？電話のマークがついてるんですけど。懐かしいっていうので、やばい。見てると懐かしくなって手が止まっちゃうんで。これ、手放します。はい。さあ、これは面白いですよ。昔の Apple のシネマディスプレイです。おー、スケルトンデザインになってるのは時代を感じますね。すごい。これ別にケースつけてるわけじゃなくて、最初からこれなんですけど。これ、パソコン用のディスプレイです。今もスタジオディスプレイって言って、専門職の人が使うやつありますけど、それの古いバージョン。すごい。でも、やっぱり当時からするとこれすごい洗練されたデザインだったんですよね。そうですね。これしかも画角が16対9じゃないんですよ。確か時代を感じに。4ます。対3とかのそうです。そうですね。写真サイズですね、今の。まだ Mac が。無限に出てくる iMac。お部屋にも2つありますからね。はい。iMac 大好きなんですね。もうずっと Apple。もう美しい Apple 信者ですね。ということで、すごい、外箱なくなっただけで、廊下がこんなに広くなりました。だってここ、お子さんたちも含めて、毎日寝る時にも通る道ですから、今までずっといらない外箱でここ待ったの、今冷静になると、すごいもったいないことしたなと思いますよね。いや、もういますね。もう明らかないらないものだったから、ここ。どんどん書斎を片付けていくんですけど、下ではですね、いいですね。ひばりちゃんとお母さんが一緒に片付けてます。今は何を片付けてらっしゃいますか、二人で。パンツをあ、そうですね。ひばちゃんの。はい、いるいらないを聞いて、いるものだけ今しまってます。いいね。偉いね。お片付け楽しい。今日冷たいです。ということで、ちょっと引き続きお願いします。また段ボールがありますが、まだまだ出てくる空箱、すごい。おぉ、iMac。一番でかいですね、これ。27インチ。今使ってるやつですよね。あ、これ今使ってですね。今使ってるやつですが、仮に売るってなっても、外箱なしで売れます。ほとんど値段に響かないので、手放しちゃいましょう。はい。わお、すごい丁寧に梱包されてます。スポンジまで入ってて、処分が大変だ。なんかこういうのもね、梱包が丁寧ゆえにありがたいですけど、処分大変ですね。いや、大変。しかもこんだけ溜まってると、後が本当に大変なのがよくわかります。
ほんとそうで、一見こんな外箱さっさと捨てればいいじゃんってね、皆さん思ってるかもしれないんですけど、これね、ほんと、たまりにたまると、この解体作業そのものが大変だし、僕たちはまたね、昨日みたいにこれゴミ処理場持ち込みますけど、そのゴミ処理場に持ち込むとか、これを小さくしてゴミ袋に入れるっていう作業も考えると、どんどん億劫になって後回しにしていくっていうね。そうなんですよ。だからこの悪循環に陥らないためにも、皆さん買って、もう使わないと思ったらすぐ捨てるっていう、溜め込まないのが大事です。よいしょということで、ぺちゃんこになってる一方で、まだこっちはですね、なんか最後、記念に撮影したいっていうことで、歴代の古いアップル製品たちをすごい並べて、アップル名品館みたいになってますね。おお、下の外箱を捨てただけですごい広く感じる。ということで、着々と床が空いていっておりまして、続きましてですね、ここを全部出していきます。もうこれ、一旦空にします、全部。空にして、先に、ここの必要な漫画全部入れ込みます。おそらくここの漫画は捨てないですよね。ワンピースとか。そうですね。でもこっちの方が入れないものがいっぱい入ってそうなので、先になる理想の状態作っちゃいます。全部出して漫画入れ込んで、で、溢れた収まらないものをどんどん減らしていきます。OK です。ここら辺はそうだな、ちょっと出しながらいるいらない見てもらいたいので、これも。珍しいビールだなと思ってで置いてたんだけど、もうわかんない。そうですね、空き瓶がもやしもんの後ろにあったんで、これも手放します。というので、ここの棚面白いですね。ディール・カーネギーさんの人を動かすとか、確率思考の戦略論。これは最近沖縄のジャングリアをプロデュースしてたマーケターの森岡さんの本。これ名著ですね。他にも考えるデザインとか。ここに古の T ポイントカードがあったり、今 V ポイントの時代ですから、とかなんか古いクレジットカードの束があったり。なのでここはてるさんが勉強頑張ってきた歴史も感じるとこですが、どんどん出してみましょう。はい、結婚指輪が。結婚指輪。大事な結婚指輪がどえらい奥から出てきましたけど、もうこれ存在忘れてましたよね、場所。これは実は外出するときにはつけてるんです。隠す意味でここについてるみたいな。いや、自分の覚えてる理科がここになってたっていう。なるほど。これは大事なものですし、はい、だからその絶妙な1円玉入れ。こういった小銭、多分ね、もう財布とかポケットに溜まるのが嫌で、ここに入れちゃってると思うんですけど、もうこれくらいの額だったら、もうなんか募金箱入れちゃうとか、もう小銭まとめて郵便局に持ち込むとかして、もう極力小銭に溜め込まない方が、はい、そうですね。懐かしいみたいなのがありますよね。これいつ頃ですか？高3ですね。てるさんが高校の時、そしてもうこれね、どえらい奥にあったんで、久しぶりに見たって感じですよね。はい。なのでここ、飾ってるようで飾れてないんですよね。そうですね。そう。じゃじゃんということで、全出しが終わりまして、ちょっと埃もすごいので後で拭きますが、こっちがすごいまた大変なことになってます。せっかく昨日語ってたミニマリスト部屋がまた物まみれに。というので、書斎の本棚にこんだけの収納量があったってことですね。すごいです。ちょっとここからまた減らしていくんですけども、ここだけではなく、こっちもちょっと空にしていきます。ようやくマイホーム建てて引っ越した時の段ボールを潰せる時が来ましたね。これ絶対もう7年間あったやつでしょ。そうです。そしてお母さんは今ここを拭いてくださってます。おー、いいですね。ついにここも開きました。広っ！床に物がないだけでこんなに広い。ということで、拭き掃除も終わりまして、空になりました。そしてここに必要なものをもう先に入れ込んじゃいます。ワンピースはいるかな。そうですね。しかも一番頻度が高いですね。もうこれとか一番最新刊ですよね、多分これ。ワンピース今113巻まであるのかな。なんで、ちゃんと順番に並んでも大変だ。お子さんの趣味なんですよ、ワンピース。ワンピースは息子ですね。なるほど、なるほど。続きましてはドラゴンボールですよ。これはお父さんですかね。これはお父さんですね。はい。北斗の拳もいらないかな。入れ込んでるうちにもうこの作品いいかもっていうのもちょいちょい出てきましたね。はい、出てきました。もう本当に自分がバイブルとして読んでるものとか、今現在進行形で集めてるものだけにこれを機に取ってみてるんですね。じゃじゃんということで、取っておきたい漫画は全部入れ込み終わりました。ドラゴンボール、スラムダンク、ワンピース、リアル。以上、この作品があればもう大丈夫ですね。はい、もう他はいらないです。そうですね。で、こっちにある作品はもう手放すものたちです。続きまして、このまま机の上ももう皿にしていきましょう。そして、面白いものが、ここにですね、すごい、吉野家の豚丼のパッケージ、キムチもありますね。すごい、これいります？いらないです。はい。551の豚まんしかり、そういう好きなチェーン店のミニチュア集めるのが好きなんですね。子供が一時期ハマってたんです。お子さんが。なるほど。素晴らしい。これで全部上も出し終わりました。新築ぶりですよね。すごい、ピッカピカです。マイホームを建てた当時の記憶思い出しました。思い出しました。こんなに綺麗だったんですよ。宝の持ち腐れってこういうことだ。全部空にして必要なものだけを今一旦置いてます。ただこんだけ大量のものがありました。これとこっちもですね。じゃ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 ん。大変だ。はみ出た分を減らします。
はい。でももう理想は本当に重要書類とか必要なもの、思い出物とかを厳選して置いていくっていうような。先にこの状態作っちゃうのがおすすめです。もう片付けはもうとにかく先に理想の状態作って、でそこにつじつま合わせるようにどんどんはめたものを減らすってことやると、モチベーション湧きますよね。あ、きますね。うんきます。この状態あんまりもう崩したくないっていう。うん。というので、先にもう理想の状態作っちゃいました。あとは今からここ、頑張りましょう。頑張りましょそして、ひばちゃんが2階に登れるように。おー、でもなんか絵になりますね、これ。本来、やっぱこんなに美しい空間だったんですよ。ひばちゃんも5万円。かわいい。ということで、これを現実にするために今からこっち減らします。やばう。出てる。い。大丈夫ですか？物の多さにため息。もう3日連続片付けで、昨日僕が帰った後もね、宿題でやってて、で、今も下でね、ひばちゃんと一緒に片付けてましたから、もうね、ひたすら片付けてます。ちなみにね、大量のスプレー関係があるんですけど、これもう処分大変なんですよ。なんでこれちょっと、僕が帰った後の宿題になっちゃうんですけど、もうガス抜きしていただいて、捨てるっていうので、反省点としては、もうこんなスプレー缶を買うもんではない。そうなんです。スプレー缶を本当に買うの要注意。はい。ですので、これもどんどん減らしていきます。そして、それは、歴代の免許証。免許証たちが思い出に取ってたんでしょうね。ちなみに今、車の免許証はもうマイナンバーカードに一体化もできます。保険証もだ。そうです、保険証もです。もうマイナ保険証で、撮影日が今12月の4日なんで、12月1日に終了してます。もう従来の保険証は。あ、そうですね。なんでもう、マイナンバーカードないと結構不便になってきてるんで、一体化済ましちゃった方がいいですね。大量の古い iPhone がいっぱい。初期のやつです。初期の iPhone3G とか、もうバッキバキに言われてる iPhone4、歴代 iPhone が。面白いですけど、めちゃくちゃもったいないです。てるさんに一つ、反省点あげるとすると、これ使わなくなった時点でもう売るといいですね、今後は。そうですね。僕は結構仕事で使うんで、毎年もう iPhone 新型が出たら買ってるんだけど、そのくらい古いのは手放してるんですよね。うん。そうすると、iPhone だったら1年使っても、綺麗に使うときは7割で売れるんで、10万で買った iPhone が7万返ってくるみたいな。っていうので言うと、ここにあった歴代 iPhone たちって買い替えのタイミングで売っとけば数万円は返ってきたんですよ。でももうさすがにここまで古いので、もうこれはもうゴミとして捨てた方がいいんですけども、基本はもう使わなくなったら売るのがおすすめです。で、これ売らなかった場合っていうのが、小型家電回収ボックスっていう、その不要品の持ち込みに行かないといけないんですよね。捨てるためだけに持ち込むのもめんどくさいし、しかももちろんお金にはならないんで。なんで一応これはなので役所とか、ヤマダ電機みたいな家電屋さんか、あともたまにスーパーの入り口とかに小型家電回収ボックスっていうのがあるので、そこになんかポストみたいなのがあるんですよね。そこに投函すれば、これはもう手放せますね。デザインの仕事やってるからどうしてもデザインが気になって歴代のやつを見ときたいなっていうので置いてたんですけど、もちろん捨てるんですけども、改めて見るとやっぱ初期の iPhone のデザインはすごい洗練されてるし、実はすごいコンパクトだったっていうのもね、よくわかるし、今の iPhone なんかでかくなってますね。iPhone3G、3GS、iPhone4、4S みたいな感じで。なんか歴代ほぼ全部買ってる感じしますね、古いのは。もう iPhone を結構こまめに変えてましたね。僕も初めて買った iPhone3GS だったんで、中学3年生の時かな。懐かしい。いや、でもなんか思ったんですけど、てるさん、イケオジですよね。言われません？イケオジ？はい。いや、言われるかな、わかんないな。いや、多分視聴者さんも多分好きな方いっぱいいると思いますよ。本当ですか？なので、ぜひ、てるさんがイケオジと思った方は、コメント欄に。声かけられやすいよ。あ、そうなんですよ。確かに気さくな感じもあるから話しかけやすい。そうなんです。一回思い出にあるのは、夜遅くに電車で帰ってて疲れてたんですけど、電車のドア開いた瞬間に、前から外人が来たんですけど、急にハイタッチされたことあるんですよ。そんなことある？ででもなんかそういう話しかけたくなるオーラ感じるのはわかります。あ、本当ですか？すごい気さくな感じだし。めちゃくちゃ嬉しいです。動画に撮るのめんどくさくなりました。はい。逆に言うと、もう撮るのがめんどくさいくらいのものだったら捨てちゃった方がいいと思います。その程度のって言ったらあれなんですけど、本当に、何気ない写真まで残してると結構キリがないから、とっておきの、これは家族で大事にしたいね、みたいな写真があったら、でもこうやって片付けすることもなければね、思い出振り返ることもなかったと思うので。本当だね。そうです。なんか、片付けって、なんか思い出を楽しむための作業でもあるんですよね。片付けしなかったら絶対物置に埃かぶったまま、もしかするともう最後まで見返すこともなく人生終わってたかもしれないし。
本当あとはもう思い出よりも新しい思い出をどんどん作っていかないと。そうですね。お子さんもまだまだね、大きくなりますから、どんどんこれから思い出増えますし、とっても大事な考え方。ちょっと待って。すごいもの見つけました。てるさんが捨ててた、クレジットカードやら診察券の束の中に、じゃじゃじゃん、見てください。僕と同姓同名、漢字全く一緒の渋谷直人さんの名刺がある。すごい、初めて出会いました。しかも漢字が僕は東京の渋谷駅の渋谷じゃなくて、旧字の渋なんですよ。それまで一緒。しかも、取締役って書いてるんで、いいポジション。その人もめちゃくちゃいい人なんですよ。渋谷直人に悪い人いないっすよ。ない。だって、なんか僕、名は体を表すと本当に思ってて、渋谷の渋と谷ってすごいごちゃごちゃした状態。谷があったり、渋るみたいな渋滞の渋ですから、すごい混沌とした状態の名前と、直人っていう、直す人ですよ。複雑なものをシンプルにするっていう、もうミニマリストになるために生まれてきたみたいな名前だなと思うんですけど、だから渋谷直人に悪い人は本当にいないんですよ。その人もフィットネスなんで、人の渋ったところをこう直す。ああ、なるほど。すごいいい写真できましたね。じゃじゃんということで、これ、東日本大震災 3.11 の時これ、写真撮ってたんですか、こうやって。そうですね、震災起きて、嫁さんが仙台なので、帰った時に直後ぐらいだったんで、その時に撮った写真ですね。それこそ、ミニマリスト目覚めた人たちって、こう、東日本大震災をきっかけに、やっぱり物が多いと逃げ道が塞がれるとか、物に殺されちゃうっていうことがあって、2011年なんで、ミニマリストは流行語になったのは2015年なんですけど、そうですね、東日本大震災きっかけに物減らし始めたって人も多いからですね。でまさに写真撮ってますもんね。はい、撮りました。この現場も知ってるのであれば、なおさらやっぱり物減らされた方がいいと思うし、ちょうどお母様も戻ってきましたが、この写真覚えてますか？あ、覚えてますなので実家とかも結構多分、倒壊まではしなかったんですけど、仏壇がこう吹っ飛んだりとか、でっかい飾り棚がもう全部落ちてたりとか、そうですよね。まさに食器棚とかってもう本当に危ない、地震の時とかめっちゃ食器が割れて危ないとかね、と思うんですけど、そういうの経験されてるからなおさらこう物を減らしてほしい。そうですね。物を減らすと本当に災害に強くなるし、日本は災害大国なんで地震も多いと思いますので、そういうためにもそれこそ書斎の本棚のスペース、今片せてますけど、ね、あそこ最初上に何気なく空き瓶があったじゃないですか。これが本棚の一番高いところにあったんで、これ本当に地震の時とかに危ないですからね。危ないですね。片付けて地震に強いお家を作っていただければとそうですね思います。どうしても防災ってなると、なんか防災用具を買ったりするけど、逆なんですね、もしかしたらね。そうなんですよ。防災道具買うのも大事なんですけど、それ以上にそもそも、例えば、阪神淡路大震災とかでも、ほとんどがその、建物の倒壊よりも、家具とかが胸を直撃して怪我したっていう報告が多いので、あともっと言うと、地震で段ボールが崩れて逃げ道が塞がれたとかもそうだし、そういう意味でもやっぱ物を減らすのが最強の防災になるので、この写真がいい教訓だと思うので、引き続き、ここ減らしていきましょう。はい。ありがとうございました。なんでこんなあるだろうなってめっちゃ不思議。出してみるとこんなに物あったんだって今、現実と向き合ってますね。でもなんでって言うんですけど、買ったから物があるんです。勝手に物は増えないので。物があるってことはそんだけ買ってるってことだし、自分が稼いで得たお金を使ってるんで、自分の時間も消費してますね。働いた分の時間を浪費してるわけなんで。で、これ買わなければ、シフトの回数とかも減らせるわけですよね。だから物の消費は時間の消費って僕言ってるんですけど、今後ね、動画見てる皆さんも、物を買うときには、その自分がね、お金を得るために頑張って働いた時間分ね、それに見合う価値があるものなのかっていうのはちゃんと考えながら買い物してほしいですね。ね、それしなければもっとね、家族との時間とかもね、作れたわけですし、捨ててるとすごいなんかこう、反省点思いというか、僕物を減らすことは、自分の愚かさと向き合うことって言ってるんですけど、なんか僕が捨てるときに、なんでこれ捨てることになったんですかって理由聞いてるからそこですね。まさに自分の愚かさと向き合うことで今後繰り返さないために減らしてもらってですね。しかもクソ動画で残るからね。見てますよ皆さん。すごい、もう収納ボックスごといっちゃってますね。これもともと机下にあったやつなんですけど、もうそれも空になってます。ということで、デスクの下もですね、収納丸ごとなくなりました。で、椅子も捨てちゃいましょう。おー、椅子もですか？す椅ごい。子ももういっちゃいます。もうボロボロだし。確かに。ここ、どえらい生えてますからね。これを機にいっちゃいますか。はい。そしてもう一旦パソコンもここから出しちゃいます。ほい。すごい、かっこいい。ちょっとまだここに置くかは要検討ですが、置くとこんな感じ。ということで、これも捨てます。おー。ということで、これも出します。ほい。というので、ここが開きました。広い。着々と家具も減らせていってます。素晴らしい。はい、ということで、お父さんスペースが終わりまして、こっち、必要なものはもう全部出し終わりましたので、ここに入れ込みます。
イエーイ、走り回れる。お二人が物を減らしてくれたおかげで、ひばちゃんが全力疾走できます。よかったね。物を減らすためにワンちゃんとかお子さんが走り回るようになったら、それは物を減らせてる証拠です。そう、みんな行動範囲広がって走るんで。あ、もうこれもいらん。いらん。すごい、もう大胆にいきましたね。終了証書。いや自分が修了証、卒業証書とかを捨てる日が来るとは全然思ってなかったですね。なるほど。もうなんかこの3日間でめっちゃ釣れるようになってますけど、取っときたいというよりは、まあ理由もないからとりあえず残してるっていう。そうですね。本当に理由はなかったんでしょうね。なんとなく大事なもんっていう先入観で残してただけだったんですね。大事なお子さんがいらっしゃいますから、今こっちにね、時間を割いていただいて。これはなんとお二人の赤ちゃんの時の写真です。似てますね、ひばちゃんやっぱ。見てひばちゃん。これ誰？ひばり。あ、ひばばり。お、なんか探してたやつですか？探してたやつ。僕が赤ん坊の時の家族の写真。が、なんかずっと探してたそうなんですけど、片付けをしてついに見つかったということで、もう今後は大事な思い出もなくさないように、お家を物を減らしてきれいにお願いします。はい、わかりました。そして、すごい、取扱説明書ファイルっていうので、もうパンパンに膨れ上がってるんですけど、すごいですね。もう家中にある説明書、全部ここに、まあこれはこれ整理整頓がされてますけども、みたいないです。いらないですね。うん。もう説明書これごと全部捨てます。ちなみに説明書はもう製品の型番入れたらインターネットでもダウンロードできるので大丈夫です。というのでついに終わりました。じゃ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 ー。頑張りましたね。ということですごい。こんだけ減らしてます。書斎からこの大量のアップル製品と大量のゴミと本、こんだけ減らしたらそれは綺麗になるよね。っていうので、もうひばちゃんも大はしゃぎです。こうやってお子さんと遊べる空間もできました。素晴らしい。じゃじゃじゃんということで、あれだけ大量のものを手放した結果、ここまですっきりしました。どうですか、てるさいや、もう本当に仕事がしやすくなりましたね、これで。ん。そうですね。てか、もともとてるさんはこういう状況にしたくてここを作ったんですかね。そうです。やっと叶ったという。ひばりちゃんも大喜び。家が片付くと皆さんのご機嫌も良くなります。なりましたね。頑張った甲斐ありますね、これは。生産性高そうなデスクになりました。美しいです。そして、こっちもですね、じゃじゃじゃん。なんと、お気に入りの漫画と大切な写真たちが際立つ空間になりまして、探しやすいですね、これ。非常に使いやすい、探しやすすい。そして綺麗。綺麗、そう。まあ、上が思い出系、真ん中が漫画、お子さんたちも撮れるように。で、下はお父さんのお仕事道具だったり、まあ、事業に関係する重要書類系ですね。まあ、この辺はもう少し多分時間かければ減らせるとは思いますが。いやー、頑張りましたね、ここ。いや、すごい、ここは思ったより一番時間かかったような気がしますし、まさかこんな狭いスペースであんなに物があったとは。もう5時間ぐらい片付けてますよ、ここ。ずっとして。お疲れ様です。ありがとうございます。そしてこのデスクも分解します。お父様が天板を持ってきてくれてます。ついにこの机も手放す時が、まさかここまで減らすとは思ってなかったです。僕の予想を超えてめちゃくちゃ減らしてくれてるんで。あ、本当ですか。素晴らしい。ということで、夕方になって寒くなってきたので、薪ストーブ、すごい、初めて。おー、すごい。お家に薪ストーブ。ということで、続きましては、こちらになります。ここと、あとこっちにもなんと扉がありまして、じゃじゃじゃん。これは初公開かもしれません。最初気づかなかったです、僕も。ということで、ここもなんと物置部屋が眠ってました。これはひな人形とかですかね。はい。とか、また思い出のアルバム。てか、ほぼほぼ思い出系ですね。でも朗報です。逆に、この収納があるってことは、ここをもう少し減らして必要なもの、ここに入れ込めばですね、ここは子供部屋になります。やっと。やっと子供部屋ができます。いいね。葵くんもここで遊びたいでしょ。うん、そうだね。でしょ。僕たち大人が責任持って片付けますので、やっちゃいましょう。はーい。なんだこれは。これはひな人形。おお。これなんて言うんでしたっけ。なんだっけ。もお殿様みたいなやつ。はい。まあ、ここ要話し合いですね。なので、あと、明らかにいらない不織布の。やばいこれボロボロなってるやばいですよ、これ。破けてます。不織布がもう、どんどんボロボロに破けて、今すぐゴミ袋入れましょう、これ。はい。危ない。つまり、それだけここは開かずの間だったということです。この辺りもうほぼほぼいらないと思います、おそらく。これに至っては、空箱です。大量の空箱祭り。もったいない。こんな貴重なスペースを。裏では大量の解体作業と処分が行われてます。一日解体作業してるんです。そうですね。多分ここもう本当にほとんどいらない空箱と、まあ一部お子さんたちの作品があって、多分ね、お母さんがね、お子さんたちの作品可愛いからっていうので撮ってたエリアですね。なんで多分懐かしいとは思うんですけども。
もうね、昨日も散々ね、厳選したんで、もう大丈夫そうです。ということで、2袋出まして、ここが空になりました。早い。そして最後に残ったのが、このひな人形でございます。じゃじゃん。こういう、ひな様飾るケースですね。これはいらないくない？この2つだけで十分じゃん。一応ひな人形の残し方としては、まさに、台なしで人形だけ残して飾っていくっていうのが、一番小スペースになります。なので、台は手放します。でもこんな感じで、直に飾っちゃっていいと思います。こっちの方がおしゃれじゃん。そう、せっかく素敵なマイホームお持ちなので。というので、いるのはこれだけでした。なんということでしょう。ということで、ここはもうすぐ綺麗になりました。問題はこっち。なので、ここは葵くんのおもちゃ部屋となっております。よし、ということで、葵くんの部屋、蓋します。で、まずですね、もう明らかな空箱があるけど、これいる？いらない。いらないですね。なので、こういう減らしやすいやつからどんどん出していきます。ちょうどこういう季節物のヘルメットとか出てきたので、季節のものはここにどんどん入れ込みます。ひばちゃん、これママが作った石鹸よ。いい匂いする。というので、お母さんが作った石鹸コーナーですね。これ1階に昨日もね、石鹸コーナーあったんで、そっちに移動させます。こっちがお母さんで、こっちが葵くんですね。ということで、葵くんのおもちゃコーナーです。ということで、ここにはですね、こういう車のおもちゃだったり、ロボットあるけど、これは遊んでるやつ。あんま。これはまあ全部遊んでる。こんなことはね。なんかずっと飾ってる。ああ、そういうことね。葵くんの悩みが、ここ実はもう遊んでませんと、ほぼ。ただ捨てる理由もないというかね、捨てるのもったいないから取ってたって感じだね。なので、今の話でいくと、こう全部捨てちゃってもいいとは思うんですけど、手放したら、ここ開くからめっちゃ部屋は広くなる。ここにね、ちょうどいい机があったりして、減らすと、ここら辺に机を置いたりして広く使えると思う。ああ、確かにそれは一旦じゃあ仮にちょっとおもちゃない前提で暮らしてみて問題なかったら手放そうか。なのでおもちゃを一旦もう全部、手放す前提で出します。これはちなみにいつ頃遊んでたやつ？もう小学校入ったぐらいからこんなのを作り始めてましたね。なんで低学年から高学年になってるんで、趣味もだいぶ変わってます。変わってます。よし、決まりました。ここはお母さんの石鹸とか趣味の部屋にして、あっちの部屋をお子さん2人のおもちゃで遊べる部屋にします。じゃあお二人ここでおもちゃの写真撮りつつ、僕この棚を移動させます。おー、すごい。なんか綺麗に並べましたね。手放しの儀式を行います。というのでこれを新しい子供部屋移動です。そしてお母さんは最後、あの部屋から出てきた思い出のものを片せてもらってます。じゃ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 ん。ということで、ここに大好きな鉄道用品を入れ込みます。かっきくん帰ってきたらびっくりですよ。本当だ。俺の鉄道部屋できてる。というので、どんどん鉄道用品をディスプレイしていきます。というので、お母さんもすごい手放しましたね、これ。思い出のものとおもちゃが手放すことになりました。めっちゃ減ってる。そして、入れ終わってる。なんとここにジオラマが綺麗にディスプレイされてある。いやー、でもいいっすね。なんかこれ、見ててテンション上がるというか、なんか今までって指導されてる感じ、撮ってはいるけど使われてないみたいな感じがありましたけど、これは見ててテンションが上がりますね。素晴らしい。ということで、これで作るのを諦めていたジオラマも再開できますね。すごい。これもいつでも作れますよ。はい、ということで、はい。もう大興奮です。というので、ここが空になりまして、お子さんの遊び部屋になりました。すごいすごい。すごいですよ。もうちゃんと完璧に減らし終わり、ジオラマも遊べるようになり、ひばりちゃんも大興奮。葵くんが残したおもちゃも置いてありまして、すっきり。バスケもできるよ。確かに。今、ドリブル、いいよ。ほい、ほい。おー、ドリブルが様になってるね。実際はね、うるさいんであんまり遊ばない方がいいと思いますけど、これくらい余裕はできまして。そしてこっちの方もですね、ここは扇風機だったりクリスマスツリーだったり季節のものは全部ここに収まりまして、こっちがじゃ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 んということで、もうなんもないけどお母さんどうぞ。マジのミニマリスト部屋になりました。ここしかも石鹸の香りがしますね。ここなんとここお母さんの趣味空間になりました。そうですね、ここもう綺麗に片付けまして、将来的にはね、お子さんたち、ひばりちゃんとか大きくなったら、ここにエアコンとか取り付けて子供部屋にしてもいいかなって。お子さんたちに聞いたらなんかあっちの部屋で遊びたいってことだったんで、もうじゃあここ使わないねってなってお母さんの空間にしようっていう。お母さんがね、今回かなり頑張って思い出のものとか出だしてるんで、もう頑張った分はね、今後趣味の石鹸とかもっとたくさん作れるように。もう机の上にはこういうお母さんの趣味のものですね。作った石鹸だったり趣味用品がまとまっています。ひばりちゃんがマジでね、動き回るようになった。生き生きしてる。生き生きしてる、ほんと。
階から2階へ、2階から1階へ。行動範囲が広がって、逆にね、今後はいろんなとこ行っちゃうと思うんで、しっかり監視していただいて。ということで、最後、1回、キッチン行きます。キッチンはね、もうお父さんがここで、たくさんね、ご飯を振る舞ってましたけども、だからこそ、片付けてほしい。はいということで、まず上にあるもの全部出します。はい。ここにはですね、瓶だったり、水筒だったり、食材しかりいろいろあります。わ、懐かしい、この飴。ちっこいやつ。これ入れますしてます。はい。瓶に入ってました。しかも2個だけ。なので、出していくとこういった別のものっていうのが結構出てきますね。ちなみに、551の豚まんは取っときますかね。いらないです。ごちそうさまでした。はい。これは、僕の幼稚園の時の。これてるさんのやつだったんですね。僕のこれてっきりお子さんのやつかと思った。これ言いますもういらないよね。子供のまだあるよ。それはこれはこれだけじゃあ飾りましょうか。はい。まあ、ここもね、位置見直しましょうか。せっかくなんで。うおおーこれは掃除しがいがありますね。おーでも取れる取れる。お母さんの石鹸以外ですよ。めっちゃ取れる。お母さんの石鹸で体もうん顔も食器も洗って食器も全部洗ってそうだます。からシャンプーボトルとかしない。確かに。なるほど。全部石鹸のご家庭です。いいですね。確かにそれいいな。エコだし、肌に優しいし、いい香りする。めっちゃピカピカになりましたよ。お母さんの石鹸が大活躍してます。いい趣味に持ちましたね。どうぞ。いやー、何もないとめっちゃ綺麗ですね。掃除したくなりますよね。こんだけ何もないと。というので、僕たちの目標は、極力、もう調理道具とか以外は何も置かず、全部必要なものは下に収めるというのが目標です。ということで、一番最初、まずキッチン片付けるときに見てほしいのは食材です。で、食材がですね、ここに全部固まってます。ここにですね、食材がいっぱいあるんですね。これ全部出しちゃいましょう。おい。で、おそらくここ、賞味期限が切れてるものとか、奥の方にあるのではないでしょうか。怪しい。うわ、これ美味しいですよね。瀬戸内レモン味。なんか結構賞取ってた気がするな。ツタヤのシェアラウンジにこれが置いてあって、前食べたら美味しかったっていう。そうこれは本当に美味しいです。おすすめでおす。すすめです。この下の方怪しいですよ、だいぶ。特に下の方ってやっぱこうやって星をかがまないと取り出せないんで、サバ缶はあとまあ半年ぐらいありますが、古いのもややあるが。ああ、もうすぐだ。これは3月。3月、あともう4ヶ月で消えます。しかもこれ、乾パンなんで、本来、期限めっちゃ長いはずなんですよ。買って数年経っても今そのギリギリ切れる前っていうので、もうこれ食べちゃいましょう。はい。っていう風に期限が近いものと切れてるものとか、そうですね、食材を最初に見てる理由がこれで、食材ってもう賞味期限が切れてたら捨てるっていう、そのいるいらないの判断基準がシンプルなんで、サクサク減らせるっていうので、キッチン片付けるときは食材から見直すのがおすすめです。まずもう食材、賞味期限が切れてるものは捨てて、近いものはすぐ食べれるように分別します。これだ。やばい。ありました。はい、これが期限切れてました。さっきの乾パンも、いや、待ってよ。これ切れてますね、これ。9ヶ月過ぎてます、これ。これも切れてます。2025年9月17日に切れてます。もったいない。これ、てるさんが買わなければ他の人が食べてますよ。これを反省してください。瀬戸内レモンもあと4ヶ月です。食べちゃおう。食べちゃいました。いただきます。僕たち、今、時刻何時だやばい、もう7時半です。僕たちご飯食べずにね、7時半なんで。これを食べながら、いただきます。うまっ。これも切れてる。コーンスターチが期限切れてます。やばいこれ。文字すら消えてますからこれ。2000年しかわかんないです。これは寒天捨てます。もうパッケージがボロいもん。まあ、スパイスはね、切れてるのあるんですけど、スパイスだけは全然使えるので。スパイスは切れても使えるって話はされてますが、飽き出すのが悪いです。いや、結構カレーずっと作ってるんですけど、なかなか減らないんですよね。僕も一時期スパイスカレー作りめっちゃハマってやってたんですけど、なかなか使い切れないので。これやばいですよ。シナモンステッキ。20年です、これ。5年切れてます。まだツアーもいましたよ。わお賞味期限が15年です。10年と9ヶ月切れてます、これ。危ない。お腹壊しちゃう。もうこんな感じで期限切れのものがありまくりなので、どんどん捨てます。あ、もっとツアーもんがいた。待って、やばいって。そんなことあるなんということでしょう。2010年です。15年と11ヶ月切れてる。2010年ってだって僕何歳僕15歳とかですよ。中学3年生とかですよ。お子さんたちこんな食卓で育てちゃダメですよ。15年前はやばいな。15年前やばいですよ。これ多分食材見たけどこんなに古く切らしてるって初めて見ました。本当に毎日作ってんのか。そう。あんだけ料理好きな感じ出しといて、だいぶ切らしてます。てるさんのこのフードストックの問題点で言うと多分これだと思います。ここにこんな風に奥深く覗かないと中身がわからないっていう状態になってて、で、こっちは大きいです。こっちは高さが半分しかないから中身見えるからいいんですけど、特にね、ここら辺が見えないので、これ捨てちゃいます。はい。というので、こういう形で上から見える形でどんどん保管していきます。多いな。
出してみると、そうですね。なんかもう絶妙にあと1個みたいな、すごい半端なやつがいっぱいありますね。料理のやつになると思考回路がおかしくなる。それはどういう意味でおかしくなります？なんかやっぱ食材だから思いっきりがなくなってる感じがしますね。ああ、自分が一番使ってるところだから、思い出のもの以上になんか捨てるの罪悪感あるし、もっと言うと、こっから先、後で食材終わったら、食器、調理道具の順に見ていくんですけど、食器とか調理道具はもっと後も使いますよ。ご家族がいると、必要なお皿とか、代用できるかとか、いろんなこと考えながら減らさないといけないんで、キッチンはめっちゃ頭使います。じゃじゃじゃん。ということで、これ、全部手放すものたちです。もったいないですね。もったいないですね。あとちょろっとしかないやつとかいろいろありますけども、これは全部手放します。これだけ減らした結果、なんとすごい食材がこれだけになりました。全部もうここに見える形で入ってます。まだスカスカ。今後はこういうので統一してもらえればもっとスッキリはすると思いますけど、素晴らしい。こんだけになりました。しかもこう上にも溢れてましたから、食材。溢れてましたね。というので、ここまで減ったなら、パントリーの食材も入れ込めるんじゃないですか。いや、もう入れ込みたいですね。確かこの辺りが期限が近かったはず。あとこれも4ヶ月で切れちゃうので、どんどん入れ込みます。どうですかこれ。こんだけ減りました。賞味期限切らしまくりで本当にもったいなかったですけど。2015年もありました。笑えるけど笑えないレベルで切らしてましたね。ということで続きまして、食器を見ていきます。食器、ここだけ見るとすごい少ないと思います。パッと見た感じ。家族5人分の割にはだいぶ絞ってるのではないでしょうか。実は開けてみるとまだですね、こっちにいろいろありますね。出しますっていうので、出してみると意外とあった。見えるところはね、ちょっと待ってください。やべえ。謎のタイヤスプレーが。なぜタイヤスプレーがこんなところから、もうぐっちゃぐちゃですよ、ここ。またなんか、ぐちゃぐちゃゾーンが。玄関のミスか木をコーティングするやつね。っていうなんか玄関用品がここにあるのも変な話なんで、変な話だ。これはもう玄関を片付けてあるんで、そっちに使うなら持っていく。ということで全部出し終わったので、食器見ていきます。さあ、ここが一番悩ましい。そうですね、ここが一番頭も使うとこですし、まずこんな感じで、いっぱいのマグカップとか、透明のグラス、あと浅い皿もいっぱいありますが、ここら辺はもう見た瞬間にちょっと用途被ってるものがいっぱいあるよなっていうので、ちょっと出した後は、同じ深さ、同じサイズのものでどんどん分離していくといいですね。パッと見て減らせそうだなと思ったのはここですね。この浅皿系です。この食器、もちろんデザインとか若干の深さは違いますが、僕だったらこの中からもう家族人数分のこの5枚だけにして、これとこれは捨てるとかしちゃいますね。デザイン的な本もいいんだけど、こっちの方が使い勝手はいいです。電子レンジ使えないんで。ああ、そうですよね。なので実際これね、家族の人数5枚揃えてるくらいだからよく使ってると思うんですよ。なのでこっちは手放していいんじゃないかなと思います。あと続いて気になったのがここですね。この辺りが用途被ってるかなと。これはお茶碗。そうですね。これはちょっと輪島塗りで、もうこれからちゃんと使っていこうと思って買ったやつなので。ここですね。はい。多分これあれば、ここの3つはなくてもいけるんじゃないでしょうか。いけますね。いけますね。なのでこれは手放す。あと気になったのがこの辺りなんですけど、これ4枚ありますね。これ何用途ですか？これはもともとキャンプで使ってたんですけど、あとはもう料理作るときにちょっとボール的な。いらないっちゃいらないですね。ですね。これは多分なくていいです。はい。これはうちって小皿をいっぱい用意して、いろんなものを食べてるんですよね。だからどうしても皿が必要になってくる部分ではあるんで、そこが今回すごい悩み事なので、逆にこっちを捨てるとかでもいいのかもしれないなね。例えばこういうのとかね。こういうなんかちょっとバラでかけてるやつは使いづらいですよね。管理もしづらいと思います。枚数が全部ちぐはぐなので、醤油皿に当たるものだけ。そうですね。これだけあれば大丈夫かな。あとはもう全部捨てる。おー。っていうので、これだけ残します。こんだけあったら十分ですね。なので、ここは手放します。もういらないかな。もしかして。そうですね。ここ見たときに、もうこれで十分あるなと思ったら、もう残りは捨てていいと思います。おー。いっぱい捨ててますね。素晴らしい。実際これなくても絶対回りますし、ない方がパッとスッキリ探せて使いやすいと思います。すごい単純明快、わかりやすい。最後、コップ系です。来客がある人の時だけ。なんで、ここはもうほぼ使ってないですね。使ってないです。今使ってるのはこの本ですね。もう使ってない。ほぼ使ってない。コップは結構使ってないのありますね。からです。
。これはちょっと料理に絶対必要って思ったらダメなんだよね。そう本当に必要かは疑った方がいいです。みんなよくこれ使ってるって言うんだけど、さっきの食器もそうだったんですけど、ね、全然なくてもよかったものありましたよ。使ってるものを残してると減らないです。使わなくてもいいものを探し出すっていうのがキッチンの減らし方ですね。ということで、こっちがいらないコップ、こっちがいるやつっていうので、すごい3分の1ぐらいになりましたね。そうですね。もうここら辺ほぼ使ってなかったですもんね。うん、もう使ってないですね。もともと入ってたここ見てもなんか使った形跡ないというか、しばらく取り出してないんだろうなっていう感じします。というので、ここもですね、ピカピカに拭いて高さを変えてます。すごい必要な食器が全部一目瞭然、ここに入りきってまして、ここ全部いらない食器、そして大量に出た空箱、すごいめっちゃ減らしましたね。いや、減らした。どうですか？なんか正規吸い取られた気分です。一番エネルギー使いました。今日もね、もう今時刻8時っていうのでね、終盤差し掛かって、エネルギー的にも一番自分が使ってるキッチン周辺ですけども、ここ見てみてください。わかりやすい。わかりやすい。いいっすね。なんかもう本当にお気に入りの食器だけに厳選された感じがあります。もうここスカスカです。もうすごいもう絞られたから。使いやすいですね、これ。うん。すげえ。こんなに減らすとはまさか。という感じで食器が見終わったので次、カトラリーです。お箸が明らかに多い。家族の人数分以上ある。ここも出しましょう。お子様のお箸もありますね。で、まあ料理用に2000円ぐらいあれば菜箸。大丈夫です。お、早い。もう即断即決でしたね。はい。終了です。終了。早い。というので、もうここ3分で終わりましたけど、即断即決で早かったですね。はい。もうここが一番簡単でした。というので、これが全部手放したカトラリー類で、いるのはこれだけ、もうこんだけね、菜箸と食事用のお箸とスプーン、フォークなどなど、もうここにある分で十分足りますね。はい。ということで、これは手放します。必要な分だけこれに入れていきます。わかりやすい。めっちゃ探しやすくなりましたね。いや、簡単ですね、これ。はい。続きまして、ここ、調理道具系いきます。お玉とかですね。じゃじゃじゃん。ここに調理道具がありますので、全部出します。ちなみに、ここはどうでしょうか？ちょっと全部出す前に、ちょっと量が多くて大変なんで、パッと見ていらないものがあれば教えてほしいです。まあ、これですね。これですね。これも使ってるんだけどいらない。で、これも、まあ、こっちで。こっちで事足りる。はい。っていう風に、まあ、用途が被ってるものはどんどん減らせますね。これは低温調理器なんですけど、使わなくてもできるようになったんでいらないですね。おー。これも使ってない。意外と使ってないものがいっぱい。これは。ちっちゃすぎて家族に合わない。何をちっちゃいグラタン一人用みたいな。何にも使えないですね。意外にこれ使ってるんです。お、これはじゃあ使うやつ。はい。そういうものほどパッと取り出せるように、このいらないの減らしておかないと、そうですね。まあ探しづらいですよね。おー、でもいるのこんだけですね。素晴らしい。半分以上スカスカになって、これは手放します。続いてこちら。ここは特にお父さん開く頻度多いと思うんで、絶対綺麗に片せた方がいいです。何個はワイン焼けんだ。わーお。こうやって出すとため息出ますよね。何個同じの買ってんだって。うん。でも、同じものが何個もあるんで、すぐ終わると思いますけど、はいここはもういるやつだけ戻します。まず絶対これ入れる。なので、まず絶対いるやつだけ戻します。はい、ということで、こっちがいらないやつで、こっちがいるやつ、すごい探しやすくなりましたね。一目瞭然。実際こんだけあれば足りますし、こういう風にね、もう同じものが何個もあるとか、役割被ってるものもいっぱいあったので、ここら辺は減らしても大丈夫ですね。はい。今日、今の方が綺麗かね。このまま入れちゃおう。これを捨てる。おー、これ捨てます。あ、全然このままでいけますよ。いきますよね。はい。こんだけだったらこれでいいと思います。単純明快。よし。あとちょっと、ここら辺明らかに使ってないのいっぱいありそう。まあここはお菓子作り系が入ってますね。はい。まあなんでここもいらんどんどん捨ててるんですけど、まあこの箱のやつはもともと多分この下の方にありましたよね。はい。だからやっぱり位置が低いものって基本使ってないんですよね。使ってないですね。そう。使用頻度が低いからどんどん下に奥に追いやられてるっていうので、すごいここ全部不要品です。必要なのはこれだけです。まあなので多分普段ね、この収納の上半分ぐらいしか使ってないですよね。そうですね。渋さん見てないのにもう分かっちゃってる。はい。もう名探偵なんで、一発でわかります。でも本当にわかるんですよね。お家のその物の配置とか動作を見ると、まあこう使ってないんだろうなとか、あとシンプルにやっぱり、まあ細かいところなんですよ。この収納ボックスがやっぱり汚れてて、拭いてないところとか見ると、まあこの辺りほとんど管理行き届いてないんだろうなっていうのが、やっぱこういうところからですね、見えるので、でも素晴らしい。めっちゃ減らせてます。続いてここ。ボールですね。同時に使うことあります、この辺り。
3つ連動はないですけど、2つはありますね。なった時にこっちはほぼほぼサイズが一緒でいうとこっちが若干大きくて深いかな、はい。これがいらないですね。こんな風にキッチン周りは、食器もそうなんですけど最大で何個同時に使うかということを考えて役割かぶってるものは余った分を減らすっていうのをやるとどんどん減ります、っていうのでいるのはこれだけ。この辺りもだいぶ減らせましたね。すごいですよここドドドドドドってボリュームがすごい。なんか減らせてないような気もしたけど、減ったやつ見るとめちゃくちゃ減ってますね。そうめっちゃ減ってるし逆に言うとここマイホーム建てて7年間あんまり片付けしてないですよねここ。そうですね。キッチンやってるんで使うっていう先入観で。お、そしてね、片付け終わったらお子さんたちも帰ってきた。そうですね、とかね、こうね、自分がよく使ってるからこそ使うものしかないっていう先入観で片付けてなかったと思うんですけど、7年間も住んでるとこんだけいらないものが出てきます。だいぶスカスカになるとこれ。じゃあ、いるやつだけ戻しましょうか。お、半分ぐらい空きましたね。お、ホットプレートが出てきました。これは使ってますでしょうか？使ってますけど、もう捨てます。おー。もともと古いっていうのもあるんですけど、洗うのとかめんどくさいとか、もうそういうのもあるんで、捨てます。でかいですね、これ。はい、でかいっす。これ手放しちゃいます。はい。これ入れないだけでだいぶ楽な。いつも使うやつがやっと入れられそうです。あ、これ定番のやつ。はい。これもともとどこにあったんですか？もうこういうとこに置いてました。あったここ。最初ここら辺に置いてましたもんね。はい、そうだったらやっぱりこういう使用頻度高いものをね、コンロ下に置ける方が取り出しやすいですよね。そうですね。もうああいうね、ほとんど使わないプレートのためにここ使うのすごいもったいないから、めっちゃ使いやすくなりますよ、ここ。いや、動かなくていいですもん。そう、今までね、多分使わないもので埋められてたせいで、そういう無駄な動きとか動線が発生しちゃってたから、これ何気ないことですけど、お父さん毎日1日3回料理してますから、相当楽になりますよ。いや、それはもう後でちぶさんにもご報告したいです。最後、サランラップだったり洗剤などなどですね、ここもパパッとやっちゃいましょう。容量良くなってきましたね。パチパチして確実にこの3日間で片付け上手になってますよ。もう空にするのが早くなりました。いいですね。全出しがもう癖になりましたね。もう僕に言われなくてもわーって出すようになったんで、修行の成果が出てます。あとですね、このキッチンが物だらけになった理由が分かりました、僕。今ここに減らしたものどんどん置いていってるんですけど、答えこれですね。間違いなくこれ。大量に空箱が、これまだ一部です、これ本当に。これも使わなくなった空箱だし、これもですね。これも今全部空にしてますけど、こいつらのせいです。間違いなくこの収納で隠してるがゆえに、いらないものに気づけず、どんどん溜まっていって、これとかだいぶゴミが溜まっちゃってますけど、まあでもできるだけちょっと見える化で置いてます。使うやつも、もうこういう、そこが浅くて中身見えるやつだけ残して、もうこういう深いやつはどんどん捨てていってます、今。見えないようにしてスッキリさせようとしたんでしょうね。そうです。物は隠せば隠すほど増えます。まさに整理収納の弊害なんですけど、やった瞬間パッと見綺麗になります。それどんどん隠して、で、物が増えてることに気づかず、で、今こうやって捨ててるっていうね。キッチンはね、特にやっぱ調味料だったりとか、細々したものが、増えるから、ついああいうのに隠しがちなんですけど、今後隠さなくても収納できるように、どんどん物の数を減らすってことと、お父さんもね、そもそもこういう見せるインテリアにしたくてこの建築にしたっていう。ですね。そうです。だって実際ね、あそこもね、引き出しつけずにオープンラック作ってますから。なのでラスト頑張りましょう。はい。もう家族が見守ってます、みんな。これも一回も使ったことない。一回も使ったことないっていうので、もったいない。こうやって使うのね。これもいらないね。これもなんか隠してたね。そう。まさにこれ出して正解だと思います。溜まったらすぐ捨てるっていう風に。結構ミニマリストの定番テクニックで、これ若干違うんですけど、三角コーナーなくすっていうのは結構ミニマリストの方やってますね。ここに生ゴミ溜まってると、シンプルに匂うし、見てて気持ちよくはないですよね。っていうので、もう生ゴミはここに溜めるんじゃなくて、ゴミ箱に直接入れるってことであれば、三角コーナーいらなかったりするんで、ぜひ動画見てる皆さんも参考にしてほしいんですけど、これ要は後回しにしてるだけなんですよね。その点で言うと、例えばこのキッチンマットとかないのはすごいいいなと思いました。そうですね。一回も使ったことないですね。そう、キッチンマットとかをみんな油汚れが気になるからっていうので敷いたりするんですけど、結局、トイレマットも一緒です。トイレマット、キッチンマット、バスマットしかり、それって一時的に汚れを布にかぶせて後回しにしてるだけですけど、マットにも結局油汚れつくわけだから、不衛生ですよね。そうですね。ということで、ここら辺もどんどんですね、溜め込まずすぐ捨てるようにしていきましょう。って感じで、いるものだけ戻したんですけど、これで終わりですか？終わりです。素晴らしい。だいぶスカスカになりまして、いっぱい捨ててますね。ということで、キッチンの片付けが終わりまして、すごい綺麗。景色が全然違います。眩しい。眩しいっすね。もうひばりちゃんはね、熟睡してます。ということで、キッチンもお疲れ様です。
疲れ様でした。なんとキッチンこんだけ減らしてます。そりゃ綺麗になるよねっていう。綺麗になるし、キッチンの中にもまだこんなのがあったんだと思ったら、恐ろしいです。もう減らしてみたらなんとここに全部必要なものが収まっております。素晴らしい。綺麗。そしてパントリーも綺麗。おー、使いやすいですね、これは。なんかパントリーも含めて全て繋がった感じが。繋がりましたね。これは今日から自炊するの楽しくなりますよ。そうですね。しかも綺麗に使いたいと思いますね。うんうん。もうこの上も神棚だけになりまして。まあここはだから料理しながらですね、もう一時置き場として使ったりとかもしやすいと思います。そうですね。そして終わったらここをね、もう何も置きたくないっていう。置きたくない。やりたいと思います。まだまだ空いてますからね、スペース割と。でももうこれを増やさないようにまた埋めちゃうとね、同じことになるんで。もうこの中もすべてスカスカでございます。使いやすい。そしてキッチンの上もすごく綺麗です。あ、清潔感ありますね。いや、本当に美しいです。ということで、かつきくんが帰ってきたので、お部屋がどうなったのか、片付け後のルームツアーをさせていただきます。じゃあ、せっかくなんで、キッチンから。何もない。こことここ驚いてますよ、お父さん。ほら。ここ広い。ここめっちゃ広いんだよ。ここも広い。よいしょ。そうこれ下も全部収まってる。本当だ。こっちも。すっくの。あと、お前ぐっちゃぐちゃだったじゃん。あと一番今度のそこは。そう。めっめっちゃ使いやすい。ちゃ綺麗よ。かつきくんも、ここを見て、ぐっちゃぐちゃやったやんって言ったけど、分かってたんですね。結構ぐちゃぐちゃだった。素晴らしい。もうお子さんの目線から見ても気づかれてますから、相当減らしてます。そして、かつきくん、嬉しいお知らせがあるよ。2階に行ってみようか。じゃ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 ーん。なんめっちゃ広いじゃん。ここにあったや狭い空間がなくなってる。そう、ここね、おもちゃなくなったでしょ。ここはちなみに、もうお母さんの石鹸部屋になった。もうここで寝たいわ。ここで寝たいって。あと、ウォークインクローゼットもどうぞ。待って、これがこっちになってる。そう。確かに取りやすいわ。取りやすいでしょ。ここもすっきり整理してあります。マジ便利。カバンも全部吊るしてあって、実はここはお二人は内緒で、僕がさっきこっそり整理したんです。素晴らしい。すごい。学校帰ってきたらここに荷物。でもカバンもここにバーンね。そうそうそう。ね、高さちょうどいいでしょ。うん、結構。そして、ここもここも綺麗。思い出の写真と漫画とひな人形もあります。いや、マジで嬉しい。漫画読みやすいしね。そしてね、ここどうぞ。すごい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 。なんと、鉄道部屋ができました。飾れるやん。そう。だって嬉しい、これは。この棚が俺の目になるとは思わなかった。マジ広くて広げられる。てか、ここ俺の部屋ってこと？そう。うん、俺の部屋でもあるし、まあ、葵のまあものもあるから、まあ。もう、二人で好きに使ってください、ここ。ついに。嬉しい。素晴らしい。だから、あれももう、いつでも作れるよ。ね、何回も諦めてたやつ。頑張るか。頑張る。だから、これは作ったらこれ、教えてください。はい。じゃあ、そのまんま、最後、寝室行きましょうーわ。う。寝室はどうなったのか。やなんということでしょこれ全部ゴミ？う。ゴミです。今日一日で出たゴミの一部です。これ一部？これ半分ぐらいです。は？これまだ2倍ぐらいあります。じゃあこれ部屋全部埋まるぐらいのゴミがあったってこありました。と？マジか。ちょっと引いてる。引いてる。この量引くよね。そして、ここも今日一日で出た不要品たちです。たくさんです。理解が追いつかない。理解が追いつかないよね。こんなに減らしたんだよ、お父さん。すごい。すごいです。ここもですからね。あ、そっか、ここもあんのか。これも、まあこれは昨日出たやつとかもあるけど、もうほとんど今日一日でこんだけ出してます。そして1階も綺麗になってます。リビングはこの通り。何よりもですね、じゃ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 ん。すごい寝そべってる。最高、ここ。広いでしょ。全部広く感じる部屋。そうよね。ここも綺麗になりましたね。もともとね、ここ2人の服とかもね、ぐちゃぐちゃって置いてあったと思うけど、まあそこにね、ウォークインできるクローゼットが。できたから。広くていいでしょ、ここ。でさっきもここでご飯食べてたけどね、ご飯食べたりする余裕もできたし、でしかもひばりちゃんがかなり減らしてくれたおかげで、おもちゃもですね、あそこに全部入りきってます。大好きな段ボールもあるし、そうなんでひばりちゃんもここからもうぐちゃーっと取ってぐちゃーっと散らかして、ここにババンってとりあえず放り込めばある程度はすっきりするんで。片付けも楽になる。そうそう楽でしょっていうので、頑張ったねみんな。でも減らしてこんだけね毎日綺麗になるんだったら、なんか減らす価値あるなと思ったし、なんかお子さんたちもかなり意識変わってますね。いや、変わってるんじゃないかな。うん嬉しそう、とにかく。嬉しい。ね、上に部屋もできたしね。そしてここトイレの
の前も綺麗になってます。すごい、すっからかんだよ、ここ。ここ入れるからいいんですよねって。ね、秘密基地ができたし、トイレットペーパーが切れたらすぐここから取れば。でもこうやって2人入れるくらい、ここも綺麗になってます。そして最後、玄関です。この通り、玄関もですね、もうちゃんと靴箱になりましたね、ここ。最初覚えてますか？この12個分ね。はい靴がね。置いてありましたけども、もうすっきり全部バスケットボールまで入ってますし、ここはちゃんとパントリーになりました。そしてさっき見たキッチンにつながるということで。真っ白だ。真っ白だね。すごーい。玄関こんな人入れませんでしたから今まで。そしてこっからの眺めもすごい綺麗ですよ。なんか本当にモデルルームみたい。まあもともとお父さんはね、こういう空間を想定してお家建てたと思いますので。7年目でやっと実現できたので、今ドキドキしてます。確かに。ドキドキ。本来こんなに美しいお家だったんですよ。皆さん知らなかったでしょ？このお家建てた時は、まだ多分勝木くんがちっちゃい子ですよね。6歳と3歳。まあ物心ついた時にはもう脅かしたって感じですよね。ひばりちゃんはもう多分この部屋が汚かったことを覚えてないでしょうね。綺麗な状態で育つ。だからさっきまで荒れてたけど、もしかしたら数年後はおしとやかになってるかもしれない。確かに。そして何よりもあの暖炉がすごく映える。こんな素敵な暖炉がお家にあってみんな恵まれてるよ。疲れが癒されるって。今まで癒されないお家だったってことですよ。物が多い人みんな言うんですよ。家に帰っても物が散らかってるせいで休めないって。そう、でもね、もう帰ってきても。開放感ね。はい、ということで3日間にわたる物減らしコーチングお疲れ様でした。お疲れ様でした。お父さん、どうですか、減らしてみて。とにかく物が溢れてて怖かったです。そうですね、大量に物が出てました。この3日間はずっと恐怖でした。てるさんは僕の企画に申し込んでくれて、面談終わって行きますって決まって2ヶ月間タイムラグだったんですよね。その間僕が別の方の形とかいろいろ活動して期間が空いたんですけど、もう2ヶ月間減らしたくて減らしたくて。そうなんですよ、うずうずしてて。捨てたいものの目星だけつけといて、現状維持で生活してくださいってそう言ってたんで。その状態からのね、3日間やって、もちろんすっきりしてめちゃくちゃ気持ちいいんですけど、めっちゃ疲れました。そうですね、もう今日ゆっくり寝ていただいて。でもまあ、イメージしてた仕事場もできて、それこそこの募集した理由がこれから実現できそうな予感がしてならないです、今。そうですね。もともとはこうちょっと自分がこうデザインの仕事とかするんだかって、やっぱ思考の整理がこのお家だとできないっていうところで、今減らしたから思うと思うんですけど、元の部屋思い出せます？思い出したくないですね。あの状態で仕事してたと思うとゾッとしません？最低ですね。いやでもこれからそこで仕事したらもうはかどりますよ。そうですね、最低から一気に最高になりましたね。いいですね、仕事もうまくいってきますね、これで。お母さん、どうでしょうか？なんかもう一気になんかこう重みが取れました。やんなきゃっていうのがずっとあったんで、これからはやりたいことをすんなりできそうな気がしてます。ですね、石鹸部屋もできましたから、これは思わぬ副産物でしたね。そうでしたね、まさか。何より一番多分物を減らす時に苦戦してたのがお母さんだったんですけども、特にね、お子さんの思い出の作品たちとか、ために溜め込んだ可愛い作品とかを写真に撮って。そうですね、お母さんのこれからもすごい楽しみですね。ありがとうございます。じゃあ最後、お子さん2人。ずっと想像してたのが、なんか2階に勉強部屋とか部屋作りたいなって思ったり、吉野さんが来て片付けしたら部屋が明るくなってすっきりしたから夢が叶ったり。おー、夢が叶ったっていうので、勉強部屋がね、欲しかったっていうので、もういつでも作れますね。うん、いっぱいできるね。じゃあ最後、かつきくん。1日目と最後の日バスケでいなかったけど、そのせいかすごい1日目とこの最後の日のギャップがすごすぎて、1日目は引いて2日目はやっと減らせたって決まって3日目は引いてびっくりして、今まで馴染んでた家が初めてっていう空間がいっぱいできて嬉しいが勝ってる。おー、てかコメントうまい。そうね、いなかったこそのギャップもあったし。いや、でもね、かつきくんもめちゃくちゃ減らしてね、その鉄道部屋もできたっていうので、大好きなバスケと鉄道が楽しめる空間になったと思うので、もうね、人生がガラッと変わったかも。おー。13歳にして。いやでも本当にそうだと思います。今13歳っていう年齢だからこそ、これからね、お勉強だったりバスケだったり、趣味もそうだし、多分ひばりちゃんはこのお部屋だった頃をもう忘れたまま生きてくると思うんですけど、かつきくんは物が多かった頃と減らした後っていうのをちゃんとね、記憶に刻んだまま成長して大人になっていくんで、覚えてるからこそ、多分大人になってからも片付けできるお子さんになると思いますし、将来は楽しみですね。ちょっと自分片付け自信ないけど、元が片付いてるから片付けできるかもしれない。そう。素晴らしい。ということで皆さんも3日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございまありがとうございまし。したということで、ぜひですね、ミニマリスト支部に片付けを依頼したい方はですね、チャンネル登録と各種 SNS をフォローしていただいて、今ありがたいことに本当にちょっと応募が殺到してて、ちょっと不定期での募集になってるんですけども、募集する際はまた告知もしますので、登録フォローをお待ちしております。いや、本当にやってもらったら綺麗になります。人生変わる。いやマジで人の人生変えてますいや本当に皆さんの今後楽しみにしてるんで、また経過も聞かせてください。そして動画の最後までまた減らし終わった後、ちょっとまたお父さんに動画とか送ってので、そうですね、さらに綺麗になった動画を送れるようにまた頑張ります。お父さんね、さっきもカメラ回ってない時にまだ減らせるみたいな、あんだけ減らして後にまだ物多いするわみたいな。物がちょっとでもあるのが気になってきましたね。そう、ここまで一気にやったからこそだと思います。今までも物が多すぎて気にならなかったと思うんですけど、ここまでやると、まだ減らせるかもっていう風になってきましたなりね。ました。ということで、また経過報告も最後に見れますので、動画最後まで見てください。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。
皆さんお久しぶりです。というところでね、相変わらずこの周辺も木で料理もすごくねしやすくなってると思いますし、こっちもねお子さんたちが遊ぶ空間、ここもいっぱい服とかね吊るしちゃったけどいいですね。もう遊んでる形跡が。遊べてますか、ひばちゃん。かわいい。なんか今日白雪姫風の衣装を着てますね。というところでちょっと皆さんにね半年経って物減らしてどんな変化があったか聞いて終わりにしたいと思います。前回減らして半年が経ちまして、ちょっと改めて経過近況を聞こうと思いますがね、ここにパソコンが置いてあったりして最近ここで仕事してる感じですか？そうですね。もう綺麗になっちゃったんで、逆に窓際でね、仕事したくなっちゃったし。上よりもなんかこっちで仕事してることの方が増えたみたいな。そうですね。本来ここがちゃんと綺麗だったらここがすごい居心地いいというか。そうですね。今子供とね、喋りながら仕事もできるし。なんだっけな、なんか前東大生の勉強してる場所が意外とこういうキッチンとかダイニングテーブル上が多くて、意外とみんななんか自分の子供部屋とかよりもなんかみんなのいる共有スペースやってる方がはかどるみたいな話も聞いたことあるんですけど、ちょっとそれに近いのかも。まさにそういうことですね。男の子2人どうですか？着替えとかも前は椅子とかに散らばってて着替える時に探してたのが多かったけど、減らしてから探さずにすぐ着替えれたりとか、なくし物が減ったから過ごしやすくなった。おー、すごい変化じゃないですか。探し物減って、2階にちゃんとクローゼット作ったからね、もう帰ってきたらそこに服をちゃんとかけるっていうのがもうルーティンになってますね。お子さんたちの習慣も変わってますね。遊ぶ部屋きれいにしたからバスケとかボールもしやすくなった。親御さん目線で見てよくなんかあそこで遊ぶようになったのありますか？そうですね。まあ、こんちの部屋でバスケのハンドリングとか日常的にするようになったって感じですね。広くなったからしやすくなったよね。どうですかお母さん？母ちゃんあれどこって言われる回数が減って楽になったのと、掃除換気扇とかを拭きまくって掃除が癖になって掃除がしやすくなったので、すごく気分が良くなりました。掃除もするようになって気分が良くなったところで良かったです。ちゃんと半年後もこうやってむしろねどんどん綺麗になって、ね、生活しやすくなったというところで、そういうところで皆さんも物減らすとこんなハッピーな毎日待ってるんで、ぜひ動画を見ながら片付けてください。そしてミニマリスト支部をお家に呼んで片付けてほしいという方は不定期で募集してるので僕の YouTube チェックしていただくとねたまに告知してるんで、ぜひまた応募があったらお待ちしてますので、皆さんご視聴いただきありがとうございました。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに。概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。